すいません。遅れてすいません。ごめんなさい、こんばんは、皆さん。おはようございます。やらかしました。すいません。すいません。ちょっと横になってたんですけど、いつの間にか、いつの間にやらでした。すいません。こんばんは。アートさん、そして、おじ、そしてどんぐりさん、そしてたっちゃんさん、こんばんは。遅れて大変申し訳ございません。こんばんは。だって今ね、いろんなものが21時か22時かノートライズ、マジでほんまにごめんなさい。すいません。ぬるっと始まりました。お今日はね、ドラゴンクエスト7リ、ジ、リマジドお、野杉さんいらっしゃい。こんにょらごん。遅れてごめんなさい。すいません。国歌聞き終わったし、クリアかって始まったばっかりなんだよな。なんだっけ、ドラゴンクエスト7、なんだっけ、リマジンドですね。ドラゴンクエスト7のリメイク作品ですが、やっていきたいっていう話ですね。はい、雑業、データさんいらっしゃい。遅れてごめん。にゃん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 。英語を待つ。これは本物のニュラクお互い。オラだよ、オラ。そうなんですよ。実はですね、アーリーアクセスでございまして、私ちょっと2日早くできるモードを買いましたので、バージョンか。こっちでやっていこうかと思ってるんで、早めにできてます。ドラクエしたことない体験版シミュありかもな。ほかほかして助かる。本当にほっかほっか亭よ、マジで。ほっかほっか亭です。よし。で、私、体験版やってたんで、続きからできるはずなんだけど、できるかどうかちょっともっと分かってなくて。はい。じゃじゃーん、冒険の始まりだー。始めます。あ、カッパラさん、ニョス。お、先行プレイ版の続きから、あ、できるね。こうなってるんだ。なるほど。すごい。先行プレイ版の冒険の記録があります。あ、どんぐりさん。へい、今日も元気で可愛いね。ありがとう。カッパラさん、おはよう。私が。あ、待って、ボタン逆だ。待って。操作が逆。マジでこれ、マジ大事。これ大事。音うるさいですか？パパとー、おはよう。音うるさいですか？音下げてきたんだけどさ。無制限。
水銀しようかな。画面切れてたりするか大丈夫かな。画面映ってる全部。うるさくて愛しいニョラコ。このニョラコにうるせえよな、マジでうるせえのよ。完璧完璧垂直動機。めっちゃ高画質でやらせていただく。私がカクついてるちょっとカクついてるかな。まあいいか、でも別に。あ、場所ここだったよね、確かね。はい、ということで、ちょっと設定なんか見せちゃって。やだー。よし。多いな。あれはい、じゃあ続きからですね。先行プレイやってたので、先行プレイ版の続きっていうのがあるから、こっから行こうかな。オートセーブね、あんまり私信用してないから、ちょっとこっち側からやろうかな。はい。ちょっと読み込みちょっと時間かかってるな。重たいかも。冒険始める。え、こんなんあるの？なんか前回のあらすじみたいな感じの出るんだね。石だるの森の中で石板のかけらを神殿の台座にはめた直後、不思議な光に包まれた。ユナゴンたちは気がつくと見覚えのない森の中にいた。何が起こったのかと混乱するニョラゴンたち。さらにはマリベルが魔物に襲われ大ピンチ。ニョラゴンたちはドラゴンたちの頭はいよいよ肝にびっくりした。急に頭悪いっちって言われる方もちょっとびっくりしたっち。あ、ユウさんいらっしゃい、こんばんは。ニラゴンたちの頭はいよいよ疑問でいっぱいっち。そんな中、3人は森にあるお墓に雑草を、備えていたマチルダという女の戦士と出会う。親切なマチルダはマリベルが送った花の種のお礼にニョロゴンたちを近くの森へ送り届けると申し出る。果たして3人は無事に帰ることができるんだろうか。ラブストーリーとか押せば見れるのかな。こんな感じで見れるんだ。なるほどね。じゃあ冒険始めるじ。始まりだ。はい、よくぞ戻られたニョラゴンよ。冒険の旅へだって。おお、神よ、この者たちに、聖なるご加護のあらんことを、アーメン。あ、待って、シップさんがそんなことを言ってくださるんですか？びっくりしました。シップさんが言ってるわけじゃないんですか？旅の始まり、先行プレイ版のプレイ特典が届いてます。やだ、ちょっとやだ、ちょっと急にやだな、ちょっとごめんなさいね。新しいプレゼントが届いています。プレゼントはプレゼント受け取り画面から受け取れます。プレゼント受け取り画面表示しますか？はい。やばい、なんかこれ見せていいやつ？なんかこういうのもあるみたい。これさ、どうやってやったっけこれ。カメラの速度とか開けとこうかな。これどうなってたっけ？バトル超早いにするけどいい？明るさちょっと、ある。私ある。明るさちょっと上げとこうかな。配信してるのでちょっと夜明るすぎかもぐらいにちょっとやっておこうかな。上げときます。音大丈夫でね。なんか難易度設定っていうのがね、今回なんかついてるらしくって、これをちょっと設定していきたくって、与えるダメージは別に普通でよくて、経験値は別に普通でよくて、これまあ一旦普通でいいか。獲得ホールド普通。モンスターの強さは強いにしようかな。襲ってくる。まあ襲ってきてもいいかな。まあサクサクやるのにあえて経験値とかお金とか増やしといてもいいのかなとかも思ったりするんだけど、まあここは一旦ステイで。ただモンスターはモンスターはちょっと強くしとこうかな。
と思いました。あ、先にやってるしね。ダメージを食らうと服が破れたりしますか？破れると思う。それはちょっと見てお楽しみかな。そういうご褒美みたいなのあるかもしれないからね。はい。特定の場合だけ破れない仕様ですがね。ということでね、あと、なんか、アーリーアクセス特典がついているやつ使ったんで、いろいろこういう感じで、ついちゃってんだよね。こんな風にして。あ、おやすみワンピース。これついてる。なんか、受け取っちゃうかな。受け取ります。やばいやばいやばい。あ、これなんか、一個一個表示される感じね。はい。あざーす、あざーす、あざーす。やばいやばいやばい。あざす、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 あざす。あざす、あざす、あざす、あざす。なんかもう福袋のセット内容こうだよって見えてるから、一個一個表示しなくても大丈夫だよみたいな気持ち。なんか、ご丁寧にどうもありがとう。ご丁寧にありがとう。よし。購入ね。はい。おお、この白狼の着ぐるみちょっと気になるな。よし、これで全部かな。ディスプレイオプション。これさっきやったね。くっつくかな、ちょっとわかんねえな。よし。つうわけで、始めていく。カメラの速度はこんなもんでいいか。もうちょっと早くてもいいけど。はい。はい。あら、ユナゴンさん、お父さんとアミットさんがお城に呼ばれたんですってね。あ、忘れた。どこまでやってたのか忘れちゃった。じゃあね、冒険ちゃっちゃっちゃっちょ行ってくるじょい。やっていくぜ。何やってたか覚えてない。ほら、頭悪いっちだから何やってたか覚えてないっち。でも多分なんか、お城行けみたいな感じか。あら、ユナゴンじゃない。そういえばさっきキーファ王子を見かけたけど、なんか、海辺の方にこそこそ歩いてたわよ。あ、なんだこりゃ。あ、どこまでだ？冒険の時間だ。そうだよ。冒険の始まりだ。冒険はおにぎりだ。いずれ血となり肉となる。うちも記憶悪いっちだからわからないっち。ね。覚えてないっちだよね、これね。なんかカメラの視点もうちょっと下がっていいんだけどな。わかんねえ、これ以上。こっちかな。どこまでやったかっつったらね、実はもう、ウッドパルナって一番最初の、石板のところはクリアしちゃってるんだよね。で、その続きだね。先行プレイやってるんで。よし。あ、もうこの辺とかも、ゴミ、あさり済み。マリベルなんで。私の勘がやっぱり当たったわね。声が出ない。ちょっと待って。なあ、どうしてここにマリベルがいるわけ？これキーファって王子様だね。なんか先行プレイやってない方向けにちょっと説明も、はい、最初兼ねてやっていきたいと思っておりますが。ついてるな。キーファはこの町グランエスタードっていう島なんだけど、の島の王子様ですね。だからちょっとなんか見た目がみなり良さげちょっとだけなんですよね。で、ここの場所はキーファとニョラゴンの秘密の場所なんだよね。なんかカクつくな、気になるな。なんでマルベルがいるんだいって言ってる。で、マルベルはこの女の子のことで、女の子はここの主人公たちの住んでる村、フィッシュベルだっけっていうこの村の網元さん、なんか漁師さんのなんか偉い人いるじゃん。なんかお金持ちの人、お金持ちのお嬢様なの、マリベルは。なんでいるんだいっていう、ここが秘密の場所だから。この私にはあなたたちのやることくらい全てお見通しってことよ。いい感じだね。ゆうきさん、あれ合ってるか。ゆうきさんと多分宮野真守さんだね。
いいか。とにかくお前もここに来ると思ったぜ。もう大体の話は聞いてるだろ。新しい島と調査団のことだ。まあ、何のことか分かんないと思うから説明していくんだけど、この話のそもそものやつってもうこの島だけだとみんな思ってるわけ。でも雲ですか何かの方、そうターニャ・デグリチャフの人かな、多分だけど。そうでもキーファーはそうは思ってなくて、絶対になんか冒険があるはずだみたいな感じになってて、でなんか主人公と吸ったもんだしたっけ、なんか古い石板とかがいろいろ出てきて、なんか冒険を始まりやみたいな感じで、まあ、その石板の世界のウッドパルナってところに行ってて、そこクリアしてみたいな。でそれが終わって戻ってきて、戻ってきたら、あれなんかもともとこのグランエスタードっていう島しかなかったのに、新しい島と島がでなんかあるぞみたいな感じだったり、それになんかこの人だから王子様だから王様がなんかその調査するぞみたいな感じの情報が流れてて、調査団とかが出てきてるぞみたいな、そういう話聞いてるだろうみたいな、そういう話をしている。そのことで崖っぷちに住んでるあのじいさんまでが城に呼ばれたんだよ。崖っぷちのじいさんはなんか昔石板とか見っけてて、でも勇気がなくて冒険できなくって、それを封印させてたんじゃみたいな感じの、なんか変わったじいちゃんみたいなのがいるんだよね。なんかその人まで呼ばれてるから、それはただごとじゃないぞみたいな話なのにだ俺たちは蚊帳の外ってわけ調査団にも入れてもらえない。なんでだと思う？そりゃそうじゃない？あんた子供だからだよ。納得いかないだろ。もちろん俺もだ。いや納得してますね結構納得してます。はいそんなわけでついにあれを使う時がやってきたと俺は思っている。お前も同じ考えなんだろ。いいえやめてやめて、そんなこと言ってお前の本音は分かってるぜなんか察してくれたらしい。うんさあ、いつものように二人でそこの石の蓋を向こうに押すぞ。はーい。なんか私の気持ち察してくれたらしい。キーフはよくわかんないけど、俺何も考えてなかったんだけどな。今日の晩ご飯はアミットまんじゅうかなとか思ってたけどなのに、二人で絶対動かないって。ったく、こんなことをして階段を隠していたわけまあいいわ、早く降りましょう。マリベルはちょっとわがままお姉ちゃんみたいな、わがままな女の子みたいな感じだね。さて、こんなん私だから見逃してたな。こんなとこなの。階段になってて、先進んでいくぞ。ついてきなみんな。おお、こっちだこっちだ。船あったん？待ちなさいよ。マリベルがね、あられちゃん走らんだよな。どうだ、すごいだろ。ついに修理が終わったんだよキーワがね、私が今進めてるペルソナ5の坂本龍二くんと同じ声優さんだから、宮野真守さんだからね、なんかそのギャップもちょっと感じられておもろいよな。これってもしかしてずっと昔うちで使ってた船？拝借いたしましたわ。相当ボロくなったんで廃線にしたってうちのパパは言ってたのに。なんでやるんだろうね。お前にも時々手伝ってもらったよな。何年かかったっけ。2年3年。リュウジ、てかさ、廃線にしたはずの船に2年3年かけてでもさ、直せんの？途中俺たちだけじゃ無理かと思ったんだけどさ、じいさんに相談したらいい方法を教えてもらって、なんとか完成したんだよ。いい方法ってのはサプライズでいけるもんか。船だよ。まあいいや、とにかく乗り込むぞ。ちっちゃいことは気にするな、それバカチコバカチコ。そう、こういうのはねご都合なので、まあ乗り込むと。準備はいいか。絶対無理でしょ。そんなに傷んでなかったってことなのかな。準備はいいかニュラゴン。もちろんオラがキャプテンだからだ。みんな船に乗れ。出航だ。
よし、それじゃあ出発。おい、ふざけんじゃねえ。オラがキャプテンだ。出航だは私のセリフだ。オラのセリフだ。お前が取るな。目指すは新大陸だ。おい、なんかお前がもしかしてルフィだと思ってないか。私がルフィだ。ひどい。この私を置いてゆく気？ドンあ、ライライさんいらっしゃい。それに声の調子が良くない。大陸じゃなくて島って話よ。だ大陸って言わないの。島は大陸じゃないの。そうだったな。ニュアンスがちょっと違う出の。発。出航だー。やろうどもー。怒りをあげろー。おお。いざ。なぜだ。なぜ私がキャプテンじゃないんだ。おかしいぞ。オラがこの物語の主人公だ。あ、待って。はい。ねえ、早めに船に乗れるんですよね、ドラゴンクエスト7って。なんか他のシリーズやってる人がいるかどうかちょっと、まあいらっしゃると思うんだけどさ、だったらさ、船手に入れるまで結構時間かかるくない？まあ物語の、なんだろう、中盤とかさ、中盤ちょっと前とかさ、まあ、序盤のちょっと後みたいな感じだと思うんだけどさ、結構早いんだよね、ドラゴンクエスト7って。もうほぼ最初みたいな。今お前船降りろとか言って。船の乗り方、降り方。船に乗るときは海に浮かんでいる船に近づいて B を押しましょう。 B かな？ B で合ってんのかな？ちょっとわかんない。それは私ボタン変えてるからどっちかわかんねえや。3もそこそこかか。そうなの。海に大体出れるのって、まあ、他の大陸行けちゃうんで、物語としてはやっぱ中盤とかわかんないけど、そういう感じとかになるんだけど、これは新しい大陸見つけていくぞみたいな感じだから、まあ、その行く手段がないとさ、話積むじゃん。なんで、なんかこういう感じで早めに船乗れるんだよね。で、まあ B を押せと。船で移動中は加速することができる。降りるときは、およそな陸を探して近づいて同じように B をして、ルーラーすると船にも一番近い海辺に移動して、船がどこにあるかは地図画面の船マークで確認できる。まあそりゃそうよな。怒りを上げてユタパルダの英たちをクリアしたっていう話で、ここまでできたんだな、多分体験版。ということで、こんな感じで、私が、うわー！待って、やばい。終わったかもしれない。待って、こんなに、敵が出るだとやばい、敵が出ると思ってなかったっち。ほら、今、痛い。やっぱりそうだよね。痛いっち。まずい。海の敵は強いんだ。まずい。まずいっち。オラが回復する。お、感情が高まってる。やばい。なんか感情が高まってる。急にたぎってるこいつ。あららららら、どうしたの？おお、みんななんか高まってる。先に攻撃されてるから。アイヘンさんいらっしゃい、こんにちは。声が悪いよ、私の声が悪いよ。オラが回復するっち。あ、そっか、なんでこんな強い敵出てくるんだとか思ったら、かまいたちとか全然出てこないのよ。これ私がさ、強くしてるからかな、設定。おららら、おらいけ、みんなとりあえずやっちまいな。まずいっち。任せな。オラが回復する。おー、ナイス。オラの水流切り。怖い。水だからよかったかな。ユンさんいらっしゃい。ユンさんいらっしゃらなかった。ユンさん35日連続ご視聴ありがとう。もう1ヶ月も見てくれてるのありがとうね。ユンさんありがとうね。声がちょっとおばあちゃんみたい。ありがとうね。ありがとうございます。何このジーニーなんだけど、これかまいたちって言うんだけどね、ジーニーみたいだよね、見た目確かに。69ポイント経験獲得、5の職業熟練度獲得。オーケー。やべえ、敵強いな。見た目装備来たぞ。メニューのパーティーで R 押し込んだら、キャラの見た目を変えることができます。
はい雑業ねゆらお声がでもあんまりちょっと大きい声出さないようにしよう。マジで声が出ないけど。実際に身につけている装備品が変わることがないから自由におしゃれを楽しみましょう。あ、なるほどね。武器とかは変わるわけじゃなくて、ただ見た目が変わるだけだよみたいな感じのこと言ってますね。やばいな、これ。積むかないや、積まんやろ。回復されてるのか。これいらないか。あ、待って。せっかくだから見た目変えようと思ったけど、見た目変えられないな。なんでかって言ったら今ちょっと変えても見られないから後にするね。いや、もう一回回復だけしとこう。この次の島行くまでに敵にあったら多分魔法が使えなかったら死ぬ。はい、ということ。わーいやばい、ガチでやばい。なんで先に攻撃するんだ。うわーやばい、避けろ。まずいマレベルお嬢さんは魔法が使えるから絶対に死んじゃダメだ。やばい、キーマお前根性見せろ。回復したのにあれ回復、あ、スカラ使ってる。回復じゃなかった。ミスったっちまずい。痛い。いやお前さ、やばい、これ使おう。マジでちょ待って、ほんまにちょっと待って。投げたこれいけ。やばい、キーマー。うおー、まずいまずいっち回復。キーマー、いけ。回復だ。いけ。ヒヤヒヤする。しびれるぞこれ。敵強い、おもろいかもしんないわ。あ、死んだ。危ねえ。楽しい。ギリギリそう生きてるぞ。ありがとな。よし行くぞ。ほらいけ、高ぶってきた。いや、マリベルの回復しくったらマジしくった。本当にしくりすぎる。ガチでマリベルに経験値入んない。みんな平等に入ってたのに最悪。これでも倒れてても経験値ワンチャン入るかな。なんかワンチャンあるかもしれないな。いけ。境界はあるよね。あるはずだ。また強くなったぜ。ワンチャン入んねえかな。入ってるかわかんないな。入ってるかわかんないな。やらかした。でもやっぱりあれだね。見た今の。昔はさ、教会まで行かないと一人絶対いないままだよみたいな感じだったけど、核ついてる。やっぱりなんか外そうかな。いや、脱出を落とそうかな。いや、核ついてるとは思ってんだよね。脱出ちょっと落とすか。どれだ。クリックオプション、パフォーマンス優先にしとこうか。エクタビリティング、アンチなんちゃらわからん。何かな。パフォーマンス優先にして普通に中ぐらいにしとこうかな。これでまだ核ついてるかな。ゆらついてる。まだ核ついてるよね、きっと。多分何かを削らなければね、核つく。システムが起動されすぎてて核つく。ちょっと良くなってたらいいな。ほら、核ついてる。そうで、今さ、マリベルさ倒されちゃってたじゃん。本来のドラゴンクエストであれば倒されちゃったら教会行くまでいないはずなわけよ。だけどやっぱ緩和されてる。なんか
なんて言えばいいなんて言えばいいこれなんて言えばいいのこれ。なんか、簡単になってるから、めっちゃ簡単になってんで、マルベル普通に生き返ってたよね。ありえない、そんなこと。HP と MP のしかも全開とかもされちゃう。こんなこともありえない。こんな、おいなに難易度オリジナルとかで言えば、でもなんかね、設定いろいろ変えれてる。今変えたんですけど、これ敵強くしたりするんで、さっきやったんだけど、ごめん。難易度の設定っていうのがありまして、自由に設定してますので、これを今、モンスターの強さを強いにしてるから、いや、もう、大変な目にやっとる。なんかもし、これじゃあ、なんつうんだろう、人口大変だねみたいな感じだったら、まあ、経験値とお金ぐらい、まあ、別に、熟練とかお金ぐらい別に上げてもみたいな感じだから、サクサクいきたいぞってなったら変えちゃうかもしんない。で、今んとこね、敵だけ強くしてる。おもろい。オリジナルとかできない？わかんない。ここはどこですかって見ればわかるでしょ。ここはカラーストーンのさ、これ別に、でもゲームの、リメイクされた音楽じゃダメなのそれは。まあ、最初のやつとか、できるかもしれないけど、そういうのはたまにあるからね。でも、このゲーム、せっかくリマジンドされてるからいいんじゃん。わっせわっせ、忙しくて全く休む暇もないぜ。休んでな。わっせわっせ言ってる、なんかサボってる感じだけど、わっせわっせ。海を越えてきただと、そう、それは誠か。海を渡ることができるのは真の勇気を持つのだけど聞く。お前はさほど強そうに見える。失礼だなこの人。やっちまおうか。そういうことならば私もいつか大海原を試してみたいんだら、いやお前は絶対船に乗せません。ガゴガガ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 ガゴガガ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 って言ってた。へいせい。なんだ見ない連中だな。ここから先俺らの仕事場でな、ウッドパルナの工業協会の会員じゃなきゃ中に入れねえで。何どうしても入りたいってそうだな。それなら我らがウッドパルナ工業協会の標語を言えたら特別に講座なんか入れてやってもいいぜ。標語を知りたかったらここから西にある村で会員に話を聞いてみるんだな。これなんか当てずっぽうとかできるんじゃない？当てずっぽうとかこれなんだ。いや別にいいんだけどやったことないっていうかさ、当時の感じを感じたいものなのよね。でも新しくなってるから新しいのまず感じてから古いの感じた方が、なるほどこういう感じになってたんだねってなっていいよ。っていうか心とはないんだけど、全く丸ごととなくなってるんだけど。でもね大体オリジナルとほぼほぼ一緒だよ。ちなみにだけどちなんだけどほぼ一緒です。なんかちょっと綺麗にもちろんなってるとは思うよ。なんかけどそのままですね。音楽はただ綺麗になってるだけ。ウッドパルナがめちゃめちゃ栄えてる。まあ食べる方だって珍しいわ。ここは森の中の村ウッドパルナ。どうぞゆっくりしていって。ゆっくりしていってね。待って花壇とかに入れなくなってる。大体一緒。いやマジで一緒。そうだよ。もしよかったら最初のとこだけなんかオリジナル元々のやつとか見てきたらいいと思うよ。マジだから。ワンちゃんとか触れるのこれ激アツだよね。ワンワウよしよし。かわいすぎだろお前。かわいすぎだべ。村探索なんか村探索ものないな。海を越えてここに来ただって。それは珍しいな。こんな場所にところにではなかったはずだって。おいおい船屋でもしてるんじゃないか。おやこれは木の実泥棒の話かって聞いてきたらいいと思う。この島はずっとはるか昔からここにあったってあんたたちが知らないだけじゃないのか。これおかしな話ってもともとはないんだよ本当に。だけど昔からあったよみたいなことになるから全く混乱しちゃうって話ね。これ話どうやって聞くんだっけ。話しかけれなかったっけ。話しかけられない。なんかなかったっけ。なんかあったよね。いた。ここってパトリックのいたウッドパルナに妙に似てると思わない？なんかハンクさんとかパトリックとかこれマルベっていうのは石像のなんつうの
敵版の先のね村がウトパルナって言ってたんだけど、似てるよねって話をずっとしてると。まあそりゃそう、その通りだから。ふうふう今日ふう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 教会の周りのお掃除が大変だわ。ふう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 って口に出して言ってるの。なんか掃除してるの。グランエスタードといえばエスタード島にある国のことと存じていますわ。ですが残念ながら自ら行ったことありません。船旅は危険ですから。でも本当にね、グランエスタードの人たちは知らないわけよ、ウッドバルナのことだけど、こっちの人たちは知ってるっていう体なんだね。昔そうだったっけな。なんかみんな知らねえみたいな感じだと思うけどな。どんどんちょっと探索だけしてくる。おばちゃんここはあれなんだっけ、宿屋。マジでさ、探索できるのめっちゃ少ない。タンスとかめっちゃ私にちょっと漁らせてくれよな。タンスにゴン。目のつぼさ、おばあちゃんごめんね。あら、ウッドパルナというこの村の名を由来じゃともちろん知っておるぞ。わしだけじゃない、この村に生まれた者なら誰もが知っておる。いや、知らねばなるの話しちゃって。だってよ。ちょっと声がマジでおばあちゃんとか、おばあちゃんの声もね、ちょっといいかもしれない。おばあちゃんだけすごいうまいかもしれない。はい。地上は平和ですから、海にはまだ太古から生き続ける魔物が聞きます。まあ、あなたたちはその海を越えてこられたんですか。そうだよ、オラたちはだって海の戦士だからね。なんて勇気がおるのでしょう。この村の英雄パルナとマチルダに負けてませんわ。パルナとマチルダ、これは石板の世界にいたものだしね。本当にあんまり変わんないからすげえでしょ。言ったじゃん。だから言ったべさね。グランスだけ来られた方名は知っておりましたが、行ったことはなかったですな。ならば食べのついて今度はぜひ行ってみましょうかなと。まあそれはさておき、はい、買い物できるお金も結構持ってるから。とんがり帽子、とんがり帽子、とんがり帽子。旅人の服で、でもどっかでさ拾うと思わん。いや、やっぱり顔だよ。ごめん、冷やかしでごめん。さあどんどん調べていく。おい、おっ、チーメだ。結構最初からガンガン見つかんな。どのぐらいのボリュームなんだろうね、このゲーム。ちなみにだけどさ、なんかこれすごいめたい話なんだけどさ、ダウンロードのさ、容量あるじゃん。まあ、そのゲームの容量あるじゃないですか。これ8ギガぐらいなんだよね。めっちゃ多いゲームってさ、ペルソナとかもそうだけど、ペルソナもうちょっと多かったと思うんだけど、結構多めじゃん。なんか何十ギガみたいな感じで、8ギガなんだよね。8ギガと考えると、容量そんな多くないよね。多分だけど。だからなんか、私はなんかサクッと終わるんじゃないかなって個人的には思ってんだけど。どうでしょう。ここから南東の方角にカラーストーンっていう宝玉の取れる採掘所があるんだ。とにかくこぼれやすい宝玉だから、色が綺麗なので結構高く買ってくれるとも言ってな。お前知らねえのか。教会のものじゃないのか。なんだ、工業協会の人じゃないのか。プキン。ああ、もう急に話しかけるから宝が逃げちゃったじゃないか。ごめん。ごめん。あ、ごめん。あ、ごめん。悔しい。魚逃げて。ごめん。何？睨んでる私、あたいのこと。俺のこと睨んでるのかい？子供にそんなことしちゃいけません。8ギガで外出とか送ると内容薄いかもね。なんか、ごめんだけど、なんかその長くないのかなみたいな感じはする。なんかコンパクトにしてるみたいなのは、散々アピールしてたから、まあ、なんかその昔はなんかもっと長かったのを、なんか現代の忙しい人でもやりやすいようにしましたよみたいな感じらしいんだよね。なんか私は別に長くていいんだけど好きだから、ドラゴンクエストが一番。オラの家に先祖代々伝わるほがらか農園にようこそだべ。なんのおもてなしもできんけど、オラの野菜を存分に眺めててくれて構わないだよ。ちょっと食べてって構わないことないんだね。そうしてくれ。なんか野菜とかもさ、リアリティ溢れる。昔こんなんじゃなかったよ。スイカと人参と大根とトマトかな。こんなね、野菜とかもね、こんな別にディティールがあったわけじゃない気がする。はい。
なんかハンくんちとかいなくなってるくね。なんだっけ、パトリックとかセドリック、なんだっけパトリックだっけ、あれカトリックだっけ、誰だっけごめん、パトリックんちなくなってるくね。あ、おじいちゃん。こうして水面に映る自分の顔をじっと見つめてると思うんじゃん。わしもまだまだいけるの。気持ちの持ちようだからおじいちゃんファイト。それはいいことだと思うよ。私の家は代々村を守る戦士の力を継いでいるの。あ、これハンくんちじゃない。だがこう平和では何もすることなくってな。海に出たらすごい強い魔物いるよ。マジだよこれマジ。秋の星。はい、この家のすぐ外の村の真ん中に高い見晴らし台があるのをご存知になりましたか？あの見晴らし台にはご先祖様の名が付き合っているんですよ。見晴らし台の名前はマチルダロと。私たちが決して忘れてはならない偉大なご先祖様のマチルダはここのウッドパルナの重要人物だね。重要人物。ニュラゴン、今の女の人の話ちゃんと聞いきましたけど、私ほらちゃんと話聞けるもんね、人の話。これってどういうこと？やっぱここはウッドパルナみたいだけど、なんか俺頭が悪いっちになってきちゃったよ。頭が痛いっち。わかんないのかい？なんか話が聞けないんだよ。どうやって聞くんだったっけ？あったよね。だってここがなんかマチルダの塔って名前ついてるのって。なんかここの花壇とかもなんか行けたんだけどな、なんか整備されたところには行けないんや。よいしょ。だって今日もお花にお水あげなくっちゃっと。なんかすごい綺麗になってるね。お、なんかさ、この人が重要人物だよみたいな感じでさ、ピキンってなってるとさ、わかりやすすぎる気もするんだよな、私にはな。全くカラーストーンが取れると思ったのに、こんなガラクタしか見つからないなんて珍しいかと思って持ってきたけど、よく見れば変な模様になるただの石の板じゃないか。これ大事ください、それください。これは旅の方、もしかしてカラーストーンが欲しいのですか？いいえ、なんとそうではなく、この石の板が欲しいですと。そうですか、それですと差し上げましょう。いえ、持ってきたはいいですが、使い時間なくて困って、これどこで見つけたのこの人は。でね、この石板をどんどん見っけて、次の石板のところにね、話進めていくみたいな感じなわけよな。だからこの石板を昔はもう1個を見逃すとマジで探すの大変みたいな感じだったわけよ。だからそれもなんか今回はね、すっごく優しくなってる。もし同じような石をお探しでしたら、南東にある鉱山に行くといいですよ。本来はウッドパルナ工業協会の貝だらけ中にあるんですが、実は一つだけ方法があります。これを今からお教えしましょう。ここまでどんどんいけどんどんカラーストーンドン。やっぱりワンピースじゃない？ドーン。この工業協会の標語入り口の階に力いっぱい叫べば、なんと中に同時に力いっぱいじゃなきゃいけないの。ちなみに最後のドンが特に大事らしいですよ。それは頑張ってください。おもろ。だってよ。でね、ワンピース力試されるぞ、これ。ほら、声が死んじまうよ。オラの声がなんか、ね、安定しないから、どんだけちょっとなんか変な感じだ。はるか昔、ウッドパルナの村は、守りの悪祭に見舞われることがあるんだそうです。闇が島を閉ざしたというその最悪は、村人たちが団結して立ち向かったところに見事打ち払われたのですが、彼ら村人にその勇気を与えたのは、ある時突然節までできた3人。オラたちだよ、オラたちだ、オラのことだ。それまで奥部だった村の者たちは、彼らの勇気ある行動に心を打たれ、ついには共に戦おうと決意したのです。以来、この村の人間たちは自ら出て問題解決するという大いなる信念を後世まで胸に刻み、厄災の原因となった村の兄弟
の悲劇を常に自分たちへの戒めとしながら今日までこの村を守ってきたのです。これもしかしたら選択肢とかで会話とか変わるのかもな、この銀融詩人の。もしかしたらそういうのもあるかも。わかんないけどね。ドン。ありったけの夢をかき集め、探し物探しに行くのさ。ワンピース。エアバンド強くなんないかな。あ、ならないよね。だからちょっとまだ操作があまり慣れてなくてな。火の帽子、あ、持ってるんだ。なるほどね。ちなみに見た目装備見てみる？頼れる相棒の服。あは、これあれね、ドラゴンクエスト11の、なんだっけ、名前忘れちゃった。神の服だ、神の服。なんか、ちょっとやだな。いや違う。神は別にいいんだよ。神はいいんだけどさ、キーファがさ、このさ、胸のジャラジャラとさ、首のジャラジャラとさ、胸元なんかさ、この、開いてるの嫌じゃない？ちょっと。ありったけの木の実かき集めだだだだ。ちょっと嫌だな。あと耳のこのピアスも嫌だな。チャラッチャラだよね。ちょっと嫌かも。キーファはちょっとチャラいの嫌かも。お前は首元隠しといてくれ、頼むから。で、マリベルはいろいろなんか揃ってる。あ、これも11だね。ベロニカと、なんだっけ、名前忘れちゃった。あー、すごい、どう忘れてた。ベロニカと、あー、名前忘れちゃった。あー、誰か教えて、お願いだ。双子のね、ベロニカお姉ちゃんとね、あー、名前忘れちゃった。なんだっけなー。忘れちゃった。あー、忘れた。好きなんだけどな、忘れちゃった。ベロニカしか出てこない。なんか、いるのよ。これもね、11だね、でも。あ、これ、おやすみワンピースかわいいじゃん。なんかおしゃれやな。でも、マリベルの髪の毛ってこうなってたんだね。忘れちゃった、マジで。なんだっけな。なんか、セーニャだっけ？セーニャみたいな名前じゃない？なんかそんな感じの気がするな。これ可愛いけど、とりあえず見た目そうめんまで行こうかな。せっかく持ってんだけど。元々の、追われる勇者の服。これも11だね。11の主人公の服。で、トロデーの服は、これ8だね。ドラゴンクエスト8。8の服は結構なんか、いいじゃん。なんか、胸元開けるの結構、何か、流行りやっぱ、オラたちは子供だからちょっとそういうチャラついた服は着ねえ着ねえもうで、装備とか、いろいろ持ってんだけど、かわいいな。スライムの銀のトレイ。せっかくだから使おっかな。どうしようかな。成長の秘訣がたくさん募ったメタルの知恵。いつだってゴールドラッシュの太っ腹な心意気。あ、なるほどね。ニョロコはベイビーだから、そう、ベイビーだからさ、ちょっとこういうのはちょっといいかな。いやー、どうしよっかな。つけるか。結局強くしてるんで、敵を。で、これの特典のやつつけてもいいか？いいか。いいことにするか。マリベルなんか2個つけれるっぽいから。マリベルしかもこうトレイつけよっかな。つけさせていただこうかな。楽ちになっちゃうかな。強くなっちゃうかな。かわいいな。ね、この装備かわいいな。これ見るこれ。かわいくないこれ。あまりにもかわいいだろ、スライム。マジで。どうしよっかな。せっかくだから使わせていただくか。いいよな。この辺はちょっと、自由にやらせていただこう。これ、ぬるげなっちまったなみたいな感じだったらちょっと考えよう。トーネクタイは魅力が上がる？ゴールドラッシュつけた方が強いのかな。いや、キーファー空いてるからキーファーにつけた方がいいか。どうしようかな。わかった。
ゴーレムの心とゴールドマンの心でこいつなんかゴーレムだな。なんかキーファがゴーレムみたいな感じになってるの。よし。旅人の服でも着てたらよし。じゃあ、先ほどの採掘場行きましょう。チルッチ。オラじゃなかったら見逃してたね。さてと、もう全然もう、あ、ごめん。もう忘れた。合言葉忘れちまった。合言葉忘れた。この標語ね。お、標語を知ってるってよし。ならば言ってみろ。ニョロ君は力いっぱい標語を叫んだ。ドーン見事な言いっぷりだ。特に最後のドーンが、気合入ってて熱かったぜ。ありがとう。伝わった？じゃあ中に入っていいぞ。あ、伝わったみたいです。私の熱意。あざっす。おもろ。できてんのかな？カラーストーンが欲しいならかなり奥まで離れないけど、そうそう見つからないぞ。カラーストーンじゃなくて変な石の板が欲しいだって。お前ら変わってるな。あんたに言われたくないよ。あんたのそのあんたみたいな服装の人に言われたくないよ。変わってるな。この見た目結構さ、熱いよね。でもなんか。カラーストーンにはいろいろと不思議な力が宿ってると言われている。そのため同じ色の位置が近づきすると互いの力がぶつかり壊れてしまうそうだ。そうなんだって。へい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 、どんどん行くぜ。へい、畜生、このところで道に迷っちゃう。どうっちだ。マップってすればどって高くなっちゃって言ってたんだっけ。これマップどうなんだっけ。本当にね、操作覚えてないわ。ごめん。覚えてないっち。なんかマップでかくしたりできた気がするんだけどな。はい。板のような石を見かけなかったですさ。見たことないですね。それどころかお目当てのカラーストーンですら一つも見つからないんで、やれ。やっぱ採掘っていうのはさ、掘り尽くしたりとか、採掘量っていうのがありますもん。いや、狭くなってるやん。ほんまに。もう本当に狭いダンジョンが。悲しいよ、オラは。ほら、悲しいよ。もっとあったのに。もうストレートに、なんか敵いる。中マジみたいなのいる。めっちゃ敵いる。なんかやってる。不意打ちじゃ。勇者なるの不意打ちしなければならない。いけ。やばい、強くなっちゃったかも。やばい、あれ強くなっちゃった。あれほら、強くなりすぎたか、これ。あら。たまたまだよね、ここの敵が弱いのは。レベル上がった時にオーラの誇らしげな顔見てくれ、これ。なんかここは敵弱いな。ほら。なんかあまりにもレベルが上がると不意打ちするときに戦闘にならないで倒しきることができるっていうのが今回結構いいんだけど。ほらよっと。なんかドラゴンクエスト11でもこんな感じだったけど、100円もらった。100ゴールド。ドラゴンクエスト11でもこんな感じだったよね。確か。ほらいけ。海の敵がたまたまめちゃくちゃ強かったんかな。マジでビビったんだけど。あ、これうちらちょっと強いか。まあでも結構レベル上げて次の島行こうっていう感じでさ、先行版の時に頑張ってやってたから、まあ、レベルはちょっと上げてると思うんだけど、でもなんか武器強いか、やっぱこれ。敵強いままだよね。そうだよね。やっぱりキーファーに行くよね。キーファーが一番なんか当てられそうだもんね。当てやすそうだもんな。あらら。ミュートムネズミ。なんかモンスターの見た目とかも結構可愛い。なんかこうモフモフしてる感じとかなんかする。おや、薬草ゲッチュだぜ。これいけ。楽しいな。どんどん行くから私。あ、縁切り。もうね MP とかもね全然気にしない。もうね何も気にしない。もうガンガン行こうぜ。このでもテンポ感はいいね。結構なんかもうレベル上げするときってさ、レベル上げだ戦闘結構なんかドラゴンクエストとか長くやっぱなりがちだからね。
石板ぬるっと見つけました。やったーニュラ君、これってやっぱりあの石板と同じやつで違いないですよし、島の調査は大体これで終わりかな。もう終わりかよ。そういえば城の方は今頃どうなってるんだろう。ちょっと様子を見に行ってみようぜ。もうここには用はねえぞって案に教えてくれてるわけ。本当にね、簡単だよ。敵強くしてるはずなんだけどな。なんか味気ないぜ、オラには。バーストいらない。味気ないぜ。なんかもっとひりつくバトルしたいぜ、オラはもっとなんかもう、はい。これでこの辺りで3つ得た石板は2枚か。まあ何はともあれ一旦城に行ってみようぜ。よし。じゃあ戻ります。なんかもう用はねって言われちゃったんで。いやー悲しいなー。なんかもっとさ、やっぱり冒険って自由であるべきだと思うわけ。まあ、何を言ってるかというとさ、もうないですよとか言ったら、じゃあもう探索しないでいいんだこの辺みたいな感じになるわけじゃん。なんか何があるかわからないな、ワクワクっていうのがさ、ちょっと薄れてる気がするんだよな。オラにはそのワクワク、もっとひりついたワクワクを感じたいぜ。お祈りします。なんか物足りない感じするよな。しない？みんなはどう？しない？いいんだけどね。で、まあ、現代版にしてくれてるわけだから、まあ、簡単になっちまうのも、しょうがない。いいんだけどさ、あの時、不思議な光に包まれてるから俺ずっとワクワクしてるんだよ。ニョラコもそうだろ。オラもまあワクワク知ってっぞ。現代風なこうなんのかね。いやー、まあそうなのかもしれないけど、私はやっぱり削りすぎてると思うな。ダメだ、俺はずっとこういう冒険したかったんだ。夢が叶ったって感じだよな。あんたといるって本当は退屈しないわね。今のは嫌味はそれぐらい首取りなさいよ。全くちょっと鈍感なんでね、ニョラゴン。何言ってんだって何言ってんだお前。やめてー。あまりにも強い。やばい。ちょっと危ない。ちょっとね、まず海の敵がね、やばい。これはさすがに使う。忙しい現代人の話で内容をカットされていていいけど、それってなんかなんかねなんだよね。なんかさ、まあわかるんだけどさ削りすぎてると私は思ってるわけだから、言いたいことはわかるし、いろんなものをきれいにしたりとか、ボイスをつけたりとかして、なんか新しい感じはあるよ、もちろん。だけ冒険なんだよなみたいな冒険なんだよなみたいな感じやっぱ石板がどこにいるか分からねえ、マジで困ったなぐらいがさ、ドラゴンクエスト7はちょうどいいと私は思うわけよ。マジで分かんねえみてえな。おっと確か城は会議中とかで入れなかったので、まあキンファがいれば中にあるからしてもらえるでしょ。だって海の敵だけガチで強い。ちょっとね、海の敵ってしかもさ、何が出てくるか分からんのよね。なんつうの、海の敵、弱い敵じゃなくてさ、海の敵ランダムみたいな感じだからさ、もっと冒険させて思わん？冒険させてって思うよな。天空でおじいちゃんの家なのか。この辺は井戸入れた。まあお城、グランスタードは前の時に調べてるから別に良さそう。でもキーバー連れてると会話変わるんだね。
ら話しかけちゃう。のわあ、キーファ王子、この大変な時にこんなところに何をする？油売ってます。あ、キーファ王子のしませんか？なんかキーファがいたら話変わるのはおもろいかも。話しかけちゃいたい。こういうのはなんか新しいね。冒険がしてだよ。オラはほら冒険してだ。いやー、使ってくるけど風呂掃除の後の一杯はたまらんですよ。新しい島のことあって、幼女がいる、今日はママのお手伝いでちって言ってる。今日ママのお手伝いでち。あ、なんか確実な。ゲーム自体も隠れてる、もしかしたけど。やってる自分隠れてないんだけど。大丈夫かな。いやいや、これはキーファ王子。城内にお戻りなら隣の兵士を、なんか、お前じゃ開けへんのか？キーファ王子、またこっそりと心臓を抜け出したりして、ダメですよ、本当に。悪い悪い、ちゃんとお城に戻るからさ、橋を下ろしてくれよ。いや、ゲームは滑らかです。私が隠れるだけか。はっ、キーファ王子がお金だ。ブリッジを落とせーってあった。おろせだったわ。おろせー。キーファ王子、どうぞ。もうお城を抜け出ちゃダメですよ。そんなこと聞く玉に見えるか？城で解決ってことは親父と鉢合わせる心配もないってことは俺にとってはラッキーだぜ。よし、今のうちに城のやつらにいろいろ話を聞いて、お前はね、抜け出しすぎなのよ。なんかね、ドラマスコーンみたいな感じなんだよね、キーファってね。キーファがそんなこと聞くことありません。まあ、ないよな。ホットストーン手が出ないけどやっぱり欲しいだって。本棚さんが自慢セーター持ってるだけで、ホットストーンか。女の子が持って売れば億万長者のホットストーン。いや、ダメだ、あんな石ダメだ。自分で磨くんだって。絶対嘘に決まってるだろ。わかるでしょ、それぐらい。こんなものはねえでしょ。わかるでしょ、それぐらい。真顔。わかるでしょ、それぐらい。話しかけなきゃいけないのかな。でもさ、ごめんだけど、本当にこれめったい話するんだけどさ、結局話しかけて歩きなさいよって言ってるけど、見てほら、なんかさ、もう話しかける人が分かっちゃってるじゃん。話しかける意味あんのかなってなっちゃうじゃん。わかる？この悲しみ、私の。なんか他の人に喋りかけても話進まないんだなみたいなことがもう分かっちゃってるからもちろんおかえりなさいとかこういう風に言ってくれたとかいろいろあるけど、ちなみにもうキーファの部屋はあさり済みです何もない。目の前でタンスとか開けられる気持ちってどう？キーファ教えてねえ。今どんな気持ち？オラにタンスとかクローゼット開けられる気持ちねえ。どんな気持ち？今ねえ、どんな気持ちクソムーブしかかましてねえな、さっきから。あれどうやって行くんだっけな。で、快適になってるよななんか誰でもやりやすいようにっていうのはわかるんだけどさ、まあお子様とかね、やっぱり大きなお友達だけじゃなくてお子様にも新しく始める子供たちとかにも分かりやすいようにみたいなで、現代風にやりやすいようにってるよみたいなことはまあ分かる。まあ本当にまあそうだと思うから、実際そうだと思ってるけど、用事はないけど話しかけたらやっぱ大事なこと結構言ってたりはしてるな。それはそうなんだけどさ、でも喋りかけなくてもあの子に話しかければいいんだってなったらさ、せっかくいるこの人たちの意味なくなっちゃうじゃん。なんかこの人たちがさいろいろ言ってそうなんだみたいな
感じの話とかも含めてさ、いいわけよな。で、なんか、その昔親方っていうなんかその、お話するの嫌なんだけどさ、オリジナルとかだったらさ、やっぱこの、村の人とか町の人とかに話しかけて、情報集めて、石板をなんかこの、なんて言えばいいの？取り逃さないようにするみたいなさ、そういうところもあったからさ、なんか、古き良きところも、なんか風情がない感じに思っちゃうね。あ、お兄様お帰りなさい。お兄様新しい島の調査団に入ってってお父様言ってたんでしょ。でもお兄様は将来のこの国の王になるんですもの。危ない仕事はできないわよね。だから俺王になんかなりたくないんだってば。勘弁してくれよリーサ。私も本当はお兄様の方が好きよ。でもね、お兄様ならきっと立派な王様になれると思うわ。だから私はそのようなことをとっても楽しみにしてるのよ。まったくリーサにはかなわないよな。あいつの願いなら何でも叶えてやりたいとこだけど、俺ってどう考えても王様に向いてなさそうじゃん。他の奴らが王になるべきだよ。似ないだろ。でもあんたが一人息子なんだから、リーサちゃんは妹ちゃんなんだよ。まったく待ってやろうだ。まだちょっとなんか責任感というか、自分の立場とかなんかこう、なんていうの、やるべきこととか、背負いたくないなみたいな感じで、別に自由にしたい気持ちはわかるけどね。だってもう生まれてさ、もう王子様から王様になるってさ、決まってる人生ってなんか楽だけど窮屈そうには感じるような。自分の道が決まってるみたいな。さてと、どこだ？下かな？さっきの下でよかったのかな？来た。物知りじいさん。しのごの言うとらんでさっさとことあけんかい。黙れ。何者だか知らんが、それ以上騒ぐとここからつまみ出すぞ。まったくなんたるわからずやじゃ。お前さんたちちょうどいいところに来た。わしじゃわし。崖っぷち住んでる物知りじいさんじゃよ。自分で物知りじいさんで言うか。わしはこの先にいる友人に会いたいんだが、頑固な兵士が扉を開けてくれんのじゃ。お前たちからもこの頑固兵士に言ってくれんかの。頑固兵士って言われてますよ。どうも。レベル8ってことはもう魔物坂ってこと。そう。私先行版をやってるので、実はその続きからなんですよね。カクつくな。どうしよう。何かを削りたい。カクついちゃってるね。みんなのコメントちょっと一回止めさせてもらおうかな。翻訳はあった方がいいような気がする。ちょっとごめんだけど。これだけちょっとさせてもらうわ。皆さんいらっしゃい。そうなの。これね、アーリー版で、本来の発売日よりも、通常版のね、発売してやるやつよりも先に2日早くできてはいるんですが、その前に、そもそもだけど先行版をやっているので、やっているので、これでも隠せてる？まだ隠せてるな。翻訳も一回切ってみていい？ごめん。閉じる。なのでね、実はもう、ほら、強い。ほら、ちょっと強くなってます。どう？います。治った？まだ隠せる？魔物と仲間で3、4時間くらいかかったの思い出すね。本当にね。異様に確実てるよね、まだね。画質落とそうかな、もうちょっと。後でちょっとやります。キーファ王子、良いところに来てくれ助かりましたぞ。しかし、まさかとは思いますが、この老人は王子の知れなのですか？そうじゃっておじいちゃんめっちゃうなずいてた。かわいい。
話せば長くなるけど、とにかくじいさん俺の友達なんだよ。フレンドなんだ。だからここは通してあげてくれないか？悪いことするとないからさ。王子より直々に頼まれたのでは断るわけにはいきませんな。わかりました。扉の鍵は開きましょう。いいんですか？どうぞお入りください。お取りくださいか。話分かればいいんじゃ。よし、いいか、お前さんたち。そのままわしについてくるんじゃ。俺の船に乗るんじゃ。めっちゃ速い、めっちゃ速い、めっちゃ速い。おじいちゃん、軽快なステップだね。ちょっと待ってね。まあ、グラフィックめっちゃ上げてるから、なんのは分かってる。スクリーンパーセンテージって何なのやろな。カスタム品質。平均品質。パフォーマンス品質。パフォーマンスにさっき勝手に手にされた。ウケる。これさすがに下げすぎかな。うわわわわわわすごい画質悪くなった。ウケるんだけど。おもろ。画質めっちゃ下がった。その代わりカッコつかなくなったアーリーアクセスってお金かかる？もちろんアーリーアクセスはなんだっけ、なんとかデラックス版みたいな感じの方を買ってるんで、通常版が8000おいくらでアーリーアクセス版が1万いくらっていう感じで、バージョン違うな。バージョンつうかなんかいろいろとある中のやつ、バージョン高いやつ買ってるみたいな、そういう感じ。大学が無理多すぎる。ほんまにな。でも格つかなくなってるね。まあ話を聞こう。じいさんについてこいって、じいさんついてこいって言ってたら何の言うかわからないけど、ひとまず言ってみるか、ニョラゴン。まあそうですね。さすがにこれは下げすぎじゃない？いいけど、なんか昔のオリジナルっぽい感じが出てて逆にいいけど、なんかそのさ、なんて言えばいいの？プレイステーションの時代のパフォーマンスは優先して、どこがなんだろうね。アンチエリアスって何なんだろう。この辺じゃない？色収差と、でもこれでもなんかまださっきよりも画質めちゃくちゃ下がってるね。続くこれで。これじゃないな。もうちょっと上げれるか？もう一声いけるよな、これ。ちょっとみんなでさ、ちょっと画質画質チェックしようぜ。これ、確実ないね、これ。いけてるよね。もうちょっと上げれるね。もう一声いける？これ。もう一声しよう。どこだ？アンチエリアス。エクスチャンフィルティング。ここかな？ここじゃね？いけ。どうなんかまだ、なんかのぺっとしてるよな、これ。まだのぺっとしてるよね。どう？格付き。崩れない。いい感じ？オッケー。次。個ずつ上げてこう。どこがダメなのかやって見てみよう。エクスチャー品質中。どうなんか綺麗だったこれ。どう格付けてる？なんか格付け始めてる？中ダメかも。もう中ダメかも。格付いてる？ほら格付いてるこれ。まだいける？まだ参る？まだ参るかな？いや、でもこれ以上なんか怪しいな。いや、ここにさ、終わりなんだと思うんだよな。ちょっと待って。どう？いけてるくない？いけてるくない？余裕だ。よし、これだ。よし。多分これでいける気がしますね。待って。翻訳とコメントのやつを復活させてみよう。さ、ドラクエさ、あまりにも好きすぎるからさ、さっきからちょっとさ、なんか、
いやーもっとこうだったらいいのになみたいなこと言ってたけどさ、本当にね、文句じゃないの。個人的に、あまりにも好きすぎるからこその、なんかね、これはね、愛なんだよね、逆に。文句じゃないのよ。本当にさ、分かってほしいわけ。本当に好きだからこそなわけ。そう、かくついてる？いい感じかな。よし。わかるよ、ニョラコ。わかる？わかってくれる？おじ。おじ、わかる？多分大丈夫だな。よし、これでいくわ。これね、本当にね、文句じゃないのよ。愛。あ、知り合いっておじいちゃんだったんだね。まあ、そうか、おじいちゃんしない、おじいちゃんか。これでなんか若い娘とか出てこられても困るもん、確かにな。そう、作品を大切にする気持ちは大切でしょ？いや、ないとは言わんよ、別に。気持ちがねえとかまでは言わないよ。もちろん頑張って作ってくれてるだろうし、今の人たちにとってこれがやりやすい方法だろうなってみんなその知恵をこうってなんかそれを集結させてグラフィとかもすごいキリして作ってる作品を作ってるわけだから、それは本当になんかリマジンドにしてなんか作ってくれてありがとうと思ってるんだけど、でもね、なんかね、やっぱね、古き良き内容を削りすぎてるなっていうのだけはマジでちょっと感じちゃうなーみたいな感じする。嘘じゃ、そんな話信用できんぞい。嘘か誠かわしにあれ渡せばすぐにはっきりすることじゃ。さあ渡すんじゃ。今すぐにあれを渡さんかい。おじいちゃんがなんか恐喝してるみたいな、なんか迫ってる。おじいちゃんがおじいちゃんに迫ってるね。えらい軽薄なじいさん、一体何があったんだ？実はな、キーファ王子、今まで言ってなかったんじゃが、この島にはもう一つ石板があるんじゃよ。そこにいる頑固じじいが長年保管してるものでな、それを取ってこようとしたんじゃが。悪いが王子が来ようとなんだよ、あの石板はこいつには渡さんじゃ、絶対じゃ。おじいちゃん同士が争っている。まあこのような具合でな。よし、ではコージーお前たちに一つ尋ねさせてくれ。この度か。イントネーションが終わってる。この度、世界に新しい島が現れたこととお前さんたちに託したあの石板は何か関係があるのではないか？正直に言ってその辺のことは俺らもよく分かってない。あるだろ絶対。キーファは神殿から他の世界に行ったいきさつを老人に話した。なんじゃって？そういうことじゃ。これで分かったろ。あの石板はこやつらに必要なものなんじゃ。いやしかしなんで渋ってたこのおじいちゃんは。かつてお前とわしはろくに話もせんまま道をたがえた。未だに許せる気持ちはお互い様じゃ。しかし追いさらばれたわしらに夢を追う若者たちを止める気など果たしてあろうか。思うよ。わしらの夢の続きをこやつらに託してやってくれ。熱っ。私のゲームは難易度高めだからダンジョン中のドキワク感は異常、冒険してる感がそれやばい。そうだよね。ぬわーんだってーだってー夢の続きか。お前は本当に昔から変わらんの。分かった。お前さんたちにの話を信じよう。石板は好きにするかよ。じゃあ割ります。好きにすればいいということで、私は今から石板割ります。嘘です。割りません。出てるか。よし。というわけでね、石板もう一個見つけに行くんだけど、まさかこの島にもう一つの石板があったとは、しかもこの城に侵されてたなんて。よし、ニュラコン早速イカダ乗って石板を取ってこようぜ。よし、行くぜ。なんかいいですね、イカダ乗ってる姿も。勇ましく。やっぱあれだね、漁師の息子だから、オラ、こういう操作を上手にちげねえ。オラはこの風切ってブイブイ言わすぜ。オラに任せな。イカダさばき、オラのイカダさばき見ろ。オラコーナー曲がるぜ。コーナー曲がるぜ。ウィーン。いや、ちょっと木で見えないのかい。ウィーンおもろ。
あれ、一周しちゃった、もしかしたっけ、これ。あれあれあ、ごめん。あ、ごめん。あ、一周しちゃった、取りすぎて。どれどれと、割ったらおじいちゃんが持たない。うわ何するんじゃわしの夢か夢を打ち砕いてる。鬼畜の所業じゃねえか。あ、ここか。はい。お前たちイカダを使ってここに来たのか。へえ、あのじいさんがイカダを使った珍しいな。だって、じゃあ逆にあんたはどうやって来たんだよ。その平野を越えてきたのか、この城の。信じられへん。あれこっちだ、行くとこ。あららら。正しい方向に来ちまった。あ、なるほどね。あ、私だかったら見逃しだね。はい。はい。42ランクおじいちゃんの絵はもうゼロよ。そうでしょ。あ、そうだね。この部屋があるなんてこと、王子の俺でも知らなかったぞ。よく隠しておったもんだぜ。あんたは信用されてないんじゃないの、ドラ息子。教えて、キーマに教えてろくなことないぞって思われてんだよ、あんた。日頃の行いだよ。不思議な石板、赤1個見つけた。よし。石板ってやつは、私からすればどう見てるキャラクターなのよね。自分力がなんというか、ヨラゴンがいなかったら間違いなく集めるとは思わなかったわ。さあ、石板くん、長い眠りから目覚めてからやってきたぞーっと。ほい。眠りから覚めるときがやってきたぞ。この城を歩くたびに思うんだけど、本当に見るみたいな城ね、もっとシンプルで好きなんよ。城が簡単だったら攻め込まれて困るだろう。マジで簡単などうする一直線とかだったらよ。敵も一直線に来るだろマリベル。あんたはちょっと野生味をちょっと失いすぎだよ。もっとなんか野生を感じないと。危機管理能力が低いわよ、マリベル。どうすんの。いつ何人たりとも何人に襲われるかわからんのだぞ、この世は。常日頃から体を鍛えるんじゃ、マリベルよ。ほらなる。私なかったら見逃してたね。もうね、分かってたの、ずっとうずうずしたの、ここ取りたくて。よし。で、ここね、なんかありますので、ここ見たい。おやあ、鍵かかってる。あ、鍵かかってる。どうしたんですか。なんだ、飯かと思ったら違うのかい。しかし、この俺様がただの空き巣で捕まってしまうとはな。どうせなら世界を丸ごと盗んでしまうとか、それぐらいでかいことがしかったぜ。あ、なんかこの人、言ってるな。言ってるわ。大事なこと言ってるかも。だって、散策できるのはこのもんっぽいのって、まあ、ルーラーして街戻りゃいいんだけど、ちょっと、せっかくだからイカダを操作して。このぬるぬる感、スルッと動く感じとかいいんだけどね。違うんだよな。内容もぬるっと行き過ぎてんだよな。おじいちゃんたち仲良くなった？仲直りした？仲直りした？石板も取ってきてよじゃな。その形、その色、なんとも懐かしいわい。わしとあのじじいを若い頃にこの島で2つの石板を見つけてな。そのうちの1つがそれなんじゃ。訳あって石板それぞれ保管することになってしまったから、まあ今はその話は良いわい。結構いたけどな。ともかくさっきの話が本当なら、その石板でまた新しい島を出現世界できよう。しかしなんとワクワクする話や。このわしもあと何十年か若かったらお前さんでついていくんじゃがな。何十年だよ本当に。それと城のことじゃが何も心配せんでよいぞ。わしが話をつけておくからの。さあ、心していかがよ。おじいちゃんは何者なんだ。実はおじいちゃんはさ、王様のさ、お父さんみたいな感じなのかな。つまりキーファのおじいちゃんみたいな感じなのかな。なんか結構なんかさ、話なんか通せそうなおじいちゃんじゃない、王様とかにも。物知りじいさんがまあそう言うならみたいな感じのさ、なんかそれぐらいの感じじゃない、あのおじいちゃん。わからんけど。料理の部屋行きたいんだけどな。料理の部屋、料理の部屋どって行くんだか忘れちゃった。ほら、もうわかんないわ。ほら、方向音痴なんだっち。よし、進めていくぞ。いやー、どうしてわかんなくなっちゃうの。キーファがせっかくいるからさ。あれあれれあれわかんない。あれ
あれれ、さっきからずっと同じとこぐるぐる回ってるんだけど。あれれ、お城の料理のとこまで行きたいだけなのに行けない。行けない。かも行こう。じゃあわかんないから。あ、こっちからか。邪魔だ。いけねえわ。よし。じゃあ先進みます。方向音痴。そう。方向音痴なのわし。音痴。よし。はい。よし、セーブします。うわ、回復してから次行きたいけど、どっかなかったっけ。はい。回復したいんだけどな。ただで回復できんかな。ちなみに私一回もルーラーしたことないんだけど、ルーラーってできるのかな。あ、できるわ。うわ、もう最初からできるのも結構さ、やばいよ。言っとくけど。最初からルーラなんてできんかったよな。本当に、本当にとか言って。本当の一番最初に。あと、全くこの、どうやっていけばいいかマジで分かってないの。キラキラ。ずっと気になってんだけどさ。最初からルーラなんてできなかったと思うんだよな。お家で回復できないかな。ただいま。あら、ニュラゴン帰ってきたのかい。父さんならまだお城から戻ってないよ。あら、キーファー王子いらっしゃいとかないんだよね、お母さん。おもてなしないんだ。あ、現代風だから。ほんとね。はい、17名様いらっしゃい。ゆっくり出てください。こんにちは。声がガミガミしてます。こんにちは。いやー。だからさ、ルーラとかもさ、一撃でもできるって言ったらさ、さっきを見たでしょ。見たでしょこれ。もう、歩かなくていいんだよ。飛べるから。どう楽だけど。こんにちは。あ、さ、もっともっと石板のかけらを集めろ。そして、かけらから集めたらまた俺のところに来い。かけらが空と行き、新たな道が開かれるぞ。前はここの黄色いところ行ったんだよね。あ、そう。で、待って、レラさんさ、言ってたさ、そう、私、最初はさ、ほんとさ、なんか、わかんなかったよね。なんかさ、そもそもだけど、石板のところで、石板までどうやって、問題クリアすればいいんだみたいな、このね、謎の神殿がね、結構ね、謎解き要素があって、次の島行きます。謎解き要素が結構あってね、なんか本当にそれが結構なんか難しくて、なんかクリアがちょっと難しかったら確かにあんだよ。突然の爆発？火山が大噴火、ドキドキドンドン、不思議な力が湧いたらどうしようとする。へへい。やばいじゃん。きっと毎日が日曜日。いいじゃん。火山が大噴火。よよおいおい、今の光景を見たか。噴火に村が巻き込こっまれてちこっちなんで最低。あんたたちも見たの？確かに向こうに火山っぽいのはあるけど。あんたたちも見たの？あんたたち？でも今は何も起きていないわよ。私たち悪い夢でも見てたんじゃないの？まあ夢なのかな？っておい、見ろよこれ。おい。なんてこった。俺たちの帰り道が。ご都合。いや、ちょっと待てよ。でっかいカヌレ。でっかいカヌレいいじゃん。さっきのあれは夢じゃないのか。今は考えてても仕方ないか。とにかく村の様子を確かめに行こうぜ。なんでお前が書いとるんだよ。オーラがキャプテンだよ。二人で石動かせるんやからいけるよね。ほんまよな。わかるで、その気持ち。
仲間。このままじゃ家には帰れず近くに村があるので行ってみましょう。ほんと、あなたたちだと変な体験ばっかりするわね。ちょっとごめん。リリーパッド。ごめん、今、仲間の話してるから、なんかダッシュして足踏みずっとしてる。ごめん。もしかしてなんか、あんたなんかついてるんじゃないの？コナン君みたいな感じのこと言わないでよ。コナン君みたいなこと言うやん。あた君たちかい。へへへへ。あ、敵強くしてるけど苦戦しないね。レベル上げてたからかな。あ、20名様いらっしゃい。よかったらゆっくりしてってください。こんばんは。とんがり帽子いいね。仲間。さっきの光景から考えるとこの近くには村があるはずだ。村の人たちが無事かどうかも心配し、早く様子を見に行ってみてニャラゴン。本当に渡るシステムが11でね。そうだよね。いや、シャレさんいらっしゃい。なんか11と似てるよね。まあでもね、バトルシステム自体はね、11良かったと思うから、そこは別にね、いいんだけどね。私がね、言ってんのはね、ほんと内容だね、ゲームの。うおー、まあ余裕かな。やばい、強いリリパッドいる。リリパッド、中魔人、大き槌、ほら。うわー、ベルする。ベル。あー、そうで、最初のこの神殿、謎の神殿の謎解きとかが長くって、本当に最初のスライムに会うまでが 3,4 時間かかっちゃうみたいなのマジで結構あったんだよね。まあ、分かっちゃえばね、何周もやったりとかしてる人だったら、そのね、それ早く終われると思うんだけど、戦って勝てるかなこれ。行ってみようかな。いけ！マジで強いと思う。ちなみにだけど、これだけはマジで強いと思う。しくった。あ、こんなことないわ。こんなことねえわ。あ、全然効かないな。やばい。うわーすごいかわいい。呼んでる。うわー危ない。危なかったぞ。あ、よくだ。うわー、苦手なタイプな敵来た。本当苦手？なんかユラゴンの攻撃弱いな。スライム以外には弱いのかな。リリパッドは気がすんなって言ってるな。おもろ。回復。なんかマリベルとティーファーの方がやっぱ攻撃強いな。ほら高ぶってきた。オラも高ぶってる。今使うべきか。いらないんじゃない？まだいいんじゃない？まだじゃない？次また味方が高ぶった時が敵がか。まだ前るでしょ。いいじゃん。ほらここじゃない？ファースト。だけどマルティナやりたいけどマルティナがいないからな。逆にいたら強すぎ。マルティナいたら仲間呼んでくるのは苦手。瀕死の時に限りそういうの演歌するね。そうなの？運が悪いね。運が悪いっち。でもシャレさんマルティナ好きだったんだ。私ね、わかんない。ベロニカとか好きだったけどな、普通に。さっきね、セイナの名前で出てこなかった。セイナだよね、確か。おー、いいね。はい、ドンマイ。多
多分演歌運がガチャに吸われてる。嘘、ガチャ運いいの逆に。せいせいいいよ。マリベルの MP がつきました。さあどうなる。いいね。デバフすごいね。バフデバフがすごいわ。マリベル今 MP 回復したんだけど。どうした。そういう能力ついてるっぽい。なんか何かにこれいけ。余裕じゃねえか。E パッドを、今日たちをやっつけた。それぞれ209ポイントの経験獲得、10の職業熟練度獲得。やった。お金もらった。誇らしげ。オラ強くなったじょ。E パッド今日が、宝箱落としてって、なんとニャラゴンたちリリパッドの心地にいたのか。心もさ、モンスターの心もさ、本当に悲しいよ。オラ悲しい。30連で目玉キャラのピックアップしたことあるから、これはガチャ運がいいって言ってもいい。まあ3連とかで当てんだったらそうじゃない。なんかマリベルさ MP 釣ったよね。こんなのついてる。これだ。スライムステッキーがめっちゃ強いね。 MP 吸収率 10% だ強いかも強いかもしれません。進んでいきましょうか。猫魔道。もう猫魔道とかも一撃なんですね。中魔人はダメみたい。なんか着ぐるみ着てる敵が出てきた。森の番人だって。ここは倒産場。よし。手上げて走ってるの控えめにって可愛くね。中魔人も一撃倒せるんだったけど、あれこれ確率か。これ確率かな。もうオラたちごめん強いかもしれない。どうしたらいい。もうぬるゲーかな。ぬるい。これもしかしてぬるい。ぬるいかもな。敵強くしてんだけどな。最初の段階だと新聞演歌だけど、そう海はランダム演歌っぽいね。村スルーして山行けちゃう。炎の山登山道儀式の時を除き、通行禁止。危ない。普通に怖くね。今のよりはなかなかなもんだったら、これは今年の祭りも近いぜ。ついさっき、炎の山が噴火したのを見たが、最近の旅のもんにじゃ面白い冗談を言うじゃねえか。どんだけ受けてんねん。見かけないことがあんなに食べる人が違います。嘘ついたってもダメさ。こんな閉ざされた辺境の地でよそ者かどうかすぐにわかるよ。ここは我ら炎の民が崇め立てまつる炎の精霊のもとへつながる神聖なる道なんだ。だから我ら炎の民以外通すわけにはいかないんだよ。悪く思わないくれ。ここからずっと南に下っていけば援護の村が見えてくる。旅の疲れを癒したいなら村へ向かった方がいいな。どけ。癖が強い。トトロのお父さんの強化版。この山には登れないか、ちょっとだけ中の様子を覗いてみたかったんだけどな。噴火は知ってない。だとしたら、さっきのあれはやっぱり夢だったのかしら。どんなのかしら。ゴー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 。いいね。イェイ。いいよいいよ。レベルが上がると MP と HP が回復するので、とっても現代仕様です。ほら、ちょっと強すぎるかもしれない私たち。あと経験値やっぱでかいかも。これ援護の村です。見たところ何の変哲も起こってないんだが、異変も起こってないようだが、どうにもモヤモヤするな。まずここの村長に俺たちが見たあの光景のことを伝えに行ってみるか。おやあらまあ、あなたたち旅の人かい。珍しいラマンだ。
ここは援護の村だよ。何にもない村だけど。村は無事かって、あんたたちはおかしいのかな、聞く。この目で周り見てごらんよ。どこをどう見たって、今その村じゃないか。魔物いるのにはい。やばい、高い声が、アイネスさんいらっしゃい。こんにちは。Hi, everyone. How are you? I'm Yonako. Nice to meet you. 旅、宿へ行くか、アイテム使うので MP 回復した時代が一番好き。いや、なんかさ、ひりつく方がいいよな。まあ、現代で忙しいから助かるみたいなこともあるけど、みたいな感じだよね。炎の山が噴火するのを見たですって、一体何を言ってるんですの？確かに揺れることは多いですが、噴火などはありませんわ。村の開催が近いというよりあまり不吉なことをおっしゃらないでくださいませ。これちょっと。ほら！なんでこんな昼間からでっかい炎を灯せるかって、バカ言っちゃいけねえぜ。俺たち援護の民は炎のシェルを崇める炎の民さ。炎の民、炎と共に暮らしているのさ。あちあちってこと？アイテムなくなって演歌に怯えてるの懐かしい。いや、私さ、準備万端系だからさ、あんまりさ、苦戦しないんだけど、でもさ、やっぱりさ、ああいうことが起こらないように、こうしておこうかなみたいなさ、そういうのも戦略だと思うからさ、そういうのも含めて面白かったりするよね。今年は祭る時が近づいてきたの。こんな年になっても祭りはワクワクするの。楽しみじゃな。ね、おじいちゃんがテンション高く来たから私もテンション高く喋っちゃったべさね。とかなんか言うから。びっくりしたよ、おじいちゃん。あんたのテンションに釣られたから大変なことになったよ。料理何より大切な火加減なのよ。とっても微妙だね。私にはなんて言ったってアイドル。炎の精霊がついてるのその辺はもうバッチリだわ。ほらよっと。なんか焦げ臭いな。はっではまた削りのような夕食か。後でまたパメラ様にお腹の薬で笑ってこなきゃ大変だね。あんた苦労してるね。でもね、この近くの私を見て。この近くの私。これ近くに寄れないのかな？ズームできるのかな？でもね、こんな文句言うならね、自分で作ったらどういう発想はないの？それとも奥さんが私が作るから大丈夫よって言ってくれるから、それに、その気持ちを組んであげてるって優しさってこと？でもね、それだったら一緒に作ろうかってやればいいんじゃない？言ってやった。ご飯がタダで出てくると思ってんじゃねえぞ。違うかもしれないけど、奥さんの優しい気持ちを汲んであげてるだけかもしれないね。その格好を決めたらためなんだろう。だったらための話聞かせてくれば世界って広いんだろうに楽しいことや面白いから。まだ島2つしか俺は知らねえ。美味しいものや珍しいもの、ちょっとおかないものまでなんだってあるんだよな。ない夢をぶっ壊していく。ぶっ壊すとダメさ。俺の好みは欺けないよ。さあ、ための話を聞かせてくれてよ。だるいゴムカスターでダメさ。この俺の目は欺けないよ。さあ、ための話を聞かせてくる。いやもうなんでずっとこいつしつこないか？嫌だって言ってるんだよ。なんもないって言ってるだろ。しょうがないんですけどね。やっぱりいいな、くそ。俺も食べて、一言しか喋ってねえだろ。たくさんの国、いろんなそれぞれの出会い、ワクワクするよな。俺ワクワクするぞ。でも病気に苦しむ母さんを置き去りにして食べてるなんてチラチラいけないし、いけない。母さんの薬はパイロンソにもらいに行かなきゃ。苦労はしてたんだな。母ちゃん大丈夫？若い者が外の世界に憧れを持つのはもっともなこと。裏の占い、パパにこっそり息子のこととねて恐ろしいことを聞かされてな。子供も旅立てはお前の息子が生きてこの村に帰ってくることはないとな。えない病気の息子を毎日さ、ごほ。お母さんすごいね。息子を守るためにこうやって床に伏せてるんだ。すごいお母さんの愛の力見ちゃったかもしれない。すごいお母さんだわ。多分セーブポイントも限られてるからやられたからそこからやり直しするから余計に必要。そうだよね。いやでもそういうのは大事だよね。やっぱひりつく試合なあるよね。それもいいところあるよな。神父さんの家の裏。
あ、ほんとだ、あった、僕の大事な宝物。さすがパミラばあちゃんだ、ばあちゃんの占いはよく当たるな。お兄ちゃんたちも何かあったら占ってもらうのいいよ。何があったの子供。子供何子供は何を隠そうったんや。気になる。ゆらゆらと揺らめく炎を見てると心が落ち着いてきませんか？他の国じゃ火や炎を破壊や暴力の道具とされているようですが、それは間違いですよ。炎は生み出す力なんです。灰の中から何かを。フェニックスってこと？不死鳥の騎士団？そこの家は、この村の村長の家だよ。あんたたち旅の人だろ？挨拶くらいしといたら、あんたたち挨拶くらいしときなさいよね。はい、わかりました。やっぱこんなのが言ってるな。私どこで寝てた今寝てた嘘。こんな何もない部屋だが、ここは村の教会なんですよ。我なんか炎の精霊無駄なものをお嫌いになるものですね。さて。どこだったどこだったフェニックス尻尾をよこせマジでどこだった全然今意識しなかった。声がもうカレカレのカレーだからな。カレーライスよ、本当に。お上手、小物の店、何度や、薬と占いの店、パミラ。ここだね、パミラちゃん。パミラちゃんの家。パミラちゃんの店。おちくしょうおばばにお話しかける前にやってやろうと思ったのに、はい、盗賊。こうか。あー、すごい。まあ、茨のムチとかいいけどな。スティック気に入ってんだよな。まあ、革の色どっか手に入りそうだけどな。鍵よこせや、こら革のドレス買っちゃおうかな。上がりすぎてるからこれ買っちゃおうかな。マリベルしかいないだろ。守備力めっちゃ上がるけどな。売りに来た。まあ、いらないもの売ってもいいか。ヒノキの棒とかさ、無限に出てくるんだけどさ、マジいらんよな。革の盾ももういらないんで、売ります。布の服もいりませんので、売ります。布切るとかもいらないんで、売ります。チャリーンって音結構なんかいちいち入れてくれるのこれ。なんか売る値段高くね？こんなだったっけ？もっと安かった気がするな。安いか。金策よし。あら、パメラさんったら、あら、パメラ様ったら、またブツブツ言い始めて、まったく最近どうかして、あら、たくさんですか？パメラ印のよく聞くお薬お求め？それと占い？はい。どちらにしてもダメでしょうね。パメラ様はああなっちゃったら、もう使い物にならないから。ブツブツ寝れば寝るほど、トゥルトゥルもうかすかに見えて。なんじゃお主らはこのパメラの邪魔するとはどういうつもりじゃ。バカでしょ。どうした？誰も飛んずと言っておいたであろうが。あと少しで何かが見えとこだったのに、またやり直しじゃ。誰か知らんのが邪魔をせんといてくれ。ブツブツ寝れば寝るほど。そう言われると邪魔したくなっちゃうんだよな。寝っておいしい。寝るね。よし。まあまあ揺れてるぞ。あら、炎の精霊様は今日もお元気様ね。お元気さねか。何心配する様子だね。これは炎の精霊様が元気になさってる証さね。火山活動ですよ、あなたたち。炎の精霊が元気じゃなくて、それは火山活動です。それにこの村の家はちょっとやそっとで言う。崩れやしない。安心して休んでいきなさい。そうかな。石だから崩れたけどな。お金ある。井戸も狭いな。もっとあってもいいと思うんですけどね。よし、来た。
こんにちは。挨拶を終え樽を壊していく勇者。まあための方とは珍しい。ぜひ村長様にご挨拶を聞いて喜びます。村長様は逆にじゃあんたたちは村長さんのお家にいる誰なの？おやおや、旅のお方かね。こんな遠いところまでよく来たもんだ。ほほ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 今年の祭りは久方ぶりに旅の方にも加わってもらうそうだね。祭りか？この村じゃ年に一度羽村祭りが行われるんだ。祭りの最後を飾るよくの木がこれまた見物でな。私も今から楽しみで仕方ないんだ。あなたたちも楽しみにしといて。ははー。誰でしょう？今のは一体誰なんだ？誰だったんだ？まず本庁に話しかける前にグラナリ語録と書かれた本がある。盾の後ろに隠れることは決して恥ずべきことではない。グラナリさん、まず本庁に話しかける前に幼女に話しかける。ほらほら、こっから精霊様のいるお山が見えるの。すっごいよ。お兄ちゃんたちも見たい？見せてあげないもん。笑い先見るんだもん。いいよ幼女、元気でいいね。元気があって可愛いね。本庁さん近くない？村長さんに近くない？見たところ何の変哲も起こってないから前々するな。はい。村長村長たるもの村民の安定した生活第一と考えるべし。神見れるのすごいね。おお、あなたたちは旅の者か？援護の村よく来たの。おや？やばいよ、火山活動。逃げた方がいいよ、絶対。もう噴火するよ、火山が大噴火。これで今日は何度目の揺れちゃったか。もうすぐじゃな。おや、どうしたんじゃね。おかしな顔して何か言いたそうじゃな。はい、モノボス。なんじゃと？火山が爆発する光景を見て、わっはっは、何をバカな。我らは精霊の怒りを買うようなことをした覚えはないと。そういうことじゃねえよ。炎の部族である援護の民を炎の精霊が自らの炎で襲うこととありえんわ。ましてやもうすぐ炎の精霊を称えるホムラ祭りが行われるという時なんだぞ。ホムラちゃん、さてはお主たち炎の山のお姿を見てちょっとビビりおったな。はどんだけ笑わねえ。気持ちはわかるが、何心配することなどありゃせんよ。時が来れば炎の精霊はその身をより一層激しく震わせ我らに教えてくれるじゃろう。せっかくの機会じゃ。このしばらくこの村にとどまってみてはどうじゃ。そうすればお主たちの心配が意味のないこととわかるじゃろうて。やだな。火山大噴火すると聞いたくなくない？その簡単には信じてもらえたろうな。まあ仕方ないか。まあ出直ししようぜ。わかりました。ちょっと人が親切で教えてあげてるんで、なんなのあの態度は。マリベルはね、そういうのね嫌だからね。マリベルはね結構ねズバリ言うわよ系だからね。鈴木和子さんと一緒ですね。ズバリ言うわよ。ということでしばらくこの村滞在しろということだから滞在します。なんだかあれじゃ知らなかったな。でもあの時見た光景は到底夢で片付けられるとは思えないんだよな。カメラ様、何を縁起でもないことを言っているんですか？最後まで話を聞くのじゃ。さっきのおばあちゃんだ。ねるのおばあちゃん。なんだ、井戸の方が騒がしいな。ちょっと見に行こうぜ、ニョロコン。はーい。どうしたのパミ。ちょっと待って。すごい剣を受けて叫んでいたが、村人たち一体どうしたんだろうな。ニョロコン話を聞いてみようぜ。はーい。なんでとうとうボケツもとるかパミラばあさんは。突然何事かといえば炎の山がドカンと行くだって。はははは。なんかさ、なんでこういう感じなので、何かを信仰してるのかな。信仰の気持ちがあること自体は別に悪いことじゃないと思うんだけどね。でもなんかこのパミラばあちゃんなんか怖いよ。おろおろ。皆さんこんばんは、こんにちはです。幼女。なにみんな大声出してるの？ね。こんな感じだったっけ、この幼女。見ててあげないとか言ってたんだけどな。でもそんなんじゃダメ。ほうほうほう。ほうほう。
今日もいい炎じゃ。色も勢いはバッチリじゃな。いい日になりそうじゃ。時にこの騒ぎはなんじゃな。気づけ。まあおばあちゃんに喋りかけます。皆の者、今一度聞いてくれ。占いによりわしは見たのじゃ。おばあちゃんこんな声だったんだね、パミラばあちゃん。炎の山がグレンの炎の柱を吹き上げ、村が大地が溶けた岩に飲み込まれる様を。エンバシラ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 やばい、柱だってエンバシラじゃん。煉獄さんまさか。記憶にの儀が終わるとき、この地も終わりを迎えることとなってしまうのじゃ。皆の者よいか、穂村祭りを行ってはならん。絶対にならんぞ。なんか聞いたから声ない。わかんない。うちパミラばあさんちょっと誰かわかんないかも。パミラ様、いい加減にしてください。炎の精霊を崇める大切な祭りを突然中止にしろだなんて。だってあんたたちの命が大事じゃない？そうさ、その通りだよ。お祭りを中止になんかしたら、それこそ炎の精霊の怒りを買っちまうよ。なんかもう滑腹のいいおばさまの声みたいな、ザ滑腹のいいおばさまの声みたいな感じでめっちゃ好き。わからずやどもめ、わしの占いが信じられんというのか。誰の声かな、聞いたことある気がしてきた私も。あ、絶対どっかで聞いたことあるけど誰だろう。信じられんというのか。いいえ、信じます。お主らには聞いておらんわ。なんでだよ、味方してあげたのにパミラばあちゃんに怒られた。お前には聞いてねえって言われた。お前が。お主たち、騒々しいぞ。一体何をやっておるか。ばあちゃん役によく出てくる人っぽい。なるほどね。カミラ様が炎の山が爆発するからって祭りの中止を。なんじゃと？パミラよ、なぜそんなことを皆の前で言ったのじゃ。あなたたちの命が大事に決まってるからでしょ。何言わせてんのよあなたたち。先ほど精霊のお告げがあった。それを民に伝えるのが精霊の声を聞くわしの役目じゃ。穂村祭りは炎の精霊と我が村をつなぐ大切な祭り。もしそれをやめるとなればツンデレおばさんとかね。ツンデレおばさん悪口みたいな感じになってる。ツンデレおばさんおもろいね。それ見たことか。お主の世まいごとのせいで炎の精霊がお怒りになっておる。だから火山活動なっちゅうの。こうなったらすぐにでも祭りを催さねばならん。よし、村の者たちよ、穂村祭りの時は来た。やばい、活動機を上げろーみたいな感じだったやん。今夜じゃ。今夜穂村祭りを盛大に行うものとしようぞ。やばい、よーし、待ってました。聞かないね。知りてえらしいな。これでいいのじゃ、パミラよ。良い祭りを行えば炎の精霊は必ずやわしらをお許しになる。怖い怖いでは祭りで会おうぞ。怖い怖い。バカめが謝りよって。お主らはそうか、旅の者じゃな。ならばさっさとこの村を。いや、見える。お主らならできるやもしれん。パミラばあちゃんかわいいな。見てこの手肩甲骨多分ストレッチしてる。急にパミラばあちゃん急に肩甲骨ストレッチし始めたんだけど肩甲骨ストレッチですか。そのぐるぐる肩回しちゃって。どうしちゃったの急に。肩凝った？血流悪いなって。お主ら後でわしのところへ来てくれぬか。よろずやの奥じゃ。
さっきは話しかけるなって言われたんだけどな。一緒に逃げませんか？本当にな。村人たちは、ある者は不安を胸に、ある者は絆占いなどを全く気にせぬ様子で、ホムラ祭りの準備に取り掛かった。だって。あ、ならないわ。いや、俺たちの見たあれはどうやら本当にこれから起こるかもしれないな。ヨナゴン、ばあさんのところへ行こう。あの人なら俺たちの話をちゃんと聞いてくれるかもしれないぜ。占いは信じないけど、さっきの占い師のおばさんは、私信じてもいいかな。おばさんたちが言ってたことと少し前に私たちが見た光景まるで同じだったもんね。おやなんか話がやっぱこうやって変わるの面白いよな。反応見れるのが。おやなんか信仰心がちょっと強すぎるのはどうかとやっぱ思うよね。こういうのなんか盲目になっちゃうのはちょっと違うと思うんだよな。私はパメラ様の最も優秀な弟子エレマです。あなた方がパメラ様の言ってた旅の人たちでしょ。これからよろしくね。エルマちゃんかわいいね。おお、来たか旅の者たちよ。まずは名前を聞いておこうか。ああ、わしの名はもう知っているじゃから良いな。ヨラゴンは自分の名を告げた。ニュラゴンって言うんだ。オラニュラゴンよろしくな。俺はキーファグランだ。私はマリベルよろしくね、おばさま。早速、ニュラゴンおのしは後ろにしよう。はい、信じます。ニュラゴンはこの地を訪れた時に見た光景をパメラに伝えた。何？わしの予言と同じ光景をその目で見たじゃと。となると、予言で見た炎の精霊の使いとはやはりこいつらのことかもしれない。よいかニュラゴン、おのしらが見た予言の光景をこのままだと必ず現実になろう。だがおのしらならばそのような悪しき未来を変えることができるとおっしゃっている。そこでお主らに頼みたい大いなるお財からこの村を救うために一つ力を貸してくれんか。いいとも。もうやってくれるから早速じゃかお主らには炎の山の様子を探ってもらいたい。炎の精霊がジェプシーの意志で炎の山を爆破させたとは到底思えるからな。しかし、炎の山へは祭りの時を除いてわしは孫とさえも立ち入りを許されておらぬ。まずは祭りの時を待たねばならんじゃろうな。祭りは今夜行われる。それまでは宿で休み、影響を養っておくが良いじゃろう。よかりました。これもらっていいですか？カメラばあちゃん。もらうとダメ？ねえ、開けたして。最悪。あとなんか、見に行けって言うんだったら宝箱の中身くれよな、おばあちゃん。嫌だ。でも結局さ、なんか、石でさ、塞がれてるからさ、どこにも逃げ場ないんだよな。起こしてくれるだって。しかもタダだって。やった。休みます。おやすみ。パーピーパーピーパッピッピー。さあ、やってきますよ。祭りの時が。お客さんすいませんけど、今日はもうお止めできませんからね。走っちゃうよ。あ、それともう一つ、祭りを楽しんだら、村長のところへ行ってあげてくださいね。旅の方の感想をきっと聞きたがってるはずですから、そうするということで分かりました。ついに祭りが始まったな。このまま寝言も受けてきればいいんだか。とりあえず、村長のところへ行ってみるか。ニュラゴン、オッケー。田舎の町だからどんなものかと思ってたけど、結構気合が入ってるみたいね。マリベルは本当にさ一言なんかちょっとチクチク言葉なんだよな。はあはあ、私もなんとか祭りに間に合ってよか。どこにいたんだこの商人さんは。どんなに遠くへ行商に出ていても、この祭りの日だけは絶対に帰ってきますよ。この村で生まれたものの勘でね、なんとなくわかるんですよ。祭りが始まるなって日があって。マジでさ、今日急に始まったのにわかるわけないだろ。この人の勘やばいな。当たりすぎるだろ。ルールを使えば帰れるのと敵と。確かに帰れないのかね。
はい。やった。なんか道具である。石の斧。うわー、マジか。あー、でも大したもんないですね。ご飯とか並んでる。この料理は全部私ら村の女がこさえたのよ。今回は祭りが急に決まって本当に大変だったんだから。でもおかげでみんなもあの嫌な予言のこと忘れなくてよかったのかもね。おう。どうも宿屋の主人です。お、あなた方お客さんじゃないですか。もしかして宿に泊まりたいよ。ダメですよ、今日は夜通し飲むです。浮かれすぎだろこいつ。そうなのよパミラ様。今度は旅の連中にこの村を助けてくれとか言っちゃって、そんなの頼まなくってもパミラ様にはこんな優秀な血がいるにさ。エルマかわいいな。旅の連中にね、どうでもいいけど祭りの邪魔だけはしないでほしいよな。絶対話聞いてないだろこいつ。ボーイムだったもん今。踊り子さんとか来てるよ。美しいお姉さん。私村長さんに雇われて踊り来たんだけど、村の真ん中の一番目立つとこをこの人に取られちゃって、せっかくの情熱的なファイヤーダンスを見せようと張り切ったのにさって。この子たちが邪魔ってことで止めようか。わーい、祭りだ祭りだ、本村祭り、燃えろ燃えろ。うっそ。てかさ、これね、悲しいよ。オラは悲しいよみんな。オラ悲しいよ。何が悲しいかわかるか。本来はな、ここで子供を止めるじゃろ。そうしたらこの後ろの女の子も、止まらずに近づいて近くを追っかけたりするはずなのに、止まったところでこの一定の距離を保って女の子が止まってるという不自然さ。なんで止まるんだよ。待ってよバカー。私の話聞いてやもうってわかるかな。普通ここ止めてもあの子はあの子で動くはずなのに、対角線上に絶対いるんだよ。天秤と弟みたいな感じ。最悪本当に。言ってる距離保ちやがってクソ。ドラクエあるあるで。ははー、味はいいの、うまいものを食えて、酒飲めて、みんなで笑って、これで隣に若いギャルでも座っとったら言うことなし。なんかじいちゃんがギャル好きっていうのはドラゴンクエストあるあるだよね。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム。お母さんは病欠だから病気のふりしてるからいけないんだ。もしわしが死んだら息子はどうするんじゃろうか。わしが死ねば息子を引き止めるものは何もない。やはりため出てしまうんじゃろう。そして予言通りにわしはどうしたらいいんじゃ。待ったね、このお母さん困らせて息子か。この息子ね。かわいそう。消し済み。ダークマター配されてる。テープしてきます。話するの好きだからサクサクちょっと進めないんだけど、別に村長さんに話しかけてどんどん進めてもいいんだけどさ、もうちょっと私気になっちゃうから話しかけちゃう。今夜はいい夜だね。絶好の祭り日和というところかね。祭りっていうのはいくつになっても楽しくしょうがないよ。この楽しい時が永遠に続くといいのにな。おばあちゃんめっちゃ若かった。私ですか。私のことはお構いなく、今村の人全員分の儀式の炎を用意してところです。火送りの儀で使いますからね。かわいそう。おろろお百さんかいやららこら町の日でおみへあへやらばるかれういおららもそぼれよういまたパメラばあちゃんお祈りしてる。お祈り今がチャンス飽きませんと。絶対チャンスなんだけどな。もう終わりかなこれで。今がチャンス。村長の家誰もいるー。ちくしょう。あら残念ね。夜じゃやっぱり炎の山がよく見えないわ。かすかに赤く見えるのが火口かしら。そうだと思う。
すごいでかい独り言だけど話しかけなかったら。いや、村長話しかけるね。おうおうナイス。さ、人に話しかけるときにさ、おお話しかけるやついる？話しかける方いらっしゃる？なんか、やからじゃない？おうおうお前らやって、おいおうおめえらみたいな感じじゃん。おうおうお主たちか、どうじゃ我が村のホムラ祭りは楽しんでもらえとるかな？いや、いいえ。なんじゃまだパメラって言ってたずっと私。パメラさんって言ってたよね。ごめん、パメラじゃん。今気づいたわ。ごめん。パメラの予言を気にするのか、やれやれ。このホムラ祭りによって、炎の精霊の怒りはじき収まる。心配せんでも大丈夫じゃって。そういえば、村長、パミラばあさんがいませんけど、祭りには参加しないんですか？パミラなら店に閉じこもってただひたすら祈りを捧げているようじゃ。昼間のことがあるとはいえ、宴にも顔見せんとも全く強情っぱりめ。ともあれ、気になるなら店に行ってみたらどうじゃ。話をするかわからんがな。はい、わかりました。あ、マリベル喋んないな。あれマリベル喋んない。うお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 う。あれマリベル喋んないな。喋る気ないみたい。アミラばあちゃん。お主らか。いよいよホムラ祭りが始まってしまったな。炎の山への道が開かれるな。火送りの刑。始まった後、皆が山のふもとに移動してからじゃ。その中とお主の力を存分に借りることになるから心してかかってくれ。まあ、それまでは祭りを楽しんでおくのもよいじゃな。はめを発散程度にな。了解。よーし。はーい。村長さんに話しかけろって言ってるね。お、なんだろう、どうしたの急にみんななんか浮かれちゃって。どうした浮かれちゃって。頭に火のっけちゃって。頭につけるもんなんそれって。熱くない？頭熱くないそれ。びっくりしたんだけど。ろうそく？みんなろうそくになっちゃった？ろう人間？お前をろう人形にしてやろうか？ろう人間？勝手に詰め食いしてる。頭皮焼けるぞ。これ絶対さ、毛根焼けるよ。お嫁さんか、いい顔してるな。それを見てたらちょっと珍しくなって、その格好で。でもね、カメラもっと近づけなかったっけこれ。待って。どこだったっけ？お、近くだった。これなんかいちいち設定で変えなくてさ、引いたりさ近くなったりさ、他の操作できるのかな。やばい。かわいい。でもそっけないダーリーも素敵。あら、祭りのいよいよ大詰めですね。おい、のろけやがって。犬も食わねえ。なんかこれ今設定で全部変えてるけど、これでさ、なんかさ、押し込んだりとかさ、なんかどっか押したらさ、カメラがさ遠くだったり広がったりすればいいのになってすごい思うんだけど、どうもないな。やちょっとごめん。火山道なんか登るの結構しんどくない？おばあちゃんたち、子供とかもそうだけど。距離感固定。そう、距離感固定なんだよね。今は近くで見たかったから近くでしてみたんだけど、もうこの距離だけなんだよね。まあ上下にしたりとかはできるけど、あとカメラをこう正面に向けるとかはできるんだけどさ、自分で押し引きができない。燃えろ物騒。ちょっとそんなに走ったら火が消えちゃうよ。でもね、見にくいし調べにくいから、やっぱ私はカメラは遠く派だね。時々こういう風に近くしてもいいかもしれない。
明日 PC 初期化するにょ。どうしたのシャレさん、初期化するにょ。みんな、毛根、高熱、毛根、ね、絶やしたいのかな。絶やしたいんじゃない？なんか、中間もないし、どっちかなんだよね。裏でいらんのめっちゃ動いててさ、そうなんだ。一回片付けるみたいな感じなんだ。この日にスッキリしようかと。思い切ったことするな、シャルさん。なんじゃ、お主たち、まだ儀式の炎を受け取っておらんではないか。おい、この方たちで炎をお渡ししなさい。はい、ただいま。取らないでやるんだ。でもこれで村の者たちみんなに炎が行き渡ったかな。でもバックアップ取っちゃったらリフレッシュならないのか。はい、村を離れない者を除いて全員に渡したはずです。よろしい。ではそろそろ火送りの儀を始めとしようかな。うちらの暴行も消えちゃう。者たちにもぜひ参加してもらいたいからの用意は良いかな。いいえ。ゲーム系は全部サーバー側が保存。そういうことか。嫌だ、行きたくない。みんなで炎の山へ行くだけじゃ大した用意はなんぞは。なんてごめん。大した用意なんぞは必要もないじゃろ。みんなも混ぜておるですぐにの出発が良いかな。嫌じゃ。オラは行きとうない。嫌じゃ。オラは行きとうないのじゃ。もうでは皆にも知らせよ。はい。やばい、シュールじゃない？前はなんか松明だったけどな、普通に。合計で4テラぐらいは消える。楽しみすぎる。なんか面白そうだね、それ。皆の者、火送りの儀を始めようと。4テラもでも詰めるんだね。そんなにあるかな。ドラクエはここら辺の選択肢はいはいかイエスしかないよね。みんな頭燃えてるけど、そうなの。頭燃やしていくんだって。我ら援護の民があがめし炎の精霊よ、我が民を守るし聖なる炎をお返しする時が参りましたもん。我ら援護の民この炎を持ちて何時炎の精霊住みたる炎の山へ向かわん。願わくば新たな炎の守りを我らに授けんことを、メラギララフレムフレアメラギララフレムフレア。どういうこっちゃ。よし、皆の者炎の山へ向きて出発じゃ。子供もさ頭につけたらやばいよな。走るな危ないぞ。毛根もやしパーティーなんだって。そういうこと。並びすぎ。なんであんたらずいぶん遅かったじゃねえか。別に迷ったのか。はい。おかしいな。ここまでは一本目とか迷うことないんだかな。あんたらよっぽど方向音痴なんだな。バカにした。方向音痴バカにした。やめてください。方向音痴バカにしないでください。燃やしたろかお前、本当に。この炎で頭突きしたろか。ついに火送りの儀式が始まったと。もちろん旅人だろうが何だろうが通ってでもな、転んで儀式の炎を消したりしないように気をつけて。転ぶってこと？フラグってこと？ゾロかなって方向音痴だからよか。そう、私方向音痴なのよ。ゾロはめちゃくちゃ方向音痴だもんね。なんで私が一番後ろなのよ。私が後ろだから。それって差別捨てちゃうわね。だってうわー、ここが聖霊様のいるお山か。すっごいな。前に行った時は私こんなちっちゃかったからよく覚えてないんだ。へえ。あんた今でもちっちゃいわよ。早く火山の
加工見たいよ。きっとすっごい溶岩でグラグラって熱いんだよ。あはい。はい。いやこのね、まだかと待っているこの時間がたまらんのですよ。列を作って並ぶ楽しみや人間とあれさにしかわからんでしょうな。おもろいと思って言ってます、もしかしたけど。びっくりするわ。なんかワンピのゲームでズームの時だけマップがモザイクがそうなの？何のゲームだろう。そんなゲームあるんだね。なんかそこ忠実なんだ、原作に。おもろいね。一番乗りはやっぱりこの俺だ。こいつだけは譲れねえぜ。皆の者、まただ。いよいよこれより日送りの日を取り行う。先生、我々戦士一同はみたいな発声だったわな。よっ、待ってました。一番はこのお手が。俺はこれ慌てるでない。俺は炎の精霊に新たな守り火をいただくための大切な儀式。もっとも厳かに速やかにこれを行わなければならぬのだと。おやおお、そこにおられるのはための方たちな。さあこちらへ。お、やった、優先。一番乗りや俺だ。ずるいじゃねえか。うるせえ。まあ良いではないか。地高よりせっかくはるばる来てくれたための方たちなんだぞ。わしは先に頂上に行って小野たちを待ってるからな。準備ができたら来るといいじゃろ。山の頂上までは一本道だから迷うことはないはず。あっては後だ。お前方向音痴なめんじゃねえぞ。心臓が止まざるぐらい必死で走ったね。それはないっての。ごめんね。慣れた人には悪いけど一番乗りってのはありがたいぜ。村長も聞くよな。ごめんね本当に。でもなんでか俺たちが可愛いからだと思うぞ。おじさんより俺たちの方が可愛いから優先しがと思うな。ごめんな。じゃあ行くわ。一本道もうまっすぐかと思ったら曲がりくねった道の先にやん。これ待っているいくつもの小さな光。虫、村長虫。わわびっくりした。急に声をかけないでください。落っこちたらどうするんですか。皆様ったら私にこんな危ないところを見張ってるなんてひどい。いけない。皆様目の前にいるんで愚痴っちゃった。聞こえてると思うよ。ばあちゃん地獄目っぽいからな。ブツ感じる異変の誠意はやはりこの奥に。返事がない。ただのおばあちゃんのようだ。7に集中していてニラ子たちの指か気がつかないようだ。はい、わかりました。やることないね。しょうがないから村長さん話しかけるか。村長さんお待たせ。来たな。ここが炎の山の火口じゃよ。この火口に俺たちの持っとる火をこうやって投げる。これをこうしてこうじゃぽい。これね、長い間わしら守ってくれた日は精霊の持ってと書いてたというわけじゃ。帽子かぶってた方が良かったかもしれないですね。寒そうですよ。さあお主たちもその炎を精霊の元へ返しちゃってくれまいか。嫌じゃ。ここまでおいお前たちここまで来ておいてそれはないじゃん。お前たち。お主たちもその炎を精霊の元へ返しちゃって嫌じゃ。これずっと嫌だって言ったらさ、なんか生態変わんのかな。ニラゴンずっと首振れ。いけ。燃やせ。そのまま続きして。村長燃やせ。その村長燃やして、その火口に入れやがれ。もう落としちまえ。村長その火口に落とせ。やっちまえ。今がチャンス。誰見てねえ。終了の事故だってことで片付けられるから今がチャンスだ。完全にもう証拠も残らねえ。絶対に行け。無理か。しょうがない。では一人ずつ頼むぞ。みんなで投げよう。いっせーので投げよう。いっせーので投げよう。いっ
せーので投げんのかーい。ユナゴンは儀式のものを囲い投げ入れて無理だよねそりゃ。一人ずつって言ってるもんね。はい、ごめんね。火口に火をくべれってのは変な話だよ。それあいよ。まあこっから落ちたらどうなのかしら。はい、村長を落として一回確かめようぜ。マルベルは儀式の炎を火口に投げ入れた。はい、それでは今度は村の者たちの番じゃの。者たちも先に村へ帰っても構わんぞ。ご苦労じゃったの。はーい。おお、俺たちの焼き場もう済んじゃったろ。はーい、帰りません。持ちます。変わんないわ。発想が怖いじゃないって。完全に今だって見てるのはさ、なんだっけ、エルマだっけ、エルマとさパメラしかいないからさ、今がチャンスだと思うんだよ。お主ら遅かったらとうとう火をくるぎが始まってしまいおった。もう一刻猶予もない。お主らは急いでこの炎の山の奥へ向かうのじゃ。そこできっと何か異変が起こっている違いないのじゃが、もう炎の山の奥に恐ろしい魔物たちが住むという十分に気をつけるのじゃ。はーい。エントリーナンバー1番、村の人たち。村人ナンバー1ね。よいか。ただし時間がないことを忘れてはいかんぞ。できるだけ急ぐのじゃ。オッケー。よいか。いいですよ。RTA ですか。村の者全員が炎を投げるとき、火送りの儀が終わる。その前に何とかしてくれ。わかりました。アイヘンさんありがとう。切り抜きありがとう。村長格好に入れたからニョロコやばすぎる。やばすぎる。今がチャンス。いや、女たちまだうろうろしとったんか。まあ別に構わんのじゃが、女たちまさかパメラのやつで何かやって受けることしたらせんよな。いいえ、してません。やれやれ、パメラのやつ一体何かしてないって言ったじゃん。お前たちの好きしろ。してませんか。人にはせんよなか。してませんか。はいか、ごめん。別に炎の儀式邪魔しないならあとは好きにしていてるから、やっぱりここから村長を突き落とそうぜ。背後取った。今がチャンスだ。行け、みんなで押すぞ。獲物を狙っている目。ちょっと待って。なんかさ、こういう時にさ、近くにさ寄れれたらさいいのにさね、一回さこれをさ、待って、どこだどこだ、一回これを近くにしないとさ、ほらでダメなわけ。今背後取ってるから、今がチャンス。みんな見てないで一緒に押そう。一斉のでだったら誰が押したか分かんないよきっと。あいえさん仕事が早いね。じゃあこれでいきましょう。魔法の花瓶。うわー、これね本当にね、現代風ね、現代風。加工に村長を落として何かしたらさ、もしかしてチキンに。いや、村の村長さんが事故で、不慮の事故でってなったらこの儀式終わるかなって。終わらせるためにこの戦争を終わらせてきたってことよ。ユナゴン、溶岩なんかでうかつ触るなよ。はーい。おらっちゃ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 。おだって最初からあったかいからかな。あったかいから温まってればキーパー急に。チキン配ろうぜ。ちゃちゃちゃざっとこんなもんね。よし。よし。やばい。もう暑くて汗ダクダクだわ。火山の奥から戻ってくる頃でカラカラに干からびちゃってそう。かわいい足音。なんか弱いみんな。レベルが高いのかもしれない。もしかして武器が強いかな。うわ痛い。
武器強いかな、弱くした方がいいかな。お、やった。ユラゴンはひよっこ漁師の職ランクが上がったんだって。戦場ダンスを覚えた。戦場ダンス。よごめん。さっきはごめん、ボタン間違ってんだよね。転生したいのに話しかけてた味方に。行くわよ。やっちゃうよ。うら。弱い。本当に弱い。武器戻してもいいけど、まあいいでしょう。サクサクプレイということで。幸いにもこのゲームはエンカウントを自分で選ぶことができるから、別に戦わなくてもいいんだよね。網元の食力上がったひよっこ、ギラ覚えた。強っ。はい、回復。消そう。無視はできますので、このようにして。行くぞー。道順ってあったんだけど、道順無視してんだけどいいよね、別に。ミスった。いや、待って、マリベルのギラ強すぎるかもしれない。正直ごめんだけど、強すぎるかもしれない。マリベルのギラちょっと無理かも。お、でもなかったわ。これ経験チャップつけない方がいいかな。サクサクだけ強くなりすぎてる、もしかしてオロたち。鱗だって、大事。ありがとうございます。まあ私につけるよね。ほいっと。武器がね、この特定のやつつけちゃってるっていうのもあるだと思うんだけど、にしてもちょっと強いかも、私。ごめんだけど、オラ強いかもしれねえ。平均チャップつけてるけど、どんぐらい上がってんのかな。まあ外してみてもいいけど、いや、どうしようかな。むずいな、バランスがな。よし。無視するちょっと気持ちを持って、ちょっと頑張ってやってみる。よし。探索が大事だからな。矢印と井戸端会議してる。矢印通りに行ってなんかあげないんだからね。いやー強いな。こんなもん、みんなこんなもんかな。ちょっと強すぎるよ。楽勝。かわいいね、ニョロゴン。へん。おラッキー。ラッキーすぎん？ラッキーじゃないこれ。聖なる剣。ナイフか。イカワシ。変えてもいいみたいな感じだな。変えてもいいみたいな感じ。魔法のスティックちょっといいんだよな。MP 回復できるからいいんだよな。ちょっとな、ブーメランも戦闘、なんつうの、道中戦うときはいいんだよな。無視すりゃ関係ねえけど。これエントリーナンバー2番だね。これは自動かな。自動で多分なってる。てかさ、洞窟の中でそんなものないか。宝箱これしかないか。壺とかないもんね。なんかマリベルが強いかも。ほら、こんな感じで道中はブーメランの方が全体攻撃できるから楽なんですよね。よし。すごい、大木槌ロードだ。ちょっと噛んだけど。大木槌ロードだ。無視。バブルスライムだ。うわバブルスライム弱すぎて一撃で押せるようになっちゃってる。もう会う前になっちゃってる。サボテンボール。おもろ。ニューフェイス。いいね。今縦でなんか防いでた。
なんか敵の強さを強くしてるはずなのにな。適正よりもちょっと下みたいな感じになってんのがもっと強くていいのにな。遠慮した？もしかして絶対強くしてるはずなのにな。おら強すぎる。特典のですね、ブーメランとかの武器がスライム特攻ついてて、スライム特攻がちょっと強すぎるかもしれない。まず私が川の鱗の鎧着るじゃん。で、私のお下がりをあんたが着な。あんたは私のお下がり着たらいいわ、キーファ。お下がりあげた。あっちって言われてる。なんか回れることなのか。マップってなんか広くなったりしたんだっけ。なんかモンスターが覚えてないよ。うおおおおおおお。あ、なるほど。いや、ここはまず一周だね。これなんもないと。これなんもないわ。これなんもないわ。ただモンスターを遅くってだけだわ。通ります。おもろ。もし行こう。あー、3人目だね。早いな。ここ私が走っちゃったからかな。一周したから進んじゃったかな。ほら。通ります。確かに。もうダメだ。もうダメだ。簡単になってる。強すぎて。もうダメだ。戦わずして待って、戦わずして勝ててしまっている。世界中の歯、世界中の歯、こんな頃に見っかっちゃっていいの？お助けアイテムすぎるだろ、それは。どうせあれでしょ、ボス戦前にマリアの像あるんでしょ。インプ。初めて見た敵は倒していこうかな。痛い。なんか当時はこの敵強かった気がすんだよね。足が速くていいね。4人目だっけこれ4人目かな。商人の地元で帰ってきた商人のおじさんね。サボテンボールもまだ一撃先に倒せることないか。足の速さではゲームするのが速かったから。確かに。ほらいけほらゲームはめちゃくちゃサクサクだね。本当にサクサク。ありとあらゆるスナック菓子よりもサクサクですわ。これはサクサクよ。ほらね、もうここが来たってことはボスしかってことね。はい。先行プレイもやってレベルがほんまやね。14分だ。シンデレラーお疲れ様ですわ。なるほどね。インプがいたから一撃できなかったのか。おやすみシンデレラですわ。ゲームはもうちょっと進めていきたいと思います。マリベルも上がったね。のきれいいよ。インプがいたらダメだな。ざっとこんなもんね。現金値多いかな。強っ。強い今の。ざっとこんなもんね。みんながシンデレラ言ってくれたら12なんてわかるから本当に助かるわ。
もう一回セーブする。回復したから回復する。今2時間40分、もうそろそろあと20分ほどで 3時間になるけど、3時間ぐらいで一つの村なんか片付けられるって感じかな。村の全員とかで話しかければ多分もっと短くガンガンゲームは進められそうな感じはするね。おじいちゃんだ。5人目かな。21名様こんばんは。いらっしゃい。ゆっくりしてください。まだいるのか。いや、ここはあえて落ちない。なぜなら絶対どっか宝箱があるからだ。おない。うわわ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 わ。はい。絶対ある、絶対ある。私の勘がそう言っている。やばいやばいやられた。ほら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 。MP とか切りつないで攻撃しちゃうんだからね。あ、ここだ。うん。やばい。背後取られてる。やばいか。敵重なってるねそれ。なんか残像みてえになってるの。同じタイミングで、全く同じタイミングで大変そうそれ。体力あるな。頑張れ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 。おもろすぎるやろ。受けられなかったか。これは to be continued。 めっちゃ多いやん。しかも敵受ける。集まってたか。まあほらいけ。燃えろ。あれなんかキーパー2回攻撃したんだけどどうした。いやサクサクだね。物取ったんで次降ります。普通に加工口でさこうやって降りるか。しかも上からさね炎も捨てられてるんやで。うちらに当たるやろこれ。普通に考えて危ない。まあちょっと見たらこういうものあるんですよね。探索大事。あ、来た。待ってウケんだけど。ボス戦の目の前でも回復あんねんけど、これどんだけ優しいのこれ。スーパーボスの前だよこれ。ちょっと待って。ちょっとようやくみんなにさ説明ができるこれ。ちょっとよくこのボスを見てほしい。こいつを見てくれ。こいつをどう思う。すいません。通らせていただいてもいいですか。すいません。なんかすごいまがまがしい日を見つめていますね。すみません。あれキーファーどうしたキーファーが埋まってる。やばい取り込まれそうになってる。キーファーがボスに取り込まれそうになってる。キーファーもしかしてお前やはりそっち側の人間だったのか。やばいキーファーがどんどんのめり込んで。うわーキーファーのめり込んでる。吸い込まれてるあいつ。まあそんなことどうでもいいんだけどちょっと待って。こいつを見てくれ。こいつをどう思うっていうのはよく見て。この人食べるんだ。もうすぐ終わる。キーファ君のことは晩ご飯まで忘れないね。すぐ忘れるね結構。誰だろこれ。人間というのはくだらぬ生き物だ。とりあえず炎の巨人は私たちに背後取られてることを分かった方がいいと思う。お前はもう背後取られてるんだよ。今喋りかけなくってとどめさすことできたんだよ。大丈夫。話しかけたのだけさ優しいと思ってほしいよな。別に話しかけなくてやることもできたんだぞこっちは。
ちが最後の炎を我に与えしとき、とりあえずこっち向いて喋ってもらっていい？かの方にいただいたこの闇の炎の力、解き放ってくれよ。解き放ってくれよ。さすればおうおう。火山は一気に炎を吹き上げ、この地を燃やし尽くす。はい。人間たちはそれを炎の精霊の怒りとはいはい。絶望の闇に沈んでいくのだ。あれね、人間食う、人間の力もらう、その人間を見てさっさと行け。症状でもののけ姫の。さお、こっち見た。て、そこな人間よ。そこな人間？我の邪魔をしようというのであろう。あ、もちろん。愚かなえ、灼熱の炎カラコン入れてんの？で身を焦がされること炎の巨人さん、紫のさ、おしゃれカラコン入れてる感じ、それカラコンでしょ？いいですね。似合ってますよ。私さ、ペルソナ5やってる時に言ってたと思うんだけどさ、囚人学系のさ、ね、校長先生さ、皆様ご存知でしょうか？囚人学系の校長先生のことを私さ、ね、援護のボスって言ってたの覚えてない？援護のボス、校長先生じゃない？わかる？さ、やっぱりさ、あれだよね、なんだっけ、千と千尋の神隠しのさ、ね、おい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 っていうやつみたいな感じでさ、そっちを放出させたの、援護のボス、マジで。校長先生、この方だったらなんかさ、首がなくてさ、埋もれててさ、援護のボスなんだよな。愚かなり。やばい、噴火しそう。びっくりした。炎の巨人会も噴火するのかと思ったらびっくりした。なんか、うおーみたいな感じになってたじゃん。ごめん、話聞いたかった、ごめん。ごめん、お前の話聞いたかったからごめんな。行きまーす。一応作戦もらっとくか。作戦を全員 E メールさせるようにするかな。一応不正がないからね。あ、抜群。いや、ドラゴンクエストにね、そもそもだけど、ポケモンみたいな要素ってそんななかったと思うわけ。まあ、特攻とかは、書いてなくて、裏パラメータ的な意味で、裏パラメータとかみたいな感じで、なんか、効く効かないみたいなのは、あるとはもちろんあったとは思うんだけど、でもこんなにやる前から、なんて言えばいいの、やる前からなんかもうこの子の弱点これですなんて教えてもらわなくてもよくない？てかこれ今私邪魔？もしかしてここにいたら戦いの時だけここ避けた方がいいか？ちょっと待って、避けるわ。なんか戦ってからさ、これ弱点だったんだならわかるんだけどさ、戦わないからさ、そう。なんかちょっとさ悲しいよ、オラは。まあ、ヒャドね。ヒャドが抜群なんだって。効果抜群なんだってさ。あ、ここにいたら、戦闘選ぶときは邪魔じゃないけど、あとは邪魔だな。どうしようかな。どこにいればいい？ここ？どこにいたら邪魔じゃない？あえてこっち？ちっちゃいあえてこっち側にいるっていうのはどう？これ斬新こっち側にいるわ。いきますね。気合ダメいまいちなんだって。まあそれ見たらわかるけどさ、異常状態を離れ攻撃力かなり上げる。沸騰の不屈、気合ダメ。ミスった、ごめん、ミスった。てか私これミスったわ。武器に変えていくの忘れた。ナメプだわこれ。ほら見て。いやー、なんで本当にどうしてそうなっちゃったの？いやもう本当に悲しいよ。俺は悲しいよ。俺はマジで悲しい。だからさ、いやなんでもうさ、何の技が効くんだろうみたいな、デバフ効くのかなみたいなところも含めてさ、公約なわけじゃないですか。やる前からさ、マヌーサは効かないからやらなくていいよなんて教えてくれなくたっていいよ。悲しい。オラは悲しいよ。マジで悲しい。
だってこんなんだったら自動戦闘でいいじゃん。だって自分たちがさ戦闘選ばなくてよくない？マジでマジで悲しいよオラは。武器変えれるわ。そして戦闘中に悲しすぎる。悲しい。抜群なんだって。まあ見りゃわかるよ。それは見りゃわかるよ。お前炎だもんな。いやめっちゃ弱い、めっちゃ弱い。攻撃力めっちゃ弱い。ノーシスの攻撃弱い。ニョラゴンの攻撃力低くない？悲しいよ。悲しい。いやちょっと、悲しすぎて言葉を失ってるよオラは。こんなん連座でいいもんな。うわマジかよ。たまに雷耐性を下げる。あ、そうなんだ。おお。なんか氷の耐性はなんかついたんだって。これいまいちになっちゃったんだって。あらら困ったね。あ、殴ればいいからいいんだけど。稲妻切りは今耐性を下げてるんで、水流切りと稲妻切りのシナジーやばいな。おーナイスナイス。もう半分もいってる。もう黄色い。バイバイ。やばい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 。回復しなきゃ。もっと難しく上かというか難しい方がいいね。なんかね悲しいです。あ、しかもアイテムみんないいんだ。誰かみんなに一人ずつ持ってなくてもいいんだ。これアイテム袋の中のアイテムが全員なんて言えばいいの、全員使える。共有で使える道具。今まではキーファに薬草を例えば何個持たせるみたいな、マリベルに何個持たせるみたいな感じだったのに、共有してるみたい。持たせてなくても袋からそのまま直接みんなが使えるみたい。違うね。これも死ぬかなこれ、防御しなかったら。まあいっか、もういいよな。もういいよ。気が済んだらしい。悲しいよ。で設定で選べたらいいのにね。いや、あんのかな逆に。私が見逃してるだけなのかな。どうだろうね。危な。ありがとな。いいよ。な今度な。マリベルは今正直何もやることないから大丈夫やね。熱くなってるって。ありがとな。薬草係稲妻ギルリ。いいね、これかっこいい。おっとお、高まった。これいいね。いや助かる。ニョラゴンよかった。やっといて。これはね強いから全体攻撃1回防げるからね、結構いい。あらら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 ら。ざっとこんなもんね。ざっとこんなもんね。
倒された。あー、本当に悲しい。いや、悲しい。おもろいよ、おもろい、おもろい、おもろいんですよ。おもろい、おもろいんです。おもろいんですけど、悲しさもあるということです。そういうことです。もう勘違いしてるんですよ。そう、別に。批判じゃない、別に。感想だから、批判じゃないですね。私は嬉しいんですよ。ドラゴンクエスト7のリメイクができること自体。本当に楽しみだし、好きだし、もう出てほしかった。ずーっと出てほしかったし。だからこそ、なのよ。バイ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 はい、来ました。また強くなったぜ。強くなっちゃったね。お、ひよっこ王子、カブト割り。あ、カブト割りとか覚えちゃうんだ。強いね。強いね。校長先生、バイバイ。我がこのようなものに打ち負かされるとは。しかしこの闇の炎は我が死しても消えはせぬ。消えないの？しばし待てば闇の炎は必ずやその力を解き放ち。うわー、パパスー。もうパパスだったんか。倒され方結構なんかシュールだったな。ゴンゴンおもろ。おもろいやんか。闇の力消えてるで。はい。ということで、援護直す終了だね。援護終了。調べたらモンスター食が配信された時モンスター食なんてないや。聞いちゃうそれ。話せば長くなるけど、今から私これはね、こればっかりはね、本当にね、こればっかりは、マジでっていう話なんだけど。ちょっと待って。一緒にちょっともろう。はい、わかりました。これはね、私はね、完全にそれだけは、マジで、本当に、なんでそれなくしたっていう気持ちだから言っちゃうんだけど、なんかね、モンスター食っていうのがあって、それは何かっつったら、今さ、アクセサリー枠に、なんか、何々の心って、モンスターの心っつうなんかね、アクセサリーでつけてるわけ。これ今ね、ここにあるでしょ。大木槌の心だったりとか、このメタルサムの心とか、コスタの心とか、いろいろあると思うんだけど、これは、もともとアイテムってこういうね、なんて言えばいいの？なんつうんだろう。こういう、何これ？アクセサリー枠じゃなかったわけ。で、何かって言いますと、普通に大木槌をただ倒したら、例えばスライムを倒すときに、スライムが心を落としたみたいな感じとかで、なんかそういうなんかね、心を落とすことがあるわけ。これは、そのままスライムになれるの、職業で。そういうシステムとそのまんま。だから、今さ、もう最初からさ、職業ついてるじゃん、この子たち。ひよっこ漁師とか、右下ね、にさ、ひよっこ漁師だよとかさ、なんかいろいろ書いてると思うんだけどね。どこ見ればわかるこれ。パーティーどうやって見ればいいの？作戦、キャラクター詳細。これか？違うだ。これか？これやな。職業っていう欄があってさ、なんか、ネロゴンだったらさ、ひよっこ漁師みたいな感じの職業には最初からなってんの。なんか、今回そういう仕様なんだけど、これがもっと、なんか、転職っていうそもシステムがあるから、転職して例えば僧侶とか戦士とか、そういう感じの種類と一緒にモンスターの心を手に入れてたらそのモンスターになれた。見た目とかじゃなくって、だからスライムだったら例えばそのスライムなんだっけスライムの技とかあるんだけど、スライムラッシュだっけ、スラッシュなんだっけスラなんとかみたいなやつだったら、そういうなんかスライムになったら覚えられる特技だったりとか呪文だったりとか、そういう制度だったの、職業になれるって。だから人間職以外にもいくつかのそのスライムモンスター職でいろんなモンスターの心が手に入ったわけ。ドロップだったりとか、そのいろんな入手方法があるんだけどね。でそれで職業を全部マスターしていくっていうのが面白かったのに、今回はそのモンスター色が全くなくなっちゃって、そのアイテムのアクセサリー欄にモンスターの心っていうその要素だけ残してくれてるっていう
ことなわけ。でも私としてはそのモンスターの心をめっちゃ集めたりとかなんか集めたりとかして職業になって、それをマスターしこう熟練度を上げてってマスターしてっていうこととかのやり込み要素までめんどくさくても面白かったから好きだったの。ドラゴンクエスト7。職業なんて何本あってもいいから何本あってもいいと思ってる派だから、本当にそうリメイクするときにモンスター色じゃあまたできるんだウキウキみたいな、まあしかもリメイクされるし増えたっていいって思ってるぐらいだったのに、撤廃ですみたいな、廃止ですみたいな、嘘だろそんなことあるのかよ、おいマジかよみたいな、容量だって増えたこの世の中で令和になってゲーム機の容量だってこんなに増えてるのになくすだとみたいな、なんでだよマジで悲しいよ。オラはめちゃめちゃ悲しいんだよっていう感じで、まあ、そういう要素だったわけ。悲しいわけ。そうまあそのめんどくさくてやってないって人ももちろんいると思う。なんかそのドロップだったりすっごい低確率のドロップで手に入るモンスターの心とかもたくさんあったから、それを全部確かにやるってなったらよほどの時間と労力と根性気合マジでやる気でやらないと難しいと思うので、正直今の人たちにとっては不要だねって言われたらまあそこまでだから、そのサクサクプレイができるよみたいな感じの要素をやっぱり結構前面に打ち出して誰でもやりやすいよみたいな感じのゲーム、それはそれでいいの、もうそれはそれでいいと思う、それはそうだねみたいな、いろんな子たちにドラゴンクエスト7を楽しめるっていう環境自体はとても素晴らしいことと私思うんだけど、いいじゃんそれぐらいめんどくさいやり込み要素があったっていう。だって石板とかもめちゃめちゃ削られてるらしくて、ただでさえ簡単になってるのにどうしてなので8ギガよこのゲーム容量8ギガだよ。悲しい、ほら悲しいよ、もう悲しいよ。でモンスターの心本当に良かったのになーと思ってね。なんか私そもそもドラゴンクエスト5とか6のモンスターが仲間になるっていうシステムめっちゃ好きなわけよ。でも7はその仲間になるっていうシステムがないんだけど、そのモンスターの心っていう形があったわけ。それもなんかあって、なんかモンスターを仲間にして一緒に旅できるわけじゃないけど、なんかモンスター要素があってよかったなーって思ってたのに抜けんだけど、これだけじゃなかったんだ。なんか道塞がれてくれる？なんかそれさえもなくなっちゃったからさ。いやー他にもね、だから別の要素とか取り入れてくれてて、それはそれでもちろん面白いだとは思うんですけど、悲しい、本当に悲しい。なんかドラゴン7が好きだからこそ悲しいわけよ。本当に悲しいわけ。めんどくさいのがなんぼや。そうなのよ、ゲームなんてめんどくさいのがなんぼって、もうそうなの。ドロを入手した時の高強度異常なんだっけね。そうなのそうでしょ。アイテムだってさ、何回もさ挑んでさ、ダメだったかって言ってさ、なんかこうゲットした時のさ、うわー来たーみたいなさ、あれがいいじゃんみたいな感じなんだけどね。ちょっとね、まあそういう要素はあるかもしれないんだけど、でもそのモンスターの心ではそういうのはないみたいな感じ。詳しくわしに話して聞かせるんじゃいいな。はい、そういう話です。なんでなんかみんな言ってくれてたと思うんだけど、リメイクってさ、いや本当にいらなかったね要素的なのはさ、なんか削っちゃってでまたそれを良くしていくみたいな感じ、まあわかるんだけど、なんか元あったところを改良残しつつプラスしていくみたいな感じのがよくねみたいななんかモンスターの心ってドラゴンクエスト7だけだから、
オリジナルでよかったのになみたいな気持ちもあり、悲しい悲しい話を進めたいと思いますけど、はいはい、話はします。はい、悲しいです。オラは悲しいよ。いろいろありました。なるほどな。悲しい。だとすればこの炎はそう簡単には消えんじゃろうな。しかもこのまま放っておいたら何が起こるか分かったもんじゃない。ファミラよ、あの炎を消す手立てはもちろん何かあるんじゃろうな。おい村長、お前他人事みたいに言ってるけど、あんたがこのホムラ祭り進めたからこうなってたからね。そんなものがあるならわしが聞きたいくらいじゃわ。なんじゃと？お主の予言で何かわからんのか？他力やめてもらえます？さ落とすぞあわしの予言は当たらんでな。ファミラばあちゃん根に持ってんな。ウケる。冗談だよ。どれちょっと見てみるとしよう。かわいい。ファミラばあちゃん優しいな。また肩甲骨回し始めた。ファミラばあちゃん肩甲骨回し始めた。またストレッチ中ね。見えた。ファミラばあちゃん肩甲骨のストレッチすると見えてくるんだ。すごいね。これはなんじゃ、酔っ払っておる。随分とだらしのない顔の男じゃ。本棚のことだね、絶対手に。に何か持っておる。壺、いや瓶か。液体が入っておるな。はいはい。おや、あれはお主じゃ。お主がその男と何やら話しておるぞ。わしに見えたのはそれだけじゃ。俺は村長落ちろ。どうやらその瓶の液体にこの黒い炎を消し去る力があるらしいのじゃが。はい、わかりました。完全に把握です。お主には何か心当たりがあるのではないか？あります。ありまくりですね。あることしかないですね。あります。何？その男から瓶をもらったじゃと。もう持ってたんだっけ？なんでそれを早く言わぬ。もう持ってたんだっけ？もらったわ。さあ、早速その瓶はあの黒い炎に試してみてくれ。はーい。ニョラ君はすごい清水を振りまいた。いけ、すごい清水。村長あそこで全て置かなかったから。おおわお、が消えたぞ。おお、消えたぞ。やれやれ、結局最後の最後までお主たちの世話になってしまったようじゃな。いいんだよパミラばあちゃん。おそこそこ後でちょうだいね。これでもうわしの予言が現実のものとなることはないじゃろ。めでたしめでたしじゃな。ファミラ、そして旅の方たちよ、本当に申し訳なかった。間違っていたのはわしの方じゃ。謝って済むのは警察いりません。なんじゃ柄にもなく随分と塩らしいの。寝れば寝るほど寝る寝る寝るね。災いを防ぐことができたのは紛れもなくお主らのおかげじゃ。当然じゃん。この恩は言葉だけではとても返せぬ。何？じゃあ村もらえる？村ください。ぜひ礼がしたいのじゃが、わしらにできることはあるかのう。じゃあ英語の村をニョラゴン村にしてください。お願いします。放置したいんで。なら一つだけ。村の外れに落ちた大岩を撤去してくれませんか？おいキーファー、なんでだよ。なんというか、その岩のせいで俺たちちょっと困ってるんです。それなら加工り落ちてくれないって。お安い御用じゃ。明日の朝までにきれいさっぱり片付けておくとしよう。お金とか要求すればいいのに、どうしてだよ。皆の者聞いてくれ。日送りの儀は無事に終わった。私で隠れてるかもしれないけどさ、このお姉さんずっと頭に火あるんだよな、かわいそうに。あとは村に戻って夜明けまで宴の続きを楽しむとしようではないか。宴じゃー、やろうだも
もちろんお主たちもじゃ。なんといってもこの村を救ってくれた英雄じゃからの。ウッドパルナでは英雄の名前を村の名前にしてたから、やっぱり援護の村も英雄の名前につけた方がいいと思うわけ。つまりユナゴン村でいいと思うわけど、村の者みんなで精一杯おもてなしせねばならん。早いとこ村へ参ろうぞ。ニョラゴン村でいいんじゃない？ニョラゴン村で、ニョラゴン村で、ニョラゴンブリッジ、ニョラゴン村でいいんじゃないですか？宴あられちゃう。ニンニキニキニンニキニキ。お姉さんかわいそう、頭でずっと炎抜けちゃって。知的な？そうだよね。邪魔だもんね。いいと思います。かわいそうにずっとつけて。あの人が一番最後の方だったからね。こうして無事、日送りの儀を終えた人々は村へと戻っていった。人々はそれまで感じた不安をすべて吹き飛ばしたかのように歌い、踊り、騒ぎ続けた。どんちゃん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 。ニュラゴンたちは村の人々と山のような料理に囲まれ共に楽しんだ。やがて祭りの時は過ぎ、そして夜が明けた。これドラゴンクエストっぽいよね。夜が明けた。この音楽が流れなかったら夜が明けられねえからな。ちなみにだけど。チュルチュルチュチュチュ。おはようございます。いや、昨日、二日酔いじゃなくってあんた、お酒すごい飲んでたよね。これもこれもすべて皆さんが村を救ってくれたおかげですよ。それと村の外れのお用ですが、村の男たちきれいに片付けておきましたからね。それでは皆さんお気をつけよ。良い旅を。ハバーグッドトリップ。ああ、よかった。これだと家に帰れるわ。全くあんたたちといると飽きることがないわね。もちろん悪い意味でだけど。祭りも終わってのどかな雰囲気で戻ったみたいだな。よし。てかこれドラクエだったんだな。あ、チャーラチャーラチャッチャチャーがってこと？うん、そうだよ。ヨラゴンたちを待っておったぞ。ゆうべよく眠れたようじゃな。お主らに本当に世話になったからな。何か礼をすればと思ってな。では一つだけあったよ。忘れできる礼からこれを受け取ってくれ。あ、石板ですか？ウェイ！ナイスー。タラララー。次どこ行くんだろう？あ、わかったわ。多分そこだ。なんぞ占いの役に立つかと思って持っておったものなんじゃが、その石板はわしよりお主らにも当たりたいようじゃ。わしの占いは当たるでな。まあ何かあれば力なるからたまには顔を出してくれ。では達者でな、ドラゴンたちは。ははーい。楽やで。大岩も片付けてもらってパミラばあさんから石鹸もらえた。これにて一見落着ってやつだな。さあ、エスタダ島に帰ろうぜ、ニョラゴン。オッケー。はい。おや。あ、お湯のがいいんだ。そうなんだ。あ、結婚ね、急に言われてもな。あんたはどう思う？いいんじゃない？まあ一つのところに落ち着くのも悪くないかな。見た目、まあまだちょっと考えてみてもいいかも。お前背中押してあげたんだから頑張んな。俺、あんたを一目見た時から好きになってしまったんだ。俺と結婚してくれないか？やっぱりごめん、いいえって言っちゃった。ごめんな。お前の運命ここで変わったかもしれない。ごめんな。よーし。よーし。別に進行するのは悪くないんだけど、今回はたまたまなんか呪われちゃっただけだよね。おや。あ、そうなんだ。パミラと村長さんいい仲だったんだって。の話でかかったね、今。おばあちゃん言ってなかったっけ？一緒に。ここで変えた方がいい運命だってあるのさ。なんでそんな起立してんのこの子。すごい起立してるけど、これ。ヨラゴンもここ成立する？ちょっと待って、成立して。成立成立この眺めすっごいでしょ。これは見てあげるのはこれを見せてあげるのはあんたが初めてなんだからね。感謝しなさいよね。別にあんたのことなんか好きなんかじゃないんだからね。勘違いしないでよね。うわ、ほんとだ。炎の布がよく見えるな。すごいや。あれれ
ほら、しんのすけ5歳。よいしょ。えい。あ、奥でまたブツブツ言ってたって。今がチャンス。やっぱ無理か。わしはここでお主らの旅の幸運を祈っておるよ。まあ何かあったらできるだけ力になるからたまには顔出してくれ。ブツブツブツ。パミラさんには結構ね、待って、パミラさんはね、パミラさんはね、結構ね、昔は世話になったけどね、今回はあんま世話にならなさそうだけどな。このゲームにはニョラコの承認シールがついていますか？承認シール？承認シール。承認シール。承認シール。あら。幸せになってる人がいるわ。あの出来事で。このお家って出すの待て。最近息子の様子がなんかおかしいんじゃよ。わしが嘘をついてるのかバレてしまったのかの。息子って誰だっけ？あ、なんかすごいカクついてる。どうしようか。なんかカクついてて危ないからセーブすれば。やばい。セーブ。カクついてる。はい。やばい。急にカクつき始めた。セーブします。どうなんだろう。ちょっと待って、クージャンさん言ってることがちょっとごめん。私が分かってなくて。あ、おすすめってこと？あ、なるほどね。あ、天才か、みのるさん。あ、そうだね。いや、むずいね。クージャスさん。正直、ペルソナ5の方がやっぱりおすすめかも。やってくれてるけど、ドラゴンクエスト7も私は好きな作品だから、みんなにやってほしいなって思ってるんですけど、でも、今じゃないかもな。ごめん。別にドラゴンクエストの、スクエアエニックスさんの別に批判したわけじゃないんだけどさ、ドラゴンクエスト作ってらっしゃるね。皆様に、別に批判的な感じで、言いたくないけど、別に、今すぐ買わなくてもいいかもって感じはするかも。ごめんだけど、面白いんだけど、定価で買うには高いかなーって感じはちょっとするな、私は。初めてドラゴンクエストを始めますっていう方にはいいかもしれないけど、昔を知ってる身からすると、今じゃなくていいと思います。割引になってからとかやってみたら、やっていただくといいかも。ドラゴンクエスト自体はめっちゃ好きだし、めっちゃリスペクトしてるし、めっちゃ好きなんだけど、定価高いから、定価じゃなくていいかも。ごめん。本当にごめん。いや、本当にごめん。好きだから言ってる。本当に。別に最初からやったこともなくって、私がこういうことを言ってるわけじゃない。本当は前向きに言いたい。マジでみんなめっちゃ面白いから、マジで超やってほしい。もう定価でもマジで買ってほしい。めっちゃやってほしい。みたいな。言いたい私だって、言いたいわかんないとか、だからやったことがあるから、オリジナルとかゲームとか、昔をごめんなさい、知ってるから、ちょっとその偏見な目で見ちゃってるから良くないかもしれない。初めてこのゲームをやった人の感想を聞いた方がいいかもしれない。いや、やってほしいけどね、いずれは。ドラゴンクエスト7、私一番好きなドラゴンクエストなんで、ドラクエだから、みんなにやってほしい。やってほしい。欲しいとは思ってる。マジ。それは本当の気持ち。だけど、別に定価じゃなくていいと思う。ごめん。そう、高いの、クブジャンさん。そうなの。私は、アーリー版アーリープレイできる、2日早くできる方が買ってんで、1万以上してるわけ、このゲーム今。私、1万以上してるゲームを今やってるわけ、皆さん。わかる？やってんのよ。高いでしょ？ 1 万円よ？あんた1万円やったら何食べれるのさ。戻りますけど。で、
価の普通のこういうなんかアーリーアクセス入ってないやつでも8000いくらでだいたい約9000円ぐらいするんだよね。火山が爆発しなかったんだから、あの村はあれでよかったんだよな。そうっていうことを考えるとちょっと時期を置いてまあ気になるからやってみようかなみたいな時にやっていただくのがいいかなって個人的には思いますね。いや面白いですよ。もう一回言う。面白いよ。面白い。とっても面白い。ってことはこれで世界にまたおもろい。新しい島ができてればいいわけだな。いやしかもまだ序盤でこんだけ私はもっとこうだったらいいのになみたいな感じに思ってるだけで、もっと話が進んでいったらもっと職業とかなんかその転職とかの要素とかも結構なんか昔とは全然違うみたいなんですね。まだ進めてないか分からんけど、でそういう要素がすっごい面白いかもしれないから楽しみなの。だからそこまで行くのが。もう新しい島が現れたかどうかも知ってるかもしれない。よし、すぐに城に戻って確認してみようぜ。あとボイスがついてるんで、なんかこういうボイスついてる面白いゲームだなって思っていただけるといいのかもしれない。ねピーファの言う通り、まずはお城に行ってみましょう。はい、わかりましえねた。感じるぞ。お前たちの冒険力、またこっちの世界に変化が起きた。さあ早く船に乗れ。海の向こうを見に行ってみるといいよ。ほほう。そうなんだよね。そうなんだよ。もうクーニャさんにマジでおすすめだよって言いたいんやけどな。私ももちろんみんなにも言いたいんだけど、高い思う高いと思ういやなんかそのドラクエ好きなまた先に買うマジでやってて感じだと思う。あれどうしろって言ってた？白池って言ってたっけ？ええなあやあ。はい。やあ。あら今何やらって言われてたっけ？話聞いてなかった。ごめん。話聞いてなかったわ。どうしよう食べる曲何しろって言ってた何しろって言ってた聞いてなかったわ。あれここの家入ってなかったっけ？あ、入ってるわ開けられないだけだった。びっくりした。この私がまさか調べてない家があるなんてないって思ったっけ？やっぱなかったわ。本棚に行きたかったんだよ。いるかなあれもね、今のゲーム高いよね。いやいいんだよ別に。高くても好きだから買ってるからさ、いいんだよ。今やれてとても幸せだしね。私やっぱりリメイクしてもらえるなんてって思ってるし。何しろって言ってたかマジで覚えてないや。普通に島見に行けばいいのかな。はあ城行けばいいみたいな。2000円くらいでいいどうやらニョロコがここでは金持ちのようですよねそうなんだよ。やりたかったんだよ早くクムちゃんさん。新しい島が見つかったかどうか親父に聞けばきっとわかるはずだ。ニョロコの覚悟を決めて親父のところ行ってみるんですか。まあ怒られるんじゃないか。あれマリベルは？あ、いるわ。あいないのはデラックスエディション1万円ぐらい。そうでしょ。いやまあ買うじゃん。でも好きだったらね、2000円ぐらいでさいやカイロソフトとかそれを考えたらそんな高くてもなんか2000円弱2000円くらいだと思うんだよね。ドラえもんのやつとかちょっと高かったかもしれないけど、カイロソフトさんのご自身のなんだろうキャラクターだけのやつだったら、どんどん1500円とか1200円とか定価でもなんかそれぐらいだった気がするんで、
なんかめっちゃいいんだよね。で面白いじゃんそれで。いいんだけどさ、まあ、やっぱそのブランドだよねこれも結局。1万円だったらペルソナ買えたらって感じで、そうでしょ野崎さん。いやわかるよ。いやだからその面白いと思ったゲームを買えばいいと思うから、今のところおもろいけどみんなに定価で買った方がいいよみたいな、今すぐやった方がいいみたいな感じじゃない。お母さんのクイズ買った方がいいかもしれない。くぶちゃんさん、くぶちゃんさんのマミーがになっちゃうよ。くぶちゃんさんのマミーがI'm sad 悲しいんだよ。sad とかI'm sad ってなっちゃうよ。悲しいって。ちなみにしっかりね、でしょ。だから好きだったら買えるのデルタさん。私もそうだから好きだからアーリーアクセスもついてるデラックス版を買ってるから、そうなのよ。そういう人が買えばいいと思うからみんなは今じゃなくてもいいかもしれない。大体ペルソナ3はダウンロードコンテンツ含めて1万近い。そうでしょ。昔ながらのゲームは今のゲームできるのは嬉しい。でも変更と値段とかいろいろそうなんだよね。物価が高いしさ、昔と違って、まあそういうのもあるからしょうがないのかもしれないけどね。ゲーム機作るのもみんなコストかかるじゃん。1万円って夜の祭りに暮らせる。オーマイガッシュだねそれ。やっと来たんだからっていう使命感まででしょ。もう買わなきゃみたいな、もう義務使命感、買わなきゃみたいなそうだよね。いやマジでそれ本当にそうだよいややってほしいよもちろん。いつかみんなにやってほしいとは思っている。そのオリジナル版もできる環境があるんだったらやってみてほしいし、その古き良きみたいな感じでね、もう本当に大変だけどやってみてほしいし、それをやった上でこっちのゲームとかもやってみてほしい。しばらく2週間も生きられるねマジで。夜の街に繰り出して楽しく合流できちゃう。大きいは多い。それにヨルゴンたちも王がお待ちかねだと思われ、すぐに玉座の前へイントネーションが死んでる。この前怒ってた玉座の間を飛び出していったご老人もこの先の町です。さあキーワード王子どうぞ。はい、わかりました。あれお父さんたちもいるよ。おうニョロゴン、お前たち、まあその子の老人かいろいろ、お前たちの話はそこの老人かいろいろ聞かせてもらったぞ。俺には今一つ信じられない話だったから、まあそれはいい。お前たちが見聞きしたことは王に話すのが先であろう。お父さん、まさかお父さん、いいことニョロゴン。いつ行かなければあんたの身はあんたが、あんたの身はあんたが、私の身はあんたが守るのジャイアンかあの時光に詰めてくれるワクワクせ。カップリちゃんこっちとら7、8になったんだから。えぐい。ちょっと、めっちゃ待ってるやん。こんなもんか、ニョロコンっていつもの時あんが冷静になってた。嘘ついた、ごめん。ダイアンだな。命のカツアゲなんでだよ。命のカツアゲしたか、おら。今したか。おい、カイパラおい、カピパラってしたか、今。カイパラさん、ありがとう。カメサメリだ。ありがとう。I love you so much. ありがとう。カイパラさん、500円つありがとう。オラがドラゴンクエスト7の熱い気持ちを語っていたら、熱い気持ち。ありがとう、本当に。アイフェイスさん、ナイス、ありがとう。カッパラさん、ありがとう。可愛い声出してきました。はい。マリベリは無事に戻ってきたが、お前の話は今夜でもゆっくりと聞くことにするか。それよりもまずは王様に報告を済ませておいで。カッパラさん、ありがとうの儀式だな。どうしよう、何すればいい。ありがとうの儀式、何すればいい。踊る？とりあえず踊るか。ヘイありがとうカッパラさん、ありがとう。ちょっとよく聞こえなかったからもう一回可愛い声頼む。嫌じゃん。俺はもうやりたくない。やりとうないのじゃ。怖い声などやりとうないのじゃ。そう、いつも可愛いでしょ。酒焼きする声みたいな。カッパラさん、ありがとう。頭ブリブリ。頭ブリブリよ。マジで。
でも本当に500ビッツありがとうございます。いつもありがとう。本気のカツアゲ。お前ガッシュか、くむちゃんさん、マミーのクレジットカードになってるよ、それ。マミーのクレジットカードじゃない、大丈夫？お前ガッシュ、ちょっと。俺いい。ありがとう、くむちゃんさん。I love you, thank you. ありがとう。ありがとう。ちょっと待って。ありがとうございます。これがカツアゲ。かわいい。本気のカツアゲボイスください。オラオラオラ、お前らナスボ出せこらお前らオラオラオラってオラオラお金を起こさなかったら、どうなるか分かってるのかオラオラオラご飯おごれカツアゲか。物騒なこと言うでないぞ、お主ら。お主たちお主たちそなたたち俺はカツアゲなどではないのだぞ。ありがとうみんな、でも本当にありがとうございます。ありがとうございます。言いました、可愛い声で。ありがとうございます。どうでしょう、可愛いでしょ。はい。可愛いでしょ。ほらね。可愛かった。ほら、可愛かった。はぁ、可愛かった、可愛かった。やめろしやめろし、税金として納めるはずだったお金ですカッパラさんの税金納めるはずだった税収をオラに納めてる。かわいそうあはん当然ね、あたいにも納める義務あるものね。ひざまずきなさいありがとう、カッパロさん。夜中構成。やばいやばい、本当に。カッパロさん、ちょっと、あれだよ、自分のためにもお金使いなさいよ、あんたたち。待って待って、俺のハス貯金がありがとう、レライスカさん。ハス貯金が、あれでしょ、なんか小銭をカンカンに入れるやつだ、カンカンに。国民年金を払わなくなったので、老後はリスナーたちに養ってもらえるんですよねとか言ってそんな福利厚生ありません。当配信にはそんな福利厚生ないぞしょうがないや。でも養って死んぜよ。一日一善一日一善だよ、マジで。いいだろう。毎日おかゆ作ってあげるね、老後だから。おじいちゃん食べやすいおかゆだよ失言失言言質失言漢字読めないっちありがとう。でも本当にくむちゃんさん、カッパラさん、そちらいつかさん、あ、現地漢字読めない漢字読めない。漢字読めなかったから意味が分かってないから、それはなしだな。漢字読めなかったから意味が分からないんでなしです。あはははくむちゃんさんくむちゃんさんまで。ほら、カッパラさん、くむちゃんさんの明日の朝食になるはずだった200ビッツがくむちゃんさんのお昼ご飯がありがとうだけどありがとうだけどお昼ご飯は召し上がってください。じゃあ私は代わり雑業なんだ返納よし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 。雑業ね。よくでき、あ、剣能合ってる。やめました。いや、ありがとう、ほんとに。クージャーさん、カッパルさん、ライチカさん。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ビッグラブ。
ビッグラブ投げました。ビッグラブ今投げました。パパ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 パっつって。ありがとう、マジで。ほんまにありがとう。ごめん、本当にありがとう。すまん。でもみんな明日美味しいご飯、自分のために食べなさいよ。ちゃんと。あんたたち明日美味しいご飯食べなかったらダメなんだからね。もうあんたたち食べなかったら私どうしたもんだか。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。天皇、神仏、国家、公共団体などに金品を差し上げること。ユナコが神ってこと？そうじゃん？私が神だ。お前だったのか。神々の遊びだ。ありがとう皆さんありがとうございます。投げ中です、今の。ありがとうございます。投げ中投げました、皆さんに。届いたでしょ？私の熱い投げ中。ありがとう、ほんまに。全部でね、1446ビッツだって、貢献しましたって。皆さん本当に応援いつもありがとうございます。我は神だ。そう。エネルじゃん。本当にありがとう、本当にありがとう。ありがとうありがとう、みんなありがとう。マーヤちゃんだっけサヤちゃんだっけ忘れたけど、撮ってるやん、ほら。イーファが座らねえから。ありがとうございます、本当に。みゃーやはははは。そう、やははははだ。イーサだったわ。お兄様、帰りなさい。お父様からいろいろお話を聞いたわ。あまり危ないことは、それは私が言うことじゃないね。さあ、お父様がお待ちかりだわ。お待ちだわ、言ってあげて。おじいちゃん。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。なんかね、昨日も言ったんだけどさ、なんか一応みんなさ、いろいろやってくれてるからさ、新しいさ、いろんなものとかをちょっとお願いはしてるんですけどね。ちょっと準備がまだもの。ごめんね、ほんと。めっちゃ近くない？ちょっとマジ中距離じゃないこれ。王様と、これガチ恋距離じゃん。ガチ恋距離すぎ。ガチ恋距離や。ありがとうございます。キーハよ、そしてフィッシュベルの子らもよくぞ戻ってきた。お前たちがわしに隠れ何をしていたかはそこの老人が全て話してくれたぞ。はい。その老人の話が全て本当なら、この世界にはかつてたくさんの島があり。なんかごめん、今このタイミングで言う話じゃないけどさ、キーファのさ、頭頂部さ、ちょっと黒くなってるじゃん。そういうデザインなんだと思うんだけどさ、あれさ、あれなのかな、髪の毛染めててさ、不利になってんのかな。もともとキーファって髪の毛黒かったんかな。キンパじゃないのかも、キーファ。不利んじゃん、頭。何らかの理由により消えてしまった島を世界に戻す冒険をしているのだそうだな。我々は皆ニョラコの弟子ではないのかって。そしてお前たちが再びこの城に戻った時、新しい島が現れるはずだと。だってサボってんの？サボってるよね。我々はファミリーでニョラコはベイビーです。正直わしは半分疑っているが、一応調査団にその島を探させている。カラバンハートの時は金末だったよ。じゃあキンパなのかな。もうリーサちゃん、リーサちゃんがちょっとコメントでちょっと隠れちゃってるけど、リーサちゃんのこの被ってる被り物からちょっと見えてるこのなんだろう、もみあげ的な前髪のところ、前髪の横髪のところがちょっとキンパだから、キンパはキンパなのかな。でもなんかリタってサボってるしか見えないけどね。クムニャンさんが逆に私の師匠だよ。師匠、お師匠、クムニャンさんお師匠。新しい島が現れていたなら、キーハ、お前のこともそこの老人の言葉も信じよう。早ければ調査団ももう間もなく戻る頃だ。
よりバーンズ王に報告いたします。先日現れた北西の島よりはるか北に新たなる島、火山の大陸を発見しました。ほら言ったじゃん。クーニャンさんはニュラコのファーザーですね。はてなって。はにゃ？ご苦労であったな。下がってよいぞ。上がってよいぞ。メロメロアロー。これでどうやら間違いないようだな。老人よ、すべてはそなたの言った通りだったな。はい。いかにもじゃよ。先日の会議ではそなたを信じずすまなかった。心より詫びさせてもらおう。はい。そしてキーファよ、お前たちの働きがなければこのことは永遠に分かることはなかったかもしれない。お父さんなんかドラ息子なのにちゃんと見るとこは見てるの。大活躍だったな。礼を言うぞ。だがな、はい、ここで始まります。お前が今後も旅を続けることはわしは断じて認めん。おひゃおおよ、それでは約束が違うじゃろ。で、モノセンチさんこんな声だったんだ。よいな、キーファ。たとえ何があろうと、お前は将来この国の王となる身だ。世界を元に戻す旅は他の人間に任せ、お前はこの国のことだけを考えるのだ。お父ちゃんの気持ちもわかるけどね。マリベルも王様の言う通りだぞ。アミットさんはマリベル一人娘だからその気持ちわかるで。お前は大事な一人娘なんだ。もしもお前の身に何かあったら、わしはクージャーさんが私は父親になる準備ができていない。とにかく今日のところは帰るぞ。さあさあ。急に私みたいなベイビーができたらそれはびっくりするような。ベイビーで、ママベイビーだよ、ベイビー。パパ、ちょっとちゃんと帰るから引っ張らないでよ。パパ、息子よ、俺はむしろお前にそんな勇気があったことを嬉しく思うブルカノさん。が、海の男なら引き際も肝心だ。さあ、今日のところは家に帰るぞ。相変わらずリンゴ握りつぶそうな筋肉してますね。パパ、みんな食べねんじゃないぞって言われて怒られて終わってる。慎重な男だとばかり思っていたお前がこんなことをするとは予想外だったな。大胆でしょ。私結構大胆なところあるのよ。ま、俺はバーンゾーやアミットさんのように頭ごなしに反対はしないが、いずれにしても人に心配をかけて冒険をするのはあまり感心しないな。ブルカノさんはなんか話が分かる男だよな。かっこいい。さすが海の男。お前としてはどう思っているんだ。今後も冒険を続けたいのか。はい。たとえ一人きりでも生きたいと思うほどその決意は固いのか。じゃあそうか、分かった。ならば俺もお前を引き止めるのはよそう。バブー。お前も海の男だ。一人でどこまでやれるか試すのもいいだろう。ただし決して無理をしてはダメだぞ。危険だと思ったら逃げることも一つの勇気だ。はい。さあ、何にせよ今日はもう遅い。今夜はゆっくり寝るんだぞ。バブー。いくらちゃんいや、俺もいいわ。食べてなんかいいと思うな。やった方がいいよな。いいよ。私はな、別にキーはまあな、別に家にいた方がいいと思うんだよな。今はな、危ないからな。王様になるしな。絶対にこの島をの国を守った方がいいと思うよ。ウリナさんはみんなのファーザーよろしくファーザー。うちは今何を言ってるんだか、これも一種の存在しない記憶かとか言って。いくらちゃんかな。ちゃんはい、チャーハンはい、バブーよ。なあにせよ、夜遅い、もう寝ろ。はい。あどうしたんだ、寝込んで無理なのかい。そんなことがあったんだろうね。無理もないかもしれないね。ベッドの上に寝れ横になれば
知らないうちに一万4000青いみんなのか。オラの父ちゃんと母ちゃん。オラの父ちゃんと、あ、逆。オラの父ちゃんと母ちゃん。オラの父ちゃんと母ちゃん。なんかチュースをパパとママと、チュースじゃない？近っ。むしろしてる。マミーとチューしちゃってるこれ。オーマイガッシュ。そんな、いいんですか子供見ちゃって。いいんすかパパチュー。野崎さんお疲れさん、おやすみなさい。ありがとうございます。おやつみ。オラの父ちゃんと母ちゃん。オラ子供。オラ真ん中。いいな。あんまりこう、お父さんとお母さんとこんな、頭かけどうした頭かけどうした急に。どうしたびっくりした。そんなみんなに届いたりするんだね。あら、この間に生まれたオラ、可愛すぎじゃね？ボルカノさんめちゃめちゃいかちいのに。ボルカノさんもちっちゃい時こんな感じだったのかな？お目目とかお母サイズなのかな？あれ。そうかもしんないね。目つきママだもの。そうかもしんねえよ。いやー、ありがとうございます。本当に皆さん。楽しくできております。皆様のおかげで。ありがとう、みんないつも。本当に、ありがとう。ありがとうございます。おやすみ息子って言われて。クージャさん。野崎さんはあれだよ、好き嫌いが激しいから、子育て絶対大変だよ。野菜嫌いとか言ってるから。大変だ。よし。ということで、まあ、切りはいいんだけどね、とりあえずどうなっちまってるのか、話とか聞いてからでしょ。あれ、お父さんはもういないね。あら。おはようにょらこん、父さんなら早朝に起きて寮へ出てったよ。なんだか心ここらず時間をしてたけど、あんたのことが心配なのかね。やっぱさ、一人息子だからさ、ここのお家も。ここにいたのか、東堂葵。あ、ここにもいたのか。やっと起きたのね。まったく、どれだけ人を待たせば気が済むのよ。よよ。東堂葵さんの声だった今。合ってる、東堂葵で。まったく、こっちはパパを説得するのに徹夜したっていうのに。簡単だよ、あのパパ、納得されるなんて。もうそれ以上私のことにズベコを言うんだったら一生パパと口聞かないからねって言ったら終わり、終了。はい、これでターンエンド。オラの勝ち。こんな簡単だよ、あのパパ納得させるなんて。マリベル、そんなことお父さんに言わないでよ。いいよ、もう分かったよ。危ないことはあまりダメだよ。分かったからって言って終わりだよ。そんなパパなんて。ね、どうせあんたのことだから、一人ででも旅に出ようとか考えて。呪術のキャラクター？うん、呪術のキャラクター、でも東堂葵さん？存在しない記憶の話。そういうことね。そういうことか。考えてないでーす。そんなこと言ったって、この私は騙せないわよ。だいたい何言ったって信じてもらえないから。言っとくけど、楽しいことを独り占めしよったってそうはいかないんだからね。今日は問屋がおろされてんでいだって。当然、私も一緒に行くよ。いいね、今の言い方。当然、私も一緒に行くよ。可愛かった、マリベル。いた今の。一緒に行くよ。確かずっと北の方に火山の大陸がどうとかって昨日言ってたよね。でだ。さて、じゃあ早速そこに行くわよ。どこまでやろっかな。本当はもっと進めたいんだけど、進めていいか。そうそう、キーファのことだけどさ。どうしたキーファのこと。いいじゃん、ほっとけ。あいつのことはまあしょうがないわよ。あれでも一応王子なんだから。マリベルのこのズバッとしたとこいいよね。あいつのことはもう忘れましょう。ここから先は私たちだけで行くことにしましょう。そうしましょう。ミカさん、京子さん。どんどん進めたいよね。どんどんやろう。ロンドン行こうぜ。とりあえずセーブ。セーブします。いや、にしても援護一瞬じゃなかった。ちなみにオリジナルの援護ってもうちょっと長いで。もうちょっと。ちなみにだけど。ダンジョンもちろん、なんか、まあでもなのかな。
いやちょっと短くなってたかなって感じだったな。待って、ねえニュラゴン、今さらお後ろに立ってどうにもならないわよ。船は、あ、そうだったわ。はい、そっち行けてる。はい、すいません。はい。ダンジョンがね、ダンジョンめちゃくちゃイージーだったし、本当に悲しいのは、もう弱点これですって分かっちゃうことかな。あ、でもこんぐらいでもいいのかもね。テンポよくかね。テンポは確かにめっちゃいい。なんだったらテンポ良すぎて、なんかもう、リズじゃあムに乗るぜ。動かしちゃいましょう。せーの。でもそんなんじゃダメ。でもそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。ちょっと重すぎるわね。私じゃどうにもならないわ。そうだね、非力だね。どうしたらいいのかしら。ね、あんた考えなさいよ。あんた考えなさいよね。テコの原理じゃないですか、マリベルさん。わかりますか、テコの原理って。それがもう一人呼ぶというのはどうでしょうか。動かせないんじゃ仕方ないわね。何か蓋を動かすに使えるのがないか探していこい。あ、マジですか。そんなのあるんですか。ちょっとこんなんなかったね。いや、テンポはいいよ、もちろん。どうやら間に合ったみたいだな。さすがキーファ、泥棒よりも城から抜けるのうまいな。待たせたな、二人とも。さあ、冒険の続きと行こうぜ。待たせたな。さあ、行くぞってやつじゃん、これ。種食わせる。種食わしたくねえよ。ちょっと待ちなさいよ。あんたはお城にいるはずじゃ。毎度のごとく抜け出してきたんだよ。親父と話してはみたんだけど、やっぱり納得してもらえなくてさ。はい。兵士連中の目が厳しくて正面突破は無理そうだったから、城の裏の崖から海に飛び込んだんだ。やべえやつだろ、こいつ。はあ、崖から海にってあんたどんだけ無茶するのよ。これ抜け出すのはいいけど、一生城で帰れなんじゃないかって、帰れないんじゃないかってことは考えないのかな。でさ、どうにか頑張って泳いでたところを偶然この人に助けられたんだ。この人偶然ではないぞ、キーファ王子。お父さんじゃん。君ならどんな手を使ってでも城を抜け出すと思っていたからな。密かに様子を伺っていたのだ。このパパの声が東堂葵さんってこと？ボルカノさん、どうして。本当なら俺は命がけの冒険に出ようとするお前たちを止めなければならん。はい。だができない。やっぱどうして？俺は海の男だ。ガキの頃から漁に出て、ここの海の広さを誰よりも知っている。だからこそずっと夢見ていたんだ。この広い海のどこかにまだ見ぬ世界があったとしたら。勇敢な海の戦士だったんだ。お前たちはその夢を叶えてくれた。これはきっと他の誰でもないお前たちだからこそできたことなのだ。まあでしょうね、主人公なんで。はい。俺にはお前たちを止めることができない。だから一つだけ聞かせてくれ。お前たちに覚悟はあるか。いろんなリメイク見てるけど、エベさんが悪い両リメイクだったのだと気づかせない。いやマジでそうだよね、熊屋さん。マジでそれは私も思ってるよ。あれめちゃくちゃリメイクいいよね。いいゲームじゃなって。いや、お兄さんいらっしゃいいらっしゃい。完投されねえかな。されるね。間違いねえ。おもろいですよ。まあオリジナルの方がもちろん私は好きなね。さっきからずっとなんかそのお気持ちを表明するんだけど、いいと思うよ。話とかはちゃんとストーリーもできたし、ちゃんとこう話とかで。はい。辛い目に遭う時もあれば悲しい思いをする時もあるだろう。はい。それでもなお立ち止まることなく進み続ける覚悟はあるか。ここに愛はあるんか。止まるんじゃねえぞ。もちろんだ、ボルカノさん。俺はこの旅で自分にしかできないことを見つけたいんだ。はい。そのためならどんな困難だって乗り越えてみせるさ。ドラクエ7は原作超えてくるとき対話するね。そうだよね、してたよね。私はキーファみたいに立派な目標なんてないけど、
うんこんなに面白い旅をやめちゃったら後できっと後悔すると思うの。そんなの死んでもお断りだわ。ホーケシーは猫をも殺すって言いますよ。息子よ、お前は聞くまでもないか。お前は小さい頃からずっとこうと決めたら譲らない子だった。父ちゃん、今のオラのうなずきでそこまでのことを思ったのか。父ちゃん、オラのことすごい見てくれてたんだな。感動だ。お前たちの覚悟受け取った。後のことは俺に任せてくれ。はい、キーファ王子、はいマリベルお嬢さん、はい、息子よ。息子よ。マリベルお嬢さんに関してお父さんと呼んでくれてもいいんだぞ。行ってこい。俺の、いや世界の夢を託したぞ。めちゃめちゃバルカノさんいいお父さんだよね。掲げなかあかん。拳を上に、拳を空に掲げなかったら仲間に入れないシステム。それいや、私たちも掲げたら仲間に入れるかもしれん。ボルカノさんとかのさ、こういう描写はさ、もちろん原作にはなかったからさ、そういうのはいいよな。いや、そういうのはいいのよ、別に。援護終わりました。キリン種食べさせる？俺たちの旅が世界の夢か。へへ、ちょっと照れくさいけど、ボルカノさんにあそこで言われちゃもう後戻りできないな。改めて、ここからが俺たちの冒険の始まりだ。さあ行くぞ。行こうぜ205マリベル、へい。まったく、キーファみたいな無茶ばかりの大バカ王子は世界中どこ探してもいないわね。でもまあ、今回ばかりその心意気に免じて連れてってあげましょうかね、ヨナゴン。そうだね。てか、開けられないですよ、マリベルさん。種食わしてもいいけどよ。いいよ、別に。食わすか種。何食べる？力の種か。あ、力の種か。あ、そうしてもいいよ、別に。はい。はい。はい。食べました。仲間入ったんで、はい。あとはもうニュラゴに食べさせる。イートとか。命の木の実とか。自分にあげるって決めてるの、いつも。あ、僕もでかっ。でかー。でかー。これ、確定後、あ、そんなわけないよね。2ポイントか。絶対自分に使うって決めてんだ、これは。決めたね。あ、今はいいでしょ。キーファーは種泥棒と有名ですが、いいな。そうよな。種泥棒と有名ですが、使ってみました。で、どうなることやら。やっぱ種泥棒がチカの種食べたから開いたわ。種食べさせてなかったら開いてなかったかもしれないな。入れなかったかもしれねえ。ほら、行くぞ。冒険の始まりだ。船乗りますか？はい、乗ります。海が、もしかしたら、可能性あるらしいもの。可能性？なんだ？なんのにゃ？ちなみに海が一番ガチで強いっす。今、マジで一番ビビってるの海っす。海の敵、マジで強いっす。マジで全滅あるっす。あ、でも、強くなってるから大丈夫かな。あ、もう大丈夫。みんな作戦、YMCA ちょちょろちょろちょちょ YMCA ガンガン行こうぜ。めんどくさいから勝手にやってくれ。やべえ、強くなってるから全然余裕だわ。ごめん、強くなっちゃってる。オラたち強くなっちまってるかもしれねえ。しくってるなこれ。水流切りが効く効かないとか、この辺はなんでボス戦ではこれが弱点だよとか教えてくれるのに今教えてくれないんだろう。体はそうじゃないだけかな。そうか。昔のドラクエの海の時強かった記憶ね。強かったよね。でもなんかより一層でもちょっと強くなっちまってるなオラたち。早く転職みたい。ほんまやな。でもすぐじゃない。順番あんまし、あ、ちょっとここじゃないわ。覚えてないけど。ちょっとレベル上がったら余裕だわ。ごめんだけども。ごめんねみんな。サクサクで。サクサクパンダよりサクサクで申し訳ないわ本当に。ホラが強くて申し訳ねえ。
さっき構えたやつとかにやられそうになってたの結構懐かしいな。もうやられないかもしれない。ティファってこんな、そうでしょ。なんでこんな強いんだろうね。一応ね、武器とかはちょっと強くしちゃってるかもしれない。その、武器とかで。なんだこれどうするの？5秒か。スライムの剣とか、その、ダウンロードコンテンツのやつをつけてるからというのも、もしかしたらあるかもしれない。けど、あと、この、心とかはちょっとつけてる。お金いっぱいお金いっぱい欲しかったりするから、その辺はちょっとつけさせてもらってるか、せっかくあるしなとか思ったりとかして。にしても強いよね。一撃こんな強くないはず。だからね、簡単になってると思う。もうこれだけ私が言いたいのは。やべえ、ごめん、強くなっちまってるから苦戦しないかもしれねえ。もう申し訳ねえ。ほら、申し訳ねえよ。簡単になっちまったよ、このゲーム。やっぱ経験値倍はサクサクを目指しているではいるが、敵は強くしてるはずなんだが、でもやっぱりでもこれあんまり関係ないと思うんだよな。なんか昔やったことあるないとか関係ないと思うんだよな。お、バイシオン。なんかそういうこと関係なくこのゲームがマジで簡単だと思う、正直。ヤラゴン、ここって火山があったあの島よね。こっちだと村はどうなってるかちょっと見に行ってみましょうよ。わかりました。なんかね、サクサク目指しすぎるってちょっと簡単すぎるかもしれない。この多分私がこの経験値ちょっと増えるやつとかつけてなかったとしても多分サクサクだと思う。これぐらいなんつうかすごくスムーズですね。ビューンパ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 ビューンビューン。これいくらぐらいでした？ごめん、ちょっと大きくなっちゃった。ごめん、ちょっと待って。大きくなっちゃった。びっくりした。ちょっと待ってね。これは私、アーリーアクセスのデジタルデラックス版みたいな、やつを買ったので、コメントをちょっと遡りたくて。ごめん。ちょっと裏に行って、コメント読もうと思って、マウススクロール回したっけ急にでかくなっちゃった。ごめん。そう、なんで、で、いくらしたかって言ったら、1万ちょいした。1万いくら ?800 いくら ?1 万800いくらとかが1万1000円ぐらい、約ね、した。通常版は8600いくらで、だいたい9000円ぐらいします、今、定価。で、私はスチーム版でやってます。スイッチ2、スイッチ、スチームで出てるのかな、プレイステーションとか出てるのかわかんないんだけど、で、はい、出てて、で、ちなみにスイッチ1とスイッチ2は、互換したいらしいんで、スイッチ2で買っちゃったら、スイッチで買ってやって、スイッチ2手に入ってから、じゃあスイッチ2でドラゴンクエストの続きヤッカーができないらしい。気をつけて。昔のゲームは長く遊んでもらうために難易度を高め使えて、そういうことなのか。長く遊んでもらう。いいのにな、別にそれでな。みんな壺に入った？大きくなっちゃって。キルさんいらっしゃい、ラブリーン。ここ援護ね、さっきの。あんたらは知らねえかもしれねえが、この村にはホムラ祭りって祭りがあってな。なんでも、炎の山に住む炎の精霊に、捧げる。それはもう盛大な祭りなんだってよ。なんか俺が住み着いてからもう何年も経つのに祭りなんかありゃしねえのよ。なんでだろうな。そういうハプニングもありますわ。横になってるわい。うわっ、急にメダル。なんかこの寝方ちょっと心配な寝方してない？このベッドのこの寝方心配なら首辛くないかこれ。うわー、温泉で頭と、あとはもう寝るしかないでしょ。おやすみなさーい。幸せそうで何よりですわ。
ぴゃ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 。あんたたち、ための方ね、ようこそ援護の村へ。温泉に入りたいなら、村の真ん中で井戸の下よ。井戸お湯だったからさ。えい。やや、や入ってないっす。はいはい。ああ。あはん。よーし。そう、やるならね、さっきクージャンさんからもおすすめですかって聞かれて、私は定価で買わなくてもいいと思うっていう対応をした。いや、あんたらはタミルドだね、井戸の地下にある温泉行ってないです。でここの温泉は足湯っていうのが売り。あ、そうなんだ。読んでいるのことか足を湯につけて入浴を楽しむんだ。足だけとはいえ、効き目はすごいよ。お肌はピチピチつべすべ。体の悪いところはバッチリさ。お、すっごい効き目になる。それすっごいじゃん。本読みたい。あ、出た。冒険家ヌルスケの日記。これね、原作にもあります。オリジナルでもある。私は冒険家とはいえ、類いまねられる方向音痴で、私としては西へ東へ行ったり来たりしてるうちにあるものを拾った。数ヶ月前のことで山で遭難しかかった時に山道で小さなメダルを拾ったのだ。私はそれを何気なくポケットに入れた。ヌルスケ。ニュラスケかもしれない。最近村の者たちの精霊のなるほどね、意識が薄くなってる。はい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 。おい、あれれ、この辺いいもんないや。僕どこに落としちゃったのかな。僕の宝物まん丸ボタン。こうなったらパミラおばあちゃんに。パミラ占ってもらうしかないかな。でもおばあちゃんお金取るしな。あれれあれれ。わ、なんか踊り子さんいらっしゃる。いらっしゃい。できたばかりで小さい子だけでゆっくりしてってよ。この村のこの魚が頭のがまあうまい酒が飲めるな。俺は文句ないかな。待って、ダダンス。見て、私のこの情熱的なダダンス。リズムに乗れてると思えないな。それを思い出したんだ。なんかダダンって聞いて、なんだったっけと思ったらこれや。おら、あれ、なんかこの家 お料理作ってたのは女性だったのに、女性が座って男性が料理作ってる。美味しそう。こう見えても俺っち料理が得意なのよ。今日も愛するワイフのためにうまい飯を作ったるぜ。彼の料理って味はまあまあなんだけど、見た目がちょっと荒々しいというか、なんていうか、この前のシチューなんてお芋とか人参とか丸ごと入っちゃうのよ。ワイルドでいいじゃん。作ってもらってるのにね、文句言うのは良くないと思うよ。今の時代にそういうのって結構延長しがちだから言わない方がいいと思うよ。分かった。ってめっちゃうなずきますやん。めっちゃうなずいてますやんけ。本当に気をつけな。炎上するよ。あんたたち作ってもらってるのにそんな文句言っちゃダメだよって言われるよ。ここがパメランチ。パメラだっけ。パミランチ。いらっしゃいませ。占い師パミラ様の占いルールはこちらです。私はパミラ様のアシスタントイルマです。お名前変わってないんだよね、ここね、実は。私これ嫌いなのよね。大炎上。もう SNS で大炎上。大叩かれ。大叩かれで今あんなんやったら。写真撮って、私このパン嫌いなのよね、っつって。は？作ってもらってるものなのにそんなこと言うのか。祝ってもらってるのにそんなこと言うなんてひどいよ。おばあちゃんがかわいそうだ。あ、芋焼酎さんこんばんは。いらっしゃいまし。茨のムチいる？いらないよな。分かった、いらない。いらん。あ、待って、こんな無造作にあっていいんですか？パパパパーン。ドラクエ10いつ出るんだろうね。いや、ほんとだよね。出るのかな。なんかドラゴンクエストのね、なんか話、このセブンが出るにあたっていろいろなんか記事見たりとかしてたけど、いや、本当かどうかは知らん。まあ、そんなちゃんと詳しくは見てない。なんか新しいのはもしかしたら作ってるのかもしれないけどわかんないけどね。なんか基本的にはなんかね、いろんなゲームのねリメイクをこうどんどんなんかやってるみたいで。
だからもしかしたら私が好きなドラゴンクエスト6とかも来るかもねみたいな、チラッチラッみたいな感じだった。だから12が新しく本当に全く最新作みたいな感じでどのくらい出るかはちょっとわからん。お客さんからいらっしゃいいらっしゃい、わしが占い師のパミラだよ。おや、私の名前なんか変だったかね。いいえ、変じゃありません。この名前はわしの、家系の中でも占いの力を持つ者に与えられる特別なものなんだよ。なんでも昔この地が災いに覆われそうになった時、初代のパミラさん、あれ初代のパミラさんなんで、全く認めてたけどね、炎の精霊の使いを導いて災いを取ったとか、それに初代のパミラ様は薬師としても有名だったようだが、わしはさっぱりダメだけどね。おっといけないあんたたち、あんたたち占いに来たんだろ。どれどれ、顔見せてごらん。あんたは探し物をしているようだね。見えてきたよ。宿屋の前の建札、そこに何かが見えるね。探し物はあるんですね。星空の守り人のリメイクって、私ちなみにだけどドラクエ9ね、やったことないさ。DS のやつだよね。DS か 3DS かちょっとわかんないけど、実はやってないの。本当に一回見たことないの。だから私はそれはちょっと、もしリメイクされるんだったら結構気になる。全くやったことないから。でもすごい人気だよね。わしの見たところはこんなもんだね。さて、減量っていうのかな、いただこうかね。555で負けたけどさ、払ったちょっとなんかいいけど、いいえ、なんかね、いいんだけどさ、お金取るってなんて言えばいいの、ちょっとがめついな。いいんだけど、まん丸ボタンでしょ。ちゃん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 、さっき子供がなくしてたまん丸ボタンゲットした。あたいがなんで占って子供の占いじゃないんだろうね。自分の占いしてほしかったよね、どっちかって言ったら。ほら、あ、お兄ちゃんたち持ってるの僕の宝物のまん丸ボタン。よかった、見つけてくれたんだね。それ僕に返してくれる？はーい、ありがとう。代わりにこれあげるね。お、やった、猪木くんゲット。Thank you。えんやで返すわけねえだろそんなことしない。返してあげるよ。子供に優しいからね、私。ね子供に優しいから、またい。あんたたちには優しくないけどね。あんたたち困ったね。そりゃ温泉は好きだけど、洗濯はどこにすればいいんだよ。洗濯風呂でやってればいいんじゃねえのか。しょうがねえから。30ゴールド。ここが何を聞くて幻の温泉か。ここなら私の枯れかけた声をバッチリであるかもしれない。飲むの？足に湯をつけただけでは治ってくるだろうか。絶対無理だ。悪いけど、このお風呂には入れないよ。ここの温泉を気に入った大金持ちが飛びつかってた専用風呂。誰だそれ。何のフログだこれは。なんだこれ。これ。働いた後のヒトプロは体に染み渡るぜ。これ靴を履いたままあるのはマナー違反じゃよ。普通に靴濡れるじゃん。どこで誰に話しかけられてる？誰に話しかけられてる？このおばあちゃんに話しかけられてる？ここ以上カメラが動かないよね。おじいちゃんに言われたのかな。靴脱げないんだけどどうすればいいの？入りたいのに。おじいちゃんに言われてんだって。入りたいのに入れない。靴脱げないから最悪や。思うんだ。オラも入りたかったのに靴が脱げねえから入れないって言われたよ。なんかね、カメラワークがね、限られてるところもね、結構あるんだよね。視界が遮られてるから。あれ、なんか村長でかくなってる。なんか桜なり今急がなければ後で急いだら間に合わない。勇者ヘッポコプ噛んだ。
勇者ヘッポコくんって言いたかった。ヘッポポプンってなった。第一章、勇者の目覚めという楽しげな本がある。今日はヘッポコくんの16歳の誕生日。いつものようにお母さんにベッドから叩き起こされました。お母さん、ヘッポコや、今日は恐れに追われてるの忘れたのかい。キーマのことじゃね。ヘッポコくんは、やばい、言えない。ヘッポコくんってめっちゃ言いにくい。ヘッポコくんは慌てて服を着替えて恐れに向かいましたとさ、続くんかい。金、マジで払ったら金のとこ。で、これ村長さん。なんか村長さん、後ろから見たら、なんかこういうさ、ドラゴンクエストのさ、ドラゴンボールのさ、キャラクターいるくない？ミスターサタン？あ、違う、なんか、いるくない？こういう髪型の人。おー、止める方だ。いや、よくいらっしゃいました。どうですか？いや、お切り召していただけませんでか？そうですか。やはりまだまだ。やはりもう少し飾り付けなど派手にして見た目だけでよくしなくては。あとはもっと、旅人向けの味噌など用意して、このね、めちゃめちゃあっさいね。トラブルの校長先生わかる。トラブル見てないからわかんないけど、こんな校長先生なの？結構なんかあれだね。なんか、あれさ、ファンキーでは悪くない？なんか結構、斬新。この山に興味、待って、山に行かなきゃいけないのかな？用事あんのか？なんか全然、でも行かなかったらないよな、石板多分。ガチでまあそうなの？トラブルの、校長先生？そんなことないんだよね。なんか、こういう、なんて言えばいいの？女の子と、なんか、なんつうの？ラブトラブル？なんて言えばいいの？なんつうんだっけ、その、ラッキースケベみたいな。ラッキースケベ系の、なんか、アニメとか漫画ってあんま見たことないかも。ラブコメとか、そう。なんか、ラッキースケベ系じゃないの？あれって。違うの？あれ？そうだよね。あんま見ないかも。本当で来るんだ、これ。あら。ラッキースケベも、何する？ラッキースケベラレも何のベか？何のベって言ってなかったのか？イサルさん。何のベか？打ち間違いか？せい。ちなみに今日はちょっと釣りキャンかもしれない。釣りキャンかも。ごめん。本当に釣り楽しみにしてる人マジでごめん。釣りキャンやりたいんだけどな。ドラクエ進めたいね。せっかくこの、実は熱いうちに打ると。今回は5時で、ラッキースケベラレモ。じゃないんだな、これ。どういうこと？ラッキー、どこで切るんだ？ラッキースケベラレモ存在します。むずい。ラッキースケベラレモ存在します。もうだよな。もうできるな。だから、ラッキースケベラレモ。スケベラレっていうのがあるの？もう存在してどういうこと？釣りキャンプかなって。確かに。釣りキャンセル界隈じゃなくて、釣りキャンプ界隈だ。笑わせないで。ちょっと。むずいんだもんだって。どこで切ればいいの？じゃあ、ラッキー、スケベラレモ存在します。永遠な消防隊見てないんだよね。そう、見てないんだよ。もう残念、見てないんだよ。畜生。はい。いいえ。ないんだよ。ツイキャンセル、ツイキャンニ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 ャン。マリアン、アイスのがいて、マリア様いてないんで、その永遠の消防隊出てくるの？スケベラレって言うと、永遠の玉木が真っ先に置くスケベラレってどういうことなの？そう、説明してほしいかも。説明しよう。スケベラレとはどういうこと？スケベラレということ？スケベとケロベロスみたいな。スケベロス。おりちょり探索します。ちょっと。
待って。いや、いいわ。ごめん、やっぱりいいわ。こっちになった。来なくて。大丈夫だ。後で行く。スケベられというのはどういう状況のこと、状態のことを指すのそれ。スケベられ。スケベられるってこと？女の子にスケベられるってこと？うわ、もう一撃じゃん。うっそ、マジかよ。悲しいよ、オラは。オラ悲しいよ。お前らだけは一撃。キャー助けておしょわれるあ、ラッキースケベされがちな体質。あ、そういうことね。そういうことなんだ。あうー。襲われた。スケベられがちってそういうことね。あ、なるほどね。それされがちのられがちか。なるほどね。わかりました。でもラッキースケベられがちはもうわかりましたぞ。イントネーションバッチリ。ラッキースケベされがち。ラッキースケベられがち。ラッキースケベられも存在する。ラッキースケベられも存在する。オッケー、言える言える。オッケーオッケーオッケー。来てるよ来てるよ。これ来てる。思いました。永遠の勝負での玉木さんっていうキャラクターはそのスケベられがちなんだね。なんか女の子がさ、キャーとか言ってさ、あんなさ、ラッキースケ、あ、ラッキーだから、まあでも、偶然狙ってるでしょわかんないけど、偶然なこともあるんでしょうか。いいよだって、強すぎる。ごめんだけど。あなたたち、もうマリベルも最強よ。やばい、マリベルの最強出てしまうかもしれない。おー、すべてを燃やし尽くすマリベル。毎回自分で転んでなぜか裸になりがち。どういうこと？そうなんだ。毎回自分でこれで、玉木さんっていうのは男性なの女性なの？マリベル強すぎる。そうなんだ。女の子がキャーって転んで、なんか、裸になっちゃって、その男の子が、おいみたいな感じになるっていうラッキースケベ展開なの。なんで服脱げちゃうんだろうね。不思議不思議。ちなみにこれゆきさんですね。素晴らしい。ずっと結城葵さんの声が聞けるという神ゲーム。でも定価では来なくていいと思う。ピタゴラスイッチ。あ、なるほど。そうなの？ピタゴラスイッチ、ウケる。テンポいいね、ピタゴラスイッチみたいに服脱げるのって。戦闘キャンセルできればいいんだけどさ、あまりにも余裕すぎるよ。あ、出た。なんでこれキャンセルできなかったんだ、逆に。なんだろう。なんで教えて、私に。パピパピパピ。魔法の聖水？SSC 水。ちょこれできんかった。ピピピピ。イオはグループいや敵全体攻撃だから強いね。別にグループはそのモンスターの同じモンスター同士のグループみたいな感じなんだけど、キラとかはグループ単位なんだけど、こういう風にして全体に当たってないけど、イオは全体なんでめっちゃ優秀。お、シャルさん2時か。もう2時ですのね。やったん、ちょっと早いですわ。お疲れ様ですわ。一応同じところに空箱とかあるのかなと思うから。ありがとうね、シャルさん。今日いろいろとお話ししてくれて。おちかいちゃん、おやちみー。わっパパパパパパパこれなんかサウテンボールの攻撃仕方おもろいな。お腹出してくるから。うわ痛い。まずいそれまずい。危なかったぜ。びっくりした。今急に牙向いてくるやん。回復。うやまた攻撃なかった。サマテンボールの攻撃仕方見てて。うわちょっとこれじゃないっす。よし行くぞ。はい、行くぞ。
ない。あ、終わったわ。残念。やってくれなかった。すごい鳩胸を押し付けてくんだよね。鳩胸押し付けてきてくれてたのに、今見れなかった、それは。あ、来た来た来た。あれあれあ、いいのか。宝箱忘れないで。インプの心ゲットしました。もうモンスターの心を手に入れるたびに胸が苦しいよ、私は。本当に悲しいよ、俺は。モンスターの心、職業じゃないなんて。悲しい。ちなみにさ、ドラゴンクエスト7ってさ、ドラゴンクエスト、なんだっけ、11みたいな感じでさ、なんか、戦いまくってたらさ、特別なモンスターとか出てくるのかなんかあったじゃん、そういえば。なんか、ゴールデンボールとかさ、ドラゴンクエスト11あったよね。ああいうの出てくんのかな、戦いまくってたら。なんか、アシュみたいなやつ。なんつうかわかんないけど。突然変異種みたいなやつ。あんのかね。まあ、なさそうだけど。あんのかね。なさそうだけど。あ、うわ、宝箱に目くらんでモンスター見逃してしまいました。また明日、シャルさん。お疲れちゃん。あれ変ね。ちなみにさ、このさ、宝箱開きません系はさ、ね、後でまた取りに来なきゃいけないわけ。また、おそらく盗賊の鍵を手に入れてからね。これは言ってもいいでしょ。大体のシリーズが盗賊の鍵だから。でもさ、ここにあるということをさ、覚えておかなければいけないっていうのは結構大変なわけ。わかりますか？もう忘れちゃうよ。覚えられない位置、頭悪い位置だから。うわっ！全体攻撃はマルベルしかと思ってないんだな。あらだ。あ、うわ。はい、強い。はい、強い。どういう攻撃のターン回ってきてるかわかんないけどさ、なんか、配信見直して探さないと。確かに。見直しするの大変だよ。すごい大変じゃん。でもだからといってメモらねえっていう。ほら、メモらねえ。ほら、メモらねえぞ。やばい、まずい。あ、また、やっちまった。うわ、ちょっとここの宝箱、もう一回開けちゃった、アホやから。もう覚えてる。なんか頭悪い位置だっちゅうの。さっき、ここ開かないって言ってたのに、宝箱もう一個あるじゃん。とか思って開けに来てる。やばい。頭悪い位置。俺たちの勝ちだ。くっそ頭悪い、マジで。びっくりした、自分で。ビビった。あれちょっともう、ありました。ちょっと。無視。落ちます。みんなが覚えててくれたらいいんだからね。あたいは覚えられないよ。バイバーイ。めっちゃ宝箱あるやん、ここ。セーブします、先。これ大事。何があってもいいよ、とりあえずセーブ。はい。お、チームだ。いや、このマリア様の石像みたいな、なんか、なんつうのこれ。マジでさ、ありがたいよな。いや、マジか。援護、とりあえず来なきゃいけないことだけ分かったぞ。絶対石板入ってる、あれ。あたりには分かる。石板が入ってるってね。キラキラポイントとかもうえい。死なこことか別に、ここ行けるとかはないんだね。オッケーオッケーオッケー。なんか塞がれてるから行けるのかなとか思ったけど、昔は行けてた気がするけどね。なんか奥あった気がするんだけどな、もう一歩。勝ったっけ。バイバイ。降ります。さっき階段降りてったらここに来るから、どうせ一番下まで行ったっけ。もうちょっと下行って一番最下層なのかハテナなのか知らんけど、ここまで来るだろうと思ったんで階段下がるのやめました。オッケー。ハットリリ。もうここにはもう正直用はないぞ。
もう要はね、これもここさ、頭ぶつかなルーラとかしたら、なんかマークついてる。入り江。なんだあのマークどこだ？ズームインズームインどこだこれ？ああ、そうだよね。全然大したことありませんでした。洞窟なのにルーラができる。もう頭別だろ普通。洞窟がダンジョンの中に入っちゃうルーラしたらさ、入れミトいらないじゃん。いらないんだなきっと。悲しいよ。オラは悲しいよ。マジ悲しい。次の石板行ってもいいか？あ、やばい。うわ、待って。どうしよう。どっちもいける。あ、どっちがどっちだろうこれ。あー、ここはあれか。フォーリッシュ。ここフォーリッシュだな多分。フォーリッシュだ。こっち行くわ。はい。こっち先行くわ。多分違うかな。ごめん、当たってなかったらちょっと恥ずかしいんだけど。ダイヤラック、ダイヤラック了解了解。オッケー。はい。ダイヤラックは残ってるんだ。逆に。いいね。やったな。仲間、見た感じずいぶん小さな島だな。人の住んでるところはあるんだろうか？あります。うわー来てしまったか、ダイヤラックに。ヨナガンは石像を調べた。長い間外に置かれてたのか、石像はボロボロの姿で立っている。なんとこれは本物の人間が石だと姿のようだ。おかしいな。どうしてこんなところ、何でもないところに石像なんか立ってるんだろう。もしかしてこれって本物の人じゃないか。まさか。こんなまさかだ。なんと不気味な街ね。わけもなく鳥が立ってくるわ。全く人の気配がしない。うわー、来たぞ。ドラゴンクエストが、セブンがうつっていうか、その暗いと言われるゆえん。あ、おじいちゃんいる。よし。第一ブルベット発見。あ、無視。でしょうな。もう絶対押すなよ石像。本当の人間なんだからな。絶対押すなよ。でももう朽ち果てちゃってるなみたいな感じだからね、ダメなのかもしれないけど、でも絶対お前壊すんじゃねえぞ。かわいそう。誰かに待って、お家まで入りたかったんだな。かわいそうに。うい。なんか物が腐っているとかそういう話とかの描写もないんだね。そうか。本の間に子供の字で書かれたメモが収まっている秘密基地に続いて、またまた大発見。街にあんな場所があるなんて。お父さんがよく行く店の下の崖、僕の落書きのすぐ近く、とんがった木の北側が入り口。大大大ヒント。大大大大大ヒント。これお父さんなんだね。この人、ホワイトジャパニーズピーポーみたいな格好してるね。ここか。うわー。かわいいんだけど。目印って書いてるって。おい、マジかよ。おい、本当に。もう順番守れみたいな感じで、ちょっと先に探索できないな。悲しいよ。自由に探索とかできないんだよ、本当に。いいんだけどさ。その流れに乗ればいいんでしょとか思うんだけど。記録できるみたい。悲しいよ、オラは。ここねってなっちゃうからな。もう分かってるから。ダイヤラックへようこそ。台座に、水神の像、水神なのかな。女の方も朽ち果ててかわいそうですね。宿屋さんかなこれ。ほい。こっち
力は何もないと。だから宿屋ってもしかしたらタダで寝れるかもこれ。寝れなかったわ。できんのかい。ゴールド。この BGM いい。ね、いいよね。なんかね、悲しいシーンはもうこの音楽だね。暗い話の時。かわいそう女の子。これ、ここだな。あとここだわ。きっと、ここもなんかあるね。美しい女性がって言って、美しい女性とか言ってた今まで。なんかこの美しいとかって描写いるか？女性がでよくないか？今までと女性だったじゃないか。穴星？必要だったんでしょうか。美しいなんとかの的岡の鈴木。貝殻棒いいですね。ヨナ君本内調べた、世界の雨乞いと書かれた本がある。中には雨を降らせるための様々な方が、書かれていた。おい。いい感じ。いい感じ。いい感じ。もう、ちょっと、回るのめんどくさいから行こう。おじいちゃん無視して井戸に入っちゃうんだぜ。やっぱなんか隠してるメダルとかないんだな。あんのかもわかんないけど。はい、おじいちゃんお待たせしました。おお、なんと珍しい。このようなところに旅の方とは。目は衰えておりますが、わかりますぞ。どうやらさぞ名のある方のようですな。これあれだね。なんだっけ、行だね。行。おじいちゃんは絶対念能力者使いだよ。行だよこれ。わかるんだきっと。オーラが。してこのような荒れ果てた地に一体何のご用でいらしたのですか。冷静に考えてさ、このおじいちゃんがさ、この島でさ、この年までさ生きていけてるビジョン何食ってどう過ごして一人でこの年まで過ごしてたんだろうね。無理じゃない？ここ食べられるものがあるとは思えないじゃん。なんとでは時を超えて失われた世界を再び元の姿に戻そうと。そんなこと信じるおじいちゃんすごいね。ずっと魚釣ってたのかな。でも魚だけで生きていける。村人おじいのくせに声がいい。確かに。誠に残念ですが、この町は元に戻ったとてもはや手遅れでありましょう。なんか声優さんとかそういうところにちょっとなんかこうお金がかかってる感じするよ。釣りと農業したのかもってこれね、異世界転生みたいな感じで一人で釣りと農業で、生きていくぜみたいな、最強なんとかコントかみたいな。ご覧の通り、この町の人間は全て石と化してしまっております。それも昨日や今日のことではありません。斜めの主人公なのか、おじいちゃんは。じゃあ斜めの主人公。せっかくですからお話ししましょう。この恐ろしい呪いが降りかかったのは今から何十年も前のことでした。あれじゃない、若い頃ブイブイ言わせたのかもしれない。カッパラさん、おじいちゃん、このイケボで。50年前のそんな前。この町では雨乞いの儀式が執り行われていました。さっき本あったよね。この土地は雨が降ることがほとんどありません。町は常に水不足に悩まされ、人々は日々の食べ物にも困るような貧しい暮らしをしておりました。なんかリアルにおじいちゃんは50年この環境で生きてるってすごくない？マジかよ、おじいやれてたんだ。このイケボでブイブイ女の子をやっぱなんか脅したんじゃない？見事で斎藤さんだぞって。故に人々は水神様を信仰し、その日も
恵みの雨を求めて祈りを捧げていたのです。間近にあるの恵みの雨だってな歌詞あるの。人々の願いはある意味では通じました。そう、確かに雨は降ったのです。しかしその雨は決して恵みの雨などではありませんでした。ペペペ一体なぜ斉藤さんだぞ。貧しくもけなげに暮らしていた人々がそのような仕打ちを受けねばならなかったのか。ほんまやな。それは今でもわかりません。このおじいちゃんはじゃあどうして生きてるんだろうね、ここで一人で。困ったな、わかんないな。驚くほど静かに、そしてあまりにも残酷に、町の人々は呪いの雨によってあっという間に石と化してしまったのです。石化って言わないのがなんかいいよね。石と化して。ただ一人食料の買い出しのため町を離れていた男。あ、肩差したのか。なるほどね。この私、出た。クレマンを除いえ、て。これ若い頃だって。おじいちゃんの若い頃。斉藤さんだぞ。ほんの少し前まで共に泣き共に笑い合っていた大切なものが物言わぬ石となり佇んでいる。クレマン斉藤さんね。その冷たい体に触れるたびに私の心は小さくしぼんでいくようでした。もうなんかなんつうかさ、買い出しどんだけ遠くに行ってたか知らんけどさ、でもそもそもこの島には他の村とかその買い出しって言ってさ、なんか建物なんてないけどね、どこまで行ってたんやって感じだし、だからそっちの方面のなんかピンポイントにここの村にしか降らん雨だったんかみたいな。いや、触っちゃったんだ触っちゃったんだ確かに。だから美しい。あ、なるほどね。美しい女性だったから、この子に触って確かに冷たい体に触れるたびにって触ってるもんね。確かに。石になるのを逃れたとて、嵐のように襲ってきた孤独は呪い以外の何者でもなかったのです。ピンポイントに美しい女性の背後になんかワキワキしてるもんね。ワキワキ。私は人々の呪いを解く方法を見つけるため放浪の旅に出ました。50年前は村とかあったのかな。長い旅になることは覚悟していましたが、それは想像以上の道のりでした。1年、また1年と時が過ぎ。ワイフか。石化した人は直さめに1回ぐらいキスとか大切にそうだよね。あ、なんかそういうのあるもんね。王子様の宙で目覚めみたいな。触れるたびって何度も触ったのか。確かに。触れるたびに、こうじゃない？ペチペチペチみたいな、わかる？大丈夫かみたいな。おいみたいな。パチペチペチみたいな感じな。セクハラね。みんな鋭いな。と呼ばれる飛躍を手に私が町へと戻ってきたのは旅立ってから何十年も後のことでした。でもこんなおじいちゃんならば旅一人でしたのってすごいけどね。クレマンさん変わってるけど。あ、美しい女性のことを言ってるおじいちゃん。いや、妻だったのかもね。確かに。となった人々は長い年月を経てあちこちがひび割れすっかり色あせてしまっていました。でもさ、だったらさ、人々って言わない、どうなんだろうね。恋人だったのかな。その様子を見て私はすぐに気がつきました。おじいちゃん、もしこのまま天使の涙を使い皆を元に戻したとしても、その命まで戻ることはないのだと。そうだね。そう、すべては手遅れだったのです。私は皆を救うことができなかった。それから私は天使の涙を使うこともできず、かといってこの地を離れることもできず、
家の中に、はい、入れておけば劣化しなかった可能性がね、本当だよね。こう風化しないようにしておけばというその起点ね、大先般かませるかもしれない。彼らと共にずっとこの町で暮らしているのです。石には触れたのにね、動かさないっていう、壊れるかもしれないから触れてはいたのにね、何回か。さて、そろそろかの。何がわえ、どうしたの聖なる光がオーラが、これオラたちにもオーラが見えてる。オラたちも念能力が使えるのかもしれない。やはり美しい女性だ。一日の中の本来の時、彼らは光を放つわずかな記憶を宿した美しい光を、彼らはその光に触れて、私はその光に触れて彼らの記憶をどんどん見るうちにこう思いになりました。もしかすると彼らは一時だったことも知らずに幸せな記憶だから生き続けるのかもしれない。なるほどな。ニュラゴ行を習得。いや、まあ覚えたんで絶対。いや、見えたもん。オラにオーラ見えたもんな。だとするならば彼らにとっては犬のままでいた方が幸せなのかもしれないって。なるほどね。朽ち果てちゃってさせちゃったら一回出しちゃって生身になって、でもそれが命のない体になっちゃったらそういうのもないかもしれないって思っちゃったみたいなね。いや、そうだね。ですがそれも今日までのことを皆さんに全て打ち明けたおかげで今ようやく決心がつきました。この残酷な呪いから人々は解き放たれるべきなのです。覚める夢など悪夢と変わりない。旅の方よ、これはきっと何かのご縁に違いありません。そうでしょうな。私と共に天使の涙を使い人々の、石棺の呪いから解放する手助けをしてくださいましたが、いいえって言いたいけどな、いいえとか言いたいけど、まあそうだね、わかりましょう。やりましょうか。ありがとうございます。このご恩は忘れませんぞ。あなための方、これをあなたが持っていってくだされば私の決心が鈍らずに済みます。瓶かわいい。天使の涙の可愛くない？このデザインかわいい。夜も更けてきました。今日のところはひとまず宿屋でお休めてください。明日の朝、町を望む高台にてあなた方をお持ち、高台へは町の西にある木の近くに隠された秘密の階段から向かうことができましょう。それと、もし人々の記憶が気になるようでしたら今夜で見ておくと良いでしょう。記憶の光はそう長い時間は宿っていませんの。灯っていませんのでな。それでは。さ、何十年ほったらかしにされてる宿屋か知らないけどさ、汚れてるくない？寝具。石像に灯る記憶の光ね。街の人のことが分かるだろうし、数枚見といてもいいかもね。なるほどね。そしたら話を聞きに行くか。走れ。美しい女性から聞こうか。美しい女性が石と化している。いや、これね、原作もこういう感じで見るんだよね。過去の記憶みたいなの。あ、ミリ、遅いな。あ、やっぱり妻なのかもしれない。ごめん、遅くなったね。それはいいけど、それでどうするのか決めたの？ああ、やっぱり、カンナジには今年も僕が行こうって決めた。そんな、今、外には魔物がいるのよ。あなたに、もしものことがあったら。だからこそだよ。自分たちじゃ野菜も作れないこんな貧しい町だから、どんなに危険でもどうせ誰かが買い出しに行かなくちゃならないんだ。だったら、他の人間より少しでも高い僕が生きるべきだ。違うかい？フレマーン！それはよくわかるけど、それにもう一つ決めたんだ。この買い出しが済んだら、僕たちの結婚を町のみんなに報告しよう。どうだい？お前！なんで死亡フラグを立ててしまうんだい！フレマーン！そのことは嬉しいわ。だけど、あんた今死亡フラグ立てたよね！
よし、そうと決まれば僕のことは心配はいらない。必ず無事に戻ってくる。お前やらかしてるぞ。分かったわ。とにかく気をつけて。うわ、乗り気じゃないね、ミリーちゃん。でしょうね。雨乞いの頃には戻ってくるよ。それじゃあ行ってくる。奥さんになる予定だった人だったんで、恋人クレマン、無事に戻ってね。やっぱ暗いな、ドラゴンクエスト7。暗い。相手に制御するタイプの死亡フラグね。ほんまよ。悲しい悲しい。あのおじいさんにはミリーさんっていう子役さんがいたのね。愛する人を助けたくても助けられない、そんなやりきれない思いでおじいちゃんはずっとここでずっとかわいそう。おい、キーホンは何もなしか、お前。なんとも思わなかったのか、お前。今の聞いてよ。話しかけど何も言わねえ、マリベルしか。女の子行きます。これは結構大事な話になるだろうから見ておきます。出た。さっき調べたかったやつ。石に文字書けるってすごない？ヨゼフ。よし、あとはこのことをメモして本の間に挟んでるが完璧だな。あまりにも用途すぎなかった、今。落書きなんてしてるいけないんだ。バカ、大きい声出しなよ。だっていけないんだよ、落書きしちゃ。いいんだよ、これは目印なんだから。そうだ、それよりさ、またすごいの発見したんだ。今度のは前のよりもすっごいぜ。前のってあの秘密記事のこと？そうさ、もうあんなの問題じゃないくらいすごい大発見なんだ。明日教えてやるから、雨乞いの時にうちにおマセガキだな。おマセガキじゃねえか。雨乞いの時うちに来いよ。斉藤さんだぞ。マセガキじゃねえか。遅れたら責任基地に行ってるぞ。おい、ヨゼフ。わかった。よし、じゃあまた明日な、とにかく送る。ヨゼフ結構なんかオラオラ系だね。はい、積極的じゃないか、ヨゼフ。うちに来いよ。まあ、違うんだけどさ。汚れた心で見るとそう見えてしまうのか。次行きましょう。神父さん。行くぞーい。あれ、ミリーさんじゃない？つれい、珍しいですわ。ミリーさんがこのような時、そのような自分？なんていうの？なんて読むの？なんて読むの？このような時分？このような自分？時間？何？自分って読むの？ありがとう。このような自分に祈りに来られるのは、ある人の旅の無事を祈りに参る。こんなことやってたっけ？ミニーさんとなんだっけ、忘れちゃった。サイモンじゃなくてなんだっけ。名前忘れちゃった。おじいちゃんの名前。もう関係分かっちゃうくない？クレマンだった。神父さん、あっさー、マジで記憶。神父さんの記憶、自分の記憶じゃなくない？ミニーさんの記憶やん。けど。次ね。若い女性。あれ、ミニーさんじゃない？あれ、違うわ。あら、クレマンさん、今から話ですか？いつも通り食料とこの店に持てる限りの水を買ってくるつもりです。そうですわね。もう何年も雨乞いで雨が降ったことなどありませんからね。なーに、神様は私たちを水やりはしませんよ。今年こそきっと土砂降りになりますぞ。わはははは。そうです、いいですわね。さて、ではそろそろ、私も雨乞いの頃には戻りますので。外には魔物が出始めていると聞きます。どうぞお気をつけて。わかりました。行ってまいります。なんかクレマンさんとミリーさんのお話に関係する記憶が関連する記憶か。明らかにここ行きますよね。はい。後で。
女性ね。おい、美しいとか若い女性とか家をする女性にしやがって。かわいそうに。料理が上手な女性です。おかしいわね。どこに行っちゃったのかしらね。おばちゃん、ヨゼフ君いる？あら、レナちゃん。レナちゃんって言うんだ。それがね、私も探してるんだけど、どこでもいないのよ。今日は雨乞いの日だから、家に行って手伝いしなさいってあれほど言ったのに。あ、そうだ、もしかしたら。あら、ひょっとしてあの子がどこにいるか思いついたの？知らないよ。とにかくどこかであの子に会ったら家に帰るように伝えてくれる？分かった、伝えておくね。いや、喉が死ぬかと思った、今。やりきったぞ、私は今。喉が死ぬかと思った。よし、あと2人かな。中年の男、男性だって。バーか何かの人だよね、きっと。ねえ、お父さん、一つ教えてくれる？後部敬吾か。俺には分かること、俺に分かることだな。この町って昔はどういう町だったかお父さん知ってる？この町がどういう町だったかさあ聞いたことねえな。なあマスター、あんたなら、マスターおったんかい。マスターおったん？マスターいねえなと思ったけど、マスターめっちゃ壁と、てかなんか風景と同化しとったわ。あんたなら何か知らないかい？この町の昔のことをよ。私も一人行けただけですが、何でもこの辺りには以前は神地。この辺りは以前神地だったんだ。そうなんだ。それで一度町が滅びて私たちの先祖がここに集まってまた町を作ったそうなんだ。とにかくそのわけでも時々地面の下から昔の道具が出ることがある。そうなの？だってしかし何だってそんなことに興味があるんだ。ただなんとなく気になっただけ。変なガキってな。おい、自分の子供にガキとか言うなよ。一体誰に言ったんだか。お前だろ。誰かにだけは似なきゃいいんですけどねって。おい、チクチク言葉やめろ、マスター。チクチクかよ。おい、マスター、今なんか言ったか？思ったけど。いい、私は何も。なんだこのお父さん。ヨセフの父ちゃん、ろくでもなくない？じゃあお父さん、僕もう遊びに行くね。そろそろ雨乞いが始む頃だから、あまりちょろちょろしてるんじゃないぞ。このマスターいねえなと思ったらいたわ。いる。よし、これ最後かな。これヨゼフのパパじゃん。これヨゼフパパやないかい。おお、やってる。全く毎年ご苦労こった。あんなくだらねえおまじないでどうして雨が降るんだっての。なんかちょっとお父ちゃんあれだね。雨だ、すげえ、本当に降ってきやがった。しかしなんだこの雨、やけに濁ってやがる。なんだ体がなんかさ、石化する系のさことってあるよね。水降ってきたりとかして、なんだこりゃ。冗談じゃねえ。体が石になんか音がすごいリアルだね。おっかヨゼフ。奥さんのことおっかっていうタイプの方？それとも自分の本当にマミーのおばあちゃんがいたってこと？自分のマミーってこと？どっち？わからへんな。じゃあ多分話しかけたと思いますので、ここ気になるよね。早く行きたいな。ダメだったわ。まだ行けない。宿屋で勝手に休ませていただきましょう。寝まーす。そっか、このイベントがあったから勝手に寝れなかったんだね。ちょっといつまで寝てるのよ。もうとっくに朝よ。寝ぼすけさんなのよ、ユラゴンは。朝って子はいつも起きるのが遅いんだから。なんかいいよね、この幼馴染っていう感じがして、この会話が。私ね、ずっと考えてたの。石にされて何十年もそのままって一体どんな気持ちなんだろうって。きっと怖くて辛かったと思う。でも何よりあの人たちは悔しかったんじゃないかな。普通の暮らしを望んだだけなのに、どうして自分たちがこんな目に遭わなきゃいけないんだって。
だからみんな光を灯すの。懸命に生きていた頃の思い出をせめて誰かに見てほしくて。ただの想像だけどね。ともかく町の人たちを早いとこ石の呪いから解放してあげましょう。おじいちゃんがいる高台へは町の西にある木の近くに隠された秘密の階段から行くんだったわね。さあ行くわよ。はーい。まあ原作ってか、まあオリジナルにはこういうマリベルの気持ちの描写とかはまあなかったかな。ユラゴン準備はできてるよな。もともとしたら俺たちまで決心が鈍ってきてるってクリマスで思われちまうぞ。はーい。なんかキーバはこういう時はなんかお前のなんかさ気持ち明るくなるんだ。ずっと夜じゃないんだねここ。いや読まなくてよいんかい。はい。キーファはこういう時はなんかかわいそうだなとか別にそういうこと言わんのやな。もともとなんだっけ、戦地だったからっていう話だったから、こういうなんか地下室みたいなのがあるんだろうねきっと。普通におじいちゃんここで住んでんのかな。めっちゃ立派じゃない？地下こんな広い地下室あったらよくない？地下空間ねえ。なんかマップこれで固定か？あれ？ん？ホッチドッグもあったよな。あれ？なかったっけ？ありますよね。はい、ありましたよね。ですよね。よいしょ。ブーメラン。いらないね。なんていうんだ。ダウンロードコンテンツのやつがあるから、秘密基地その2と書かれている。ここが秘密基地その2なの？この1は違うの？ヨゼフでもこんなよう見つけたよな。あんなちっちゃい子供がさ、こんな地下空間の入り口見つけるなんてすごいよね。よほど毎日地面をよく見てたんだろうな。ました。おじいちゃん。おお、旅のお方、お待ちしておりましたぞ。いや悲しいよな。でもここの話普通にいよいよこの時が来ました。50年前のあの日から今日まで、まるで永遠のような時間でした。石と化し覚めない夢の中に閉じ込められた彼らもきっと同じ思いだったことでしょう。旅のお方よ、お願いいたします。今こそ天使の涙で町の人々を解放してください。はい。どうもやっちまいます。そんなんでいいの？そんなんで触れる？それで全体にまぶせるぐらいの量あった？天使の涙振りまくの。いつか私の天命が尽きたその時、また彼らと会えるのならばね、その時を自らの不甲斐なさを心から謝りたい、そう思うばかりです。いきなりあら、これはこれはミレイさん。ミリー。ミリーか。ミリー、君なのか。くー。はあ、愛しいミリー、待っていてくれ。私もすぐに。スーパーおじいちゃんだからな。80何歳ぐらいなのかな、70何歳ぐらいなのかな。いやいや、ありえないでしょ、ありえないでしょ。急にどうしたん？あれ？
なんとあの子はまさか。まさか。おじいちゃん機敏。とてもおじいちゃんとは思えないほどの足さばき。あの子、あの男の子どっからあれたのってそれどころじゃないわよね。私たちも行くよ、ヌラゴン。かわいい。びっくりしてるベルベルかわいい。このボイス欲しい。かわいい。あ、降りられる。いや、ありがたい。いや、ちょっとさ、これ、ここはいいですね。昔はね、飛び降りなかったんだよね。ずっと回って戻らなきゃいけなかったから、飛び降りなかった気がするんだよな。飛び降りれたらいいのになって思ってたんよね。おうちゃんやね。いいよね。よし。ねえ、おじいちゃんは誰？マジかい？僕の名前はヨゼフ。ねえ、おじいちゃん、どこかで町のみんなを見なかった？これさ、ちょっと話もちょっと聞くか。おかしいな。さっきまで雨乞いの大人たちがワイワイ盛り上がってたのに。なんでだろうね。おお、その声、その姿、確かに覚えがあるぞ。はい。確か酔いどれ起源のせがれ、名はヨゼフと言ったか。うん、そうだよ。そうだよ。お前、一体今までどこにおったんじゃ？地下の秘密基地だよ。基地だよ。地下。そうか。それで今まで風にさらされず、姿は無事のままで。やっぱお家にみんな入れてあげたらワンチャンあったんじゃねえかと思うよな。大変かもしれないけど。旅のお方、奇跡だ。町はまだ死んでなどおらんかったのだ。蘇ってきた戦士たちよ。これもあなた方のおかげじゃ。あなた方がこの町を訪ね、私を助けてくださったから、はい、心から礼を言わせてくだされ。この年より今日ほど嬉しい日はありませんぞ。はい。とはいえ、この子はまだ身の回りで何が起こったのかを知りません。かわいそうだよね。まずはこの子に全てを打ち明け、それから町の人々を改めて弔うことにいたしましょう。はい。新しい希望を手にするクレマンの顔はみるみるうちに正気を取り戻した。正気ですか？他にいても、そうだよね。いや、そうなんだよ、デルタさん。マジそう。町の人は今はもういない。ヨゼフもやがてそのことを真実と受け止め始めた。そうなの。正気か。正気ですか？クレマンは自分がヨゼフを引き取りたいと申し出た。ヨゼフもすぐにクレマンと打ち解けたようだった。夜が明けた。でもさ、これまったく皆さんには何と礼を言ってよいやら、言葉が見当たりませんな。皆さんが行かれたら、私たちも後からすぐに旅に出ようと思って。あ、旅出るんだ。そして呪いの雨という存在を知らずに生きる者にその恐怖を伝えて歩くのです。それによって尊い命が一つでも救われるなら、私の人生にも意味があったと思えましょう。この地に人はいなくなりますが、町の命とは住む場所を守ることではありません。私とヨゼフが生きていれば、同じように町の命も生き続けるのだと思うのです。はい、その通りですね。そう、いくつか謎があって、そう言ってる通り、直接当たってなくてもこの雨が降った場所にその石化の呪いっていうのがそもそもかかるんだねっていう疑問があるのと、もちろんその天使のなんだっけ、涙なんだっけ、
精霊涙だっけ、あったじゃん、振りかけたやつ。もうそのかけたら別に直接当たってなくっても貫通して影響あるんじゃっていう謎ねとかあるし、もちろんヨゼフが地下に行って風化しなかったって言ってたからお家に入れたりとかできなかったのかなみたいなことも思うし、そもそもだけどあんま大きい村じゃないじゃん正直さ。ここってもうちょっと人が、描かれてないだけでいる体なのかもしれないけどさ、あんまり大きくないからさ、石像の数数えた時にさ、あれそういえばヨゼフいなくねってなって、ヨゼフどこ行っちゃったんだろうってならなかったのかなみたいな。いやもちろんそれどころじゃないぐらいのメンタリティだったのかもしれないし、すぐにこの人たちを直すために旅に出たって言ってるからそれどころじゃなかったのかもしれないけど、なんかもうちょっとクレマンできたんじゃねって思うんだけどね。いろいろと思うところはあるんだけどね。ここは結構でもなんか基本的にはだからドラゴンクエス7が大気的なあれなのかな。いやもう呪いというもうその存在なんじゃない。あざーすあざすあざす。なんかねどうなんだろうね。そうドラゴンクエス7がそのうつ展開で話が暗いっていうのはこういうことなんだよね。基本的にはもう過去行ったら明るい話ってないから、基本暗くてで解決してよかったねみたいな流れが基本だから。でこれが今これはカットされてるところがたくさんあるけど、もう昔はそのほぼほぼそうでいっぱいあったよねみたいなことよ。アイアラックでも現代戻ったらどうなるんだろう。移民の村っていうのがあったんだけど、このシステムも多分今回はないから、ダイアラックがどういう風な街になってるのかになります。すぐ近くだね、下のとこ。ちっちゃいね島が増えてるでしょ。ちょっと現れた島すぐ行ってみるか。ほい。もうすぐ下。すぐそこ。タンクス。スイーン。島なだけだ。おやおや。ほら行け。ほら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 。いいね。やべえ、オーラたち強くなっちまってるよ。でも全体の魔法攻撃とかやられると結構ダメージ食らう。20ぐらい普通に食らう。ここはさっきのダイヤラックのとこだ。名もなき島。なんもないんだ。マジ？全くなんもないんだ。マジか。小さな小屋ぐらいはあるかなと思ったのになんもないわ。マジか。マジか。いいけど呪いという事象な気がするな。あれはな、直接かかってなくても呪われると。さてどうしよっかな。漢字全然進めたいんだけどどうしようかな。はい。セーブしてと。セーブして。ちょっと次の島どこかだけ行ってみよっかな。全部クリアするかはちょっと私の気分次第。はい。
なんか認められてる。見直したぞ。あらはーい、家に戻ってよ。だからマミー帰ったじゃないか。だから大きい時帰るんだよ私は。ねにね、無料だからね実家は。5時間やって、でも島2つか。こんな感じだね。まあ焦らずともどんどんやっていく予定なので。いやキリはいいよな。でもな、めちゃくちゃキリはいい。次のさ場所がさどこだかだけちょっともう一回見るわ。ちょっとあれ間違ってるこれ。あごめん嘘ついた。伝言言っちゃった。間違って違うところの石板来ちゃった。違う。ようナイスようナイス。どこなんだろう。フォーリッシュじゃないかな。これちょっと違うかな。でも順番的には私あれのとこじゃないかなと思ったんだけどな。これ違うっけ。あれか。でもそんな形だったっけな。気になるからちょっと行ってみよう。ピンポンダッシュ石板入っても帰ってくるみたいな。あ、オルフィーか。あ、じゃあ了解です。間違えました。私が思ったことが。いやだよね。いやそう。いやフォーリスだと思ったけど地形。でも実質は早いよなと思ったんよな。ファイミスライムだ。いやあまりにも強い。あまりにも強いよ。えへん。お、ひよこ王子になった。もう職業全部熟練しちゃうぞ。ここはなんか自然が多そうだね。あとなんか最初から暗い雰囲気ではないね。おおサメなりきりいいね。ちょっとあまりにも職業最初からついてるの強いかもな。ちなみにこの最初からこんな便利な職業っていうかその技とか覚えないからね。火炎切りぐらい本当に。オルフィー周辺。でも雷切りあれだね、あんま当たんないんだ。命中率低め。あ、そういう技があります。仲間呼んだ。あ、いいねファイミスライム。いいぞいいぞ。経験値でかいな。155経験値ちょっともらいすぎか。またつばらのを切ってしまったな。オルフィーってこんな感じだったっけ。あ、こんな感じかも。こんな感じかもしれません。なんか覚えてないな。悔しかった私。これ石板の地形見てここだなって分かりたかったのに。悔しい。めっちゃ悔しい。まあ村入るか。どうせ先に何かしたところで話が先に進められるわけじゃないと思う。入ります。あワンかわいい。ワンあら元気なワンちゃんね。随分と熱烈な歓迎なこと。それに引き換えこの街はちょっと変な感じがしない？動物しかいない。馬に牛に豚、街の中を動物がうろうろしてれば放し飼いが流行ってるのかしら。あ、考えてても仕方ないし、街の人たちに話を聞いてさあ行くよ、ニョロコン。はーい。わかった。ワンワン、
道塞がれた？道塞がれた。戻れなくなっちゃった。うわあ、おじいちゃんいる。おかしいよな。おかしいよな。今見たか？コンシールド。押し巻き。装備更新忘れちゃうな。装備更新忘れちゃうからさせとくわ。忘れがち、マジで。聖堂の盾は後で手に入りそうだけど、まあいいだろう。お金はもうね、本当に余るほどありますので。さあ、どうしてクックドゥルドゥなんで鶏が店やってるんだ？おかしいな。おじいちゃんとか人がいるのにな。おかしいな。お邪魔するぜ。オッケー、ここ50ゴールド。まあ、ここ2階とかあった気がするんだけど、1階しかないな。2階なかったっけが、ここって。うわ、覚えてないな。人がいる。話さない。言葉がわからないのか。こっちは豚さんが、ふごふごっつって、道塞いでる。牛さんいる。動物の言葉がオラわからないよ。あ、やばい。来ちゃった。やばい。先来ちゃった。やばい。ちょっと散策してから行きます。ワンちゃんがワンワン言っとるのかわいいね。寝てるね。おばさん？女性が寝てる。よいしょ。なんか気が立ってるんだよ、猫ちゃん。ないか。探索は勇者の心得。まず危険があるかもしれないから街を探索してから先へ進むんだぜ。こっちかな。ほっ元気だね。聞き側の話してる。で、こう話しかけても何言ってるか分かんないなって困ってる感じのね、ずっと。なんでこうなっちゃってんだろうね。私はオリジナル知ってるんで。なんでなんだろうね。なんでなんだ。うにゃうにゃうにゃにゃ。にゃにゃ。ここ。道具変えるみたい。あ、冷水変えるわ。もうなんでこうなっちゃってるの？何言ってるか分かるけど、多分休みますかとか聞かれてるやろな。多分宿屋なんで、ここ。とりあえず休まなくて大丈夫です。公募が並んでいる。豚さんがいる、また。ブヒブヒ。速やかに探索。速やかな探索。ないな。もういっぺんにやっとかないとね、絶対忘れんだよね。どこまで話しかけたかわからんみたいな。忘れちゃうんだろうな。だから先にやるのよな。おお！小さなメダルゲットだぜ。行くぞ。ワンちゃんいる、また。ワンちゃん。もうワンちゃん。おじいちゃん。どうする？何も話そうとしない。話そうとしないってどうなんだろうね。これ教会かな？パン！よし、じゃあさっきの
ところに行きましょう。こっちか。多分探索した全部。お願いします。馬の糞ばっかりだ。モンスターの繋がれてる。首輪がきつく縛ってくれそうだ。だが、しっかりと鍵がかかっていて、ニュラゴンたちには入りそうにもない。街は動物だらけで、子供が草に繋がれていて、一体何がどうなってるんだ。なあ、ニュラゴン、この街は何かがおかしいぜ。もう少し、この辺を調べてみないか。子供を鎖で繋ぐなんて信じられない。とにかくあの薬を外してあげなくちゃ何か方法があるはずよ。かわいそうに。かわいそうに。動物になった後は食べるもの変わるんだろうか。確かに変わるんですかね。どこで何やんだ。覚えてないな。おじいちゃんか。何食べてるんだろうね。草食べるのかな。これ悲しいモードになったらこの音楽流れてるよな。どこだろちょっと。ねえ、ニュラゴン。街の人はずっとだんまりで、動物はみんな様子が変よ。一体この街に何が起きてるの。もう訳が分からなすぎて私頭が爆発ドッカン。マルベリー賛成だ。ニュラゴン、俺もさすがに疲れちまったよ。それに外に出るにはもう夜も遅い。この街でも宿屋があるみたいです。あそこで少し休めてもらおうぜ。オッケー。なるほどね。別に何か探索するときだけ寝ろってことか。寝ます。お借りします。意思の疎通ができてるじゃないか。寝かせてくださいって言っていいよって言われてるやん。びっくりした。どうしたどうした。ちょっと、なんなのよ、今の声は。いいね、ゆうきさん。わからん。でも何かが起きてるのは間違いない。間違いない。町の人が心配だ。様子を見に行こうぜ。はい。私は動物の方が心配。今のって動物の声かしら。何せよ卵じゃなさそうね。よし、行くぞ。あら、何よ。ちゃんと宿屋の店主がいるじゃない。今までどこに隠れてたのかしら。確かに。旅の方、教えてください。私は今何に見えますか。ちゃんと人間ですか。あれなんで。何に見えるって、人間にしか見えないけど。あれなんで。本当ですか。やった。なんか変だよこの話。元に戻。嘘だろ。人が牛になった。そうなんだ。嘘でも何でもないんだよ。この町には呪いがかけられているのさ。人が動物に、動物が人間になる呪いが。この人の声もよく聞くよね。あんたらが村に来てから何かが起こる予感がしていてね。そしたら案の定人間に戻れたんだ。うわマジか。だけどあんたらも見たね。この時間はそんなに長くないらしい。すぐにまた動物になっちまうだろう。マジか。結構ショック。通りすがりのあんたらを厄介ごとに巻き込んで悪いね。だけど他に頼れる人はいないんだ。忌々しい呪いの元凶を突き止めて、あたしらを、オルフィーの町をどうか救っておくれ。はい。呪いが始まった日に何があったか知ってる人は町の中にいる。ブヒーブヒやっぱりか。ブヒー先に言っちゃった。ごめん。人と動物が逆転する呪い。俺たちはまた
とんでもないことに巻き込まれてしまったみたいだな。絶対コナン君体質だって、あんたたちが行ったところがみんな呪われちゃうのよ。わかる？もうこんなの目の前にして放っておけるわけないじゃない。コナン君体質や。こうなったらとっとと呪いの元凶を突き止めるのよ。まずは町の人に話を聞いてみましょう。でも僕子供だからわかんないやのやつですね。わかんないや。おっす。ということなんだけど、いや、まあ、私、や分かってたけど、ブヒブヒ。うわー、マジかー。そうなんだ。わしは人参は嫌いだと言うのに、食うものが何もなくて朝から晩まで人参もうたくさんじゃ。おい、よくもっと言うことあっただろ。なるほどね。まあ、あんたたちどっから来たの？この町は子供の行っていいところじゃないんだ。今すぐに町を出ないと。牛さんね。子供がいる。猫かな？こんにちは、ご挨拶は大きな声で元気。あとはね、私、人気に戻りたら助けて、おじいちゃんたち。にゃんこかな？あ、ワンちゃんだ。おや、もぐもぐ。またすぐに動物になるから今のうちに美味しい料理をお腹で食べておきたいのよ。でも娘には言わないでね。こんなとこ娘に見られたら示しがつかなくなっちゃうわ。かわいそう。子供にはご飯食べさせてないの？どういうこと？どういうことや。でこれはさっきの おじいちゃんだけど馬さんだよと。なるほどね。そのまま話しかけなければ馬のままで荒れたのかこの子。話しかけてあげなきゃよかったな。しくった。私が話しかけちゃったからお馬さん人間に戻っちゃった。話しかけなかったらよかったんだ。この子もそうだ。あ、この子はいいのか。おや、あんたらは旅の人だね。町のために高てくるありがたいが、西の神の山には気をつけるんだよ。神の山なんていうのは名ばかりで恐ろしい魔物どものすべてだから力になれずもすまんな。ありがとう、力を振り絞って喋ってくれて。いやー、マジかー。神父さん。人でね、いられる時間わずか、かくなる上はいつものお祈りを短に目にしても街を当たる前。へい、神のしもべ、へい、神のしもべ、教会に妖怪？あ、ダメですか？神よおもろいやん。おもろいやつやん、こいつ。おもろいやん。戻してあげなきゃよかったかな。あの人分かる人なんだ。ちょっと待って。いや、話しかけない方がいいかな。あら、あなた生きてればね、もしかして私の呪いを解きに来た白馬の王子様なんじゃない？やっぱりね、もちろん、呪いを解く方法といえばただ一つ。それは、王子様の熱いキャー。まあ、キッズとでも言いたいのか、そんなわけないだろ。うにゃにゃ。僕はまだお酒を飲むことも好きなこと、デートもしたこともないのに、このままドボとして生きるなんてそんなことは耐えられない。誰か助けてー。動物の方がモテるかもよ。いや、猫ちゃんかわいそうだから話しかけないよ。あげようかな。かわいそうだからやめとこう。守る仕事してあげよう。かわいそう。あれこんなに人が。あれうひひん。さ、お願いなんだけど、僕が猫になっても顎の下撫でないで、めちゃくちゃくじゅぐったいからさ。撫でちゃおう。撫でちゃいたいな、そういうこと言われると。そういうこと言われるとやりたくなっちゃうよね。この辺。ね説明する時間はないわ。私たちがこの街を救ってあげるから何でもいいの知ることを教えて。
そういうことなら少し長くなりますが、街に伝わる白い狼の伝説からお話ししましょう。長くなったらあんた戻っちゃうじゃん、動物に。昔々、一匹の凶悪な守り、オルフィーのマスが襲った時のこと、私の守り神たちが現れたと言います。それこそが伝説の白い狼。彼らは力を合わせて凶悪な守りに戦いを挑んだのです。激しい戦いは3日3晩続き、最後は神の山にある魔封じの洞窟に魔物を封じ込め村は救われました。しかし生き残ったのはお腹に子供を身ごもったメスの白い狼1匹だけでした。伝説ではこのメス狼も子を産んですぐに命を落としたとか、これが白い狼伝説です。あーダメだ、もう時間がないみたいで結構喋って、あんたナイストライ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 、めっちゃ頑張ってめっちゃ喋ってるやん。ナイストライ。はい、ありがとう。ナイストライナイストライ。この子も話しかけないわけよ。あ、いいのかこの喋って。あ、ダメだ、もう話しかけた子だったわ。おろろ、首輪の鍵は誰が持ってるんだっけか。いやね、何日か前から大怪我をした白い狼の子を町の人が交代で看病してたんだ。でもその最中に人間の動物が逆転してないですねった狼の首輪を外してやれなくなっちゃってね。呪いが解けて納屋に来たはいいが、誰が鍵を持っているか分からなくて困り果てていたんだよ。確か商人さんか町の若いのか、あの娘さんに渡したか思ったか。困ったな。なんでそんなことで一人で管理しろよ。ややこしくしやがって。ああ、頭の方、このあれのおいよくぞ参られました。もうお気づきと思いますが、我が町を恐ろしき、最悪の渦中にあるのです。人間と動物の姿がいて呪いにわしが幼れてから幾年月、このような複雑怪奇、危機快快な事件はもちろん初めてのことでして。おっと失礼、話が長くなりましたな。ではお教えしましょう。このオルフィーの町で何が起きているか。それはおじいちゃんはちょっとおじいちゃんはこれはバットやね、バット。ワンちゃんワンちゃんはすごいワンちゃんだねずっとワンちゃん寝てるね。起こしちゃおうかなワンちゃんだったんだね。納屋に子供が連れ、そんなことするわけないじゃない。この家の納屋に一緒にワンちゃんならいたけど、あれ私人間に戻ってる。あら気が立ってるな、やっぱり。いやー、バットやね、村長さん。もしかすると最近この町で現れた狼たちが何か関係してるかもしれません。あれはつい先日のこと、2匹の狼が町に現れたそうなんだ。そのうち1匹はまだ子供でした。しかもその子供は怪我をしていて、大人の狼がこの子を治してくれと助けを求めてやってきたようなんです。私たちはこの狼たちこそ伝説に聞く土地の守り神に力ないと代わり番号で看病しました。あの恐ろしい事件が起こったのはそれからほどなくしてのことでした。どうやら私の言うにこれまで鍵あんたじゃないのじゃなかったみたい。はい。よく晴れた昼下がりのことでした。突然西の空がピカッと光り、一匹の恐ろしい魔物が現れたのです。魔物は怪しげな自分を唱えました。すると私は気を失い、気がついた時には人間と動物の姿が逆転したのです。魔物が来た西の方角には神の山があります。ひょっとするとあそこで大変なことが起きているのかもしれません。時間かかりません。どうか最後に私の願いを聞いてください。聞いてください、私の願いいい曲吟じます。ご存知かもしれませんが、町の納屋に狼の子が散らかっているはずです。この鍵で首を外してやってください。どうしてか持つんだ。なんか人間の姿になってご飯食べてたんだね。怪我の熱にうなされて暴れるものだから子育ての首をはめていますよ。まさかこの子になるとは。私はもう動物で持てる。どうか食べますよ。わかりました。うひー。はい、わかりました。よし、首輪外しに行くぞ。本当に白い狼さんなの？今見えない。ごめんね、苦し
しかったよね。大丈夫だからじっとしててちょうおーだい。さあほら、首輪の鍵を。はーい。ちょっと外した。お、いなくなった。あ、いなくなってない。あ、おう。おーあ、狼が人間になった。やっぱりこの子にも呪いがかかっているみたいだな。怖がらないで。私たちは味方よ。あんたやこの町の人たちを助けたいの。かわいいな。かわいい。ぐる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 。呪いをかけた魔物のことを知ってるでしょ。お願い、そいつのところに連れて行って。私たちがきっと懲らしめてあげるから。大丈夫。私たちこう見えても結構強いのよ。あ、これはガチです。結構強いっす。お、行っちまった。四足歩行なんだねあ。いつマリベルが言ったことちゃんと分かったのかな。あんまり自信ない。でも今はあの子を信じるしかないわ。うん。とりあえず後を追ってみましょうよ。よし、あいつマリベルが分かったのかな。あのね、ここのね話かなりはしょられてて、そもそもだけど、あ、待って、イベンチュがガウ、かわいいじゃん。へえ、驚いた。あいつちゃんと分かってんじゃないか。狼ってすごい賢いんだな。うん、そうね。もしかしたらあんたより賢いかもよ。あ、いいね、つくし言葉。さあ、ニュラゴン、あの子、無視か。そして反応は。魔物の住みかに連れて行くみたいな見ましたので、ついていきましょう。わかったわかった。わかったわかった。あのね、ここはね、わざわざ逆転して一瞬でも動物から人間、人間から動物に戻るなんてことはなかったわけ。だから何が起こったかっていうのは、動物の言葉が分かる人がいないと困るねみたいな感じだったわけで、私さね、先行プレイの時に言ってたんだけどさ、木こりのお家ねえじゃんって言ってたの。言ってたんですよ。木こりのお家なくなっちゃってるってことは、あそこの話どうなっちゃうのって言ってたのがここの話だったわけ。オルフィのね、町。そう、ここはその木こりのおじさんがいなかったら動物の話が聞けなくって、聞けることにならないから、どういう風に話展開していくんだろうって思ったっけ、そういう風に呪いが一瞬解けて町の人からお話聞くみたいな感じになったの。そうなんだみたいな。結構かなりもうすっごい1時間ぐらいは話縮んでるんじゃないかっていうぐらい話がすごくスムーズに進んでるのよね。ちなみにあの子は名前言わないけど、あの子に関してもなんかなんて言ったらいいんだろう、動物だから狼から人間になってなかった気がするんだよね。後でなんかなってたような気がするけど、今の段階で狼の姿こうだったんだみたいな感じじゃなかったと思うんだよね。エコモード倒しよっかな。後でいっか。だからさ、マジかみたいな気持ちなわけよ。かなり話違う、本当にびっくりするどっちが。なんか鳥のおじさんにさ、お、待って、コーラルレイン覚えちゃった。職業なんか上がって、あららららららら、強くなっちまったか、もしかして私。やばい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 、間違った。石食った。そうだから鳥のおじさんに会いに行かなきゃいけないから、オリジナルではさ、だから過去と未来、まあ過去とかその石板の世界してなんか現代みたいな感じで行き来とか結構あったんだよね。今んとこ行き来全くないじゃん。いや簡単になってて、いやこういう簡単さは別に悪くはないけど、分かっちゃう。マジかっていう気持ちなわけ。とにかくそうなんだっていう、そうなるんだ、いいんだっていうね。いやいいけどいいんだけど、いまいちなんだ。びっくりした展開が。
そうなんだっていう話で。やばい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 。ゲロゲロ。まずい。やばい。まずい。やばい。強よ。1000ゴールド失ったんだけど。おい、お金失ったんだけど。嘘。おい、マジかよ。嘘だろ。おい、急に死が訪れたんだが。おい、マジかよ。取られた分だけお金戻さなきゃ。1000ゴールドでかいぞ。許せねえよ、オラ。許せねえよ、そんなの。おい、そんなに強いのかい、あいつ。許せねえ。やっちまった。やらかした。急に死ぬやん。マジかよ。いや、もうショッキングやで。うわー、負けたら1000ゴールドとかバッツリ持ってかれるんやな。一応なんかねえなとか思ってたんだけど、やっぱあんだな。さすがにあるか、やられた時はお金失うか。ああ、来てまで手に痛かったものではなかったな、どうもつる。まあさっき1000円も取られちゃったからいっか、別に。行くぜ。工事の洞窟。あー、なるほどね。あー、そっか。お、ガボいるやん。言っちゃった、名前。言っちゃった。聞かなかった。押して。うわー、ショッキング。いやー、やり直してもいいけどな、別に。でもまあ、いっか。セーブします。名前出てくさ。言っちまって、ずっと言わないで気をつけてたのに。めっちゃ気をつけたのに忘れて。いや、もうどうしてもさ、原作やってっから、オリジナルやってっからよ。ずーっと言わないで気をつけてるけど言っちゃったんだよ。マジでごめん。あー、もうダメか。強くなりすぎてる私。なってた。このヘビいるよね、やっぱり緑のヘビ。ほら、どうせ後で回復することを見越してガンガン行くぜ。作戦をガンガン行くほかね。ナイス。お、いやもうさ、職業熟練しまったからさ、早く転職させてほしい。こんなんいなかった。このいたかもしれないわ。いなかった気がしたけどいたかもしれない。うっす。1体で来てもね。うわ、マジショックやで。1000円痛いで。ほら、私がコツコツ貯めてたのに。はい、石板。うわ、ここの石板取りに行くのめっちゃ簡単になってるわ。すごい簡単になってる。簡単になってます。あれ、もう一つ部屋あるよな。よし、サックサクや、本当に。サクサクパネル、サクサク。ナイチュー。俺たちの勝ちだ。やばい。マルベルが意外と瀕死だった。びっくりした。鉄の槍。お、いいね、鉄の槍。鉄の槍いいかもしれんけど。悩むね。一体ずつ倒していくスタイルなんだ、これ。おもろ。全体とかじゃないんだ。おっつ、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 おっちゃっつ。あぶにゃい。ちゃ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 稲妻ギュレイ。ほら。あ、敵の強さは強くしてるので、さっきみたいな事故とかもあるな。よし。よし。あ、カニはなんか物理であんま効かない感じするよな。なんか強い。
や、マリベルがかなり優秀。かなり優秀。よし。うわっうわ、避けたかったのに。なんか1000円ぐらいすぐにたまるな、これ。ほらほらナイスー。よーし、ナイスナイス。オッケー、そういらないね。次々進むぞ。よし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 、逃げろ。よしよし。いやー、なんか私が思ってるマップと違うの。なんかあれ、そうだったっけか。楽勝。なんかちゃんとあったかもしれないわ、部屋が。で、どうなんでしょうか。では、なかったわ。なるほどね。うわ、マドハンドいる。あら、やべ、マドハンドと会う前にやっちまった。世界一の雫とかこんなところで手に入れていいのか。もっと後の道具だろう、それは。もっと後のアイテムじゃないのか。世界一の鳩いい。こんなところで手に入れられてたか。よーし。いくらその今もう強いような気がするかもしれないとはいえ、レベル上げはそこそこやっていかないと後で大変だと思うので、適宜やっていきたいと思う。ほら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 。よーし。ナイス。つんよ。キーフはちょっと瀕死ぐらいの方がいいんじゃないか。力が出て。あったわ、この部屋。あったあったあった。こんなとこになってんだ。闇討ちじゃあー、なるほどね。なんかちょっと地形違うけどちゃんとありました、持ってた場所。はい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 。サックサクや、本当に。ほい。あ、もうカエルも一撃だ。なんか思ってる敵いないな。なんか風船みたいなのに乗ってる鳥みたいなのいなかった。すげえ。ナイスナイス。あー、強い。サックサクサックサク。いいよ。戦闘が一瞬。いいね。いいよ。おー、待って。あちゃあちゃはて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 。闇討ちじゃ。気持ちいい。魔導士の魔導士の杖だと。装備変えるときマジまだ慣れてないんだよな。武器どうやってんだ。あ、こうか。魔導士の杖は、うわ、めっちゃ攻撃魔力上がるな。ちょっとこれつけちゃおう。よし。さてと、もうついちゃうんだけど、これいけんのかな。い
いや、魔力回復して意味あるかなあるかな、ないかもしれないけど、やっとくか。いやー、マリベルあんま意味ない気がするんだけど、まあいっか。お金あるし。よし。あうあうおお、ここね。ヨロゴンは生い茂るスターを払った。ここって言ってる。なんとマフアージの洞窟への秘密の入り口が現れた。ガウガウ入っていっちゃった。めちゃくちゃサクサクや。うわちょっと待って、回復あるやん。ないかと思ったから使ったのに。そのなんか女神像みたいなところに連れてったら治るんじゃね？かわいそう。かわいそうだ。やられてる。子供の狼なんだからね、この子。言葉がなくてもわかるわ。あんたたち家族なのね。あんたたちファミリーなのね。はい。うわ、アイテム使ったのに悲しいよ。レイラとは思ったんだよな。この先にあんたたちを傷つけた魔物がいるのね。あんたたち？私この先にいる魔物を絶対に許さないって決めたわ。さあ行くわよ。マリベルが温まってるな。いいよ、行こう。うわ、もったいなかったな、使ったのに。最悪。もうちょべりはなんかね、オルフィーなんか踏んだり蹴ったりじゃない？私最悪ね、使わなきゃよかった。でも昔とは地形が変わってるな、やっぱりな。変わってるね。あれ？あ、出ちゃう方か。ああ、なるほどね。かわいそう。そこでゆっくりしな。任せな。やばい、このまま終わるぞ、ここ。もう終わっちゃいます。また新たな客のお出ましか。ディスアミーゴ。愉快そうな名前。愉快そうなもうフォルム。この様子を見に来るとは。貴様らもあの白いチビの仲間に違いなかろう。一瞬久保田正史さんみたいになってたけど大丈夫そう？うそったれ。俺様をこんなところに封印した憎き白い狼たちめ。こんな薄汚い穴蔵に長い間封じ込めおって。恨みは必ず晴らしてやるわ。もうなんかこのさ、棺桶みたいなところにさ入る必要じゃないと思うんだけどな。どう入ってたんだろうね。もう本当にさ、ムキュってさなってたよね。絶対肩にさ、ずっとなんか石で出られなかったんじゃなくって、この石のさ、この肩にはまりすぎちゃってて出られなかっただけじゃないの？明らかに入らんやろ。すでにこの俺様が絶対はめてるよ。姿にしてくれた。そうなんだね。だが全ての白い狼を倒さねば腹の虫が収まらん。うまいね、そのま投げるの。一体どこにいる？内緒。あのチビが最後の一匹のはず。つまらん隠し立てするとただでは済まさんぞ。はい。やっぱりオルフィーを襲ったのも狼たちを傷つけたのも全部あんたの仕業ね。あんたね。ごちゃごちゃとやかましい。質問をしているのは俺様だ。マリベルって強気だよね。魔物の前でもさ、あんだけ単価切れるんだよ。あのチビの居所を教えぬつもりなら貴様ら全員ぶち殺してくれるわ。なんだっけ、チョコレートにしちゃえだっけ。あれなんだっけ、チョコレートになっちゃえだっけ。フォルムがさ、作戦全員を命令させるにして決定します。そんでもってもう一個作戦装備。あ、待って。あれ伏線決定。あれキーマからなってる？まあいいか。待って、これ
これもあれそうなのかな。出た、火炎切り抜群出ました。出ました出ました。カブト割りは守備下げるっていうからこれやろうかな。いいねいいねいいね、強い。ちょっと試したいことがあるからちょっと試してみてもいいですか。かない。いやマルーズでも効くんだ。そうなんだ。いまいちだけど効くんだ。ちょっと待って、メラやってみます。あ、簡単になってるよみんな。あんたたちこれ簡単になってるよ。マジか。いいの？いいんですか？いいの？それでマジだけどウォーターバトルしちゃうと、そんなことやっちゃったらもう私。ちょっと待って、でも作戦さ、もういいよ、ガンガン言っていいよ、もういい。私もう気が済んだからもういい。いやこれマジか。さ、いやマジか。いいけど、そっか、そうなんだね。装備。別の槍とかにしよっかな。伏線もういいから攻撃します。回復した方がいいかな。できるよね、魔法使えるよな。そうなんだね。なんか私が今ちょっと悲しい気持ちになっていることがあって、悲しい気持ちになってて、ここってさ、魔封じの洞窟って言ってたと思うんだよ。魔封じの洞窟って言ってるじゃん。だから魔法が通じられてるはずなわけですよ。つまりあんまり普通にこういう人がいいな。なんだけど普通に魔法使えてるやん。うわ、マリベルがやられちゃった。まずい。痛い。あら困ったね。マリベルやられちゃった。あ、やられてしまった。大変。液体乗せられないんだよな。助けて。大変。やられちゃうかも。そうだから魔封じの洞窟だから魔法が使えないはずなの。だけど魔法が使えてるの。そうなんだ。レスアミーゴやっつけました。マリベルに経験値があれない。ひよっこ王子マスターした。これしきでこの俺様を倒したなどと思わぬことだ。あれこれ再生あんのかな。こんなあっさり勝っていいのか。油断はしたが本番はこれから。さあお前たちも皆動物に姿を変えてやるわ。老人形にされるの。ガオーン。お？今の声は？はい、今の声は。あ。この小僧め何をする？そんなことでこの俺様を。お。体がしびれる。言うことを聞かん。効果は抜群だ。押し込め。明らかに入らんやろ。こんな真似ができるのは白い狼だけのはず。自分が白い狼を人間にしたんだよ。そうか。あの時町の人間と一緒に俺様の魔法で姿を。先般コケモノやろお前。自分でしでかしたことに気づかれた。俺様も間抜けなことよ。素直に自分の非を認められるのはいいかもしれない。おはようございます。どんぐりさんおはよう。この人の名前は先般コケモノです。よろしくお願いします。貴様は白い狼。あの時倒し損ねたチビだな。腕毛が結構すごいなんかモサモサしてる。貴様だけは許すものか。はい。この先ずっとそのままの醜い姿で暮らすがいい。いやー
わー。あ、いなくなっちゃった。もやもやになった。今よ、この石の蓋を閉めてもう一度こいつを封印するの。そういうことだったんだ。あ、なるほどね。あのままの質量ではなくって、もやもやの姿、もやもやだったんだ。この石の中で封印された時って。なるほどな。あの実は絶対ここに入らないと思っとったよな。もやもやだったんや。せーので力いっぱい押すのよ。どこせーので押すの、それの、せーのでので、どこどこので押せばいいのせーの今ね、オッケー。いいよ。絶対押せへんやろって。だってさ、マリベルとさ、自分だけだったらさ、あの石さえはさ、押せなかったんだよ。キーファがどんだけパワー持ってんだよ。キーファがめっちゃ、あのパワーのほとんどを担ってるだろ。これでもうあいつはしばらく出てこれないはずよね。天板こき下ろしなくなりましたね。お、喜んでる。かわいい。ガウかわいい。元に戻れないのにはしゃいじゃってさ。あんた本当にそれでいいの？あんた本当にそんな姿でいいの？かわいい。あんたがいいならいいけど、この恩はいつか私に返すのよ。嘘だろ。やっちゃってね。かわいいマリベル。やだかわいい。あらやだかわいい。です。アミーゴを倒したニャラゴンたちは呪いが解けているか確かめてるオルフィーの町に戻ることにした。お母さん、あんなに引いちゃったらお母さんに乗ってダメでしょうが。あんなに引いちゃったお母さんにまたがっちゃってダメでしょ。お母さん引いちゃったんだよ。もうすばしっこいまで一体どこに行ったのかしら。ねニャラゴン、私やっぱりあの子のやつが気になる。このまま放っては帰れない。まだ祭りどこかにいるとあの子を探ってみましょう。僕らを見捨てずに助けてくれてありがとう。ゆっくり休んでいってね。いいんだよ。わしは人参が嫌いだと言うのに、夢だからふい助かったわい。なんとわしが馬になっていて無理やり人参を食べさせられる嫌な夢を言っておったのじゃ。小さい頃から好き嫌い言ってた罰が当たったのかもしれんわな。いや参ったねこりゃ。これありがとうってありがとう。いいんだよ。もぐもぐ。また食ってるよ。あれやだ。見てらしたの？人間の料理があまりに美味しくて食べる手が止められないわ。この頃娘に見つかったら示しがつかなかったら見てると思うよ。しかもこの子はめっちゃありがとうって言って、あなたは挨拶なしね。お礼なしね。私が助けたのに。信じらんない。よかったね、お前さん。よーしよし、一目にあったわね。どう元の人が嬉しい？ブルブルヒヒー。嬉しそうですね。かわいい。わしゃわしゃしてる。かわいい。かわいい。のめり込んでるけど。かわいい。いや、マジで、早かった。30分ちょっとですね。一島、30分ちょっとで、ボスまで行って倒してます。今、正直。あと1時間ぐらいで、あと30分ぐらいで、6時間だな、配信とか思ってたの。で、今6時間8分なんですよ。だから30分ちょっとで、一島終わる。困ったな。でも私はこうお話のんびり聞いたりとかして回ってるから、はい。これをしなければもっと早かったかもしれない。もちろん。でもそれじゃ味ないからね、本当に。噛みまくってるガムみたいな感じ。かわいいね。はい。ブヒブヒ。どこに行っちゃったのかわかんないけど話聞くね。うひー。お迎えが近くなったそんなことないよ。ポリポリ、かゆいかゆい、飲みに食われちゃった。お風呂に入れない動物っていつも大変なんだな、ポリポリ。猫ちゃんだったからお風呂入れなかったってこと？猫ちゃんでもお風呂入ればよかったのにね。にゃんにゃにゃにゃんにゃ。
あなたが呪いを解いてくれたのね。待っていたわ。私の白馬の王子様。キャッ中で直せって言ってたからな、この人。やはい。かっこいい。そこにしびれる、憧れる。や夢を壊しておこう。いや、夢っていうのはね、壊してなんぼやからね、クズ。最悪のやつだ。いいよいいよ。はいはいはい。ははは。あたいの目はクリアがなかったよって。今たまたま休んでるだけだよ。あんたたちの宿屋しかないからたまたまですよ。見る目とかじゃなくてたまたまですよ。よいしょ。おじいちゃん。おお、旅のお方。よくぞ魔物を倒してくださいました。あやちは普通の人間なんではとても倒せないと思ってますから、あなた方はなんとマルベルは倒されてました。はい。しかし実を言えばあんな守りとって私にはまだ不思議に思うことがありましてな。神の山のあの封印の岩戸ですか？中から絶対に開けられるはずだとすれば、何者かが外から扉を開け魔物の封印を解いたという以外に答えは見つからんのです。なるほどね。あの魔物をも操るような別の存在があるのかもしれないか。あるのかないのか。乗り越し苦労であれば夜ですが。おじいちゃん鋭いね。ワンちゃんまだ寝てるね。ワンちゃん寝ちゃってかわいいね。母すっかり崩れてるな。どうだいベッドの居心地は。ワンちゃんすぎる悪。あまりにもワンちゃん。子供と狼さ、見てないわね。この家の納屋にそれワンちゃんならいたけど。嘘、あれって狼だったら。やだ怖い。今更だな。やだ怖い。だって大丈夫だ。問題ない。他ないるの。いるわ。そうかそうか。あうー、お世話になりました。もうこの子から聞いて、あなたたちがこの村を救ってくれた勇敢な旅人さんだね。そうだけどおじさん、この子の言葉がこれ要素あり。実はそうなんだ。でもね、変に思われるだけだから、町の人には秘密にしてたんだよ。この子は看病のお礼を言いにわざわざ来てくれたらしい。なんとも優しいいい子だね。かわいい。それにしても難儀なもんだ。呪いはみんな解けたはずなのに、この子は一生人間のままなんだってな。この姿たちは山に戻るのは無理だ。辛いだろうが、狼とは離れて人間として生きていけるならな。どうだい坊主。これからはこの町でおじさんと一緒に暮らすの。いなくなっちゃった。言っちまったか。突然生き方を変えるなんて慣れになって酷な話だよな。さてと旅人さんたち、改めて呪い解いてくれてありがとう。俺たちみんなこの恩は忘れないよ。じゃあ名前をオルフィーの町からニュラゴンの町にしてくれ。英雄の名前をつけるっていうのが親切なんじゃろ。いつもそうなんじゃろ。だからオラが優勝なんだから、オラの名前をつけてくれ。これからも旅を続ける。どうか体に気をつけて、またいつか町を訪ねてくれ。了解。木こり要素がここにありました。はい。あの子のことは心配だけど、これ以上できることはなさそうで、エサダ島に帰りましょうか。はい。あの子は白い狼というほんの子供で力は弱い。それに何より人間の世界は知らねえ。これから一人で一匹でどうやって生きてくるか。オラは心配だよ。面倒めそうだから、どっかだったらご飯食べてあげるでしょ。あんたは大丈夫だ。あんたらできるって酒井おばあちゃんも言ってた。あんたができるってね。酒井おばあちゃんが言ってた。帰ろう。バイバイ。みんな元気でね。バイバイ。終わりました。どうしたっけ。さっき負けて1000円ね、すっちゃったんだよね。見て、あれって狼こんなにいっぱいいたの？ガウン行く。もしかしてあんた一緒に来たいの？ガウ行く。みんなと一緒。なんとなくだけど、こいつも放っておけないんじゃないかな。家族を奪った魔物を解放した黒幕がどこかにいるんだからさ。
かわいい。決意は固いな。もちろん俺は賛成だ。みんなどう思う？賛成。この子なんて呼べばいいかしら。さっき名前呼んじゃったんだよな。シロちゃん。ちょっとひねってネルちゃん。ネルちょい。ゲレゲレってどう？ゲレゲレ。ゲレゲレ。ガボ。わかった。あんたガボって言うのね。さっき名前言っちゃったんだよ。ガボでこいす。つは心強いぜ。よろしくな、ガボ。ガボ可愛いよね。ガボちゃん。しっかり私を守るのよ。おお、スタイリッシュ。あ、服着てなかったんだ。そういう感じだったんだ。かわいい。あまりにもかわいいな、ガボ。いいね。顔がかわいい。え？あ、おお。伝説の白い狼だ。またこれオーラだな。行だな。オーラが乗ってる。そう、乗ってんのよ。おお。待って、泣いちゃう。泣いちゃう。行ってくるよってことか。狼連れてっちゃうの大丈夫そう？乗っていっちゃう大丈夫そう？お母さんなのかな？これ亡くなったのかな？こっちがお母さんなのかな？いい話だったな。猫魔同士倒せなかったけど、ガバが仲間に配り、口笛と宝の匂いをつくようになります。盗賊の花が宝の匂いってガバが使える特技みたいな感じになったんだ。全然話が違うじゃないか。ヒール上で、矢印の、右を押したら口笛を吹き、瞬時にモンスターを呼び寄せてバトルを開始できる。バトルができるモンスターはそのフィールド上に接触するモンスターのみ。なるほど。宝の匂いはその場で拾える。残りのアイテムの数を嗅ぎ当てる。アイテムの数、いいのか。そうだ、盗賊の花だもんね。残りのアイテムの数を嗅ぎ当てる。メニューのシステムある操作設定からショートカットコマンドで設定すると、なるほどね。これでも使えるということ。はあ。行きましょう。旅の仲間が一人増えたから、これからもちょっと楽ちんかもね。どこへって、まず新しくできた島に行くに決まってるでしょ。はーい。なんでお前が仕切るんだよ。ガボー、かわいいね。狼にちょっと乗ってるだ。自分で歩かないんじゃね？ウケる。乗っちゃうスタイルで。ヘイタクシースタイルでガボちゃん。自分では歩かない一歩もみたいな感じで。ちょっと待って。ちょっと待って。ガボを見ててください。ルック。注目。ヘイカーボーイスタイルかな？まるでカーボーイのように縄をくるくる回してるのをちょっと私が錯覚でしょうか？これは幻覚でしょうか？そう見えます。縄は絶対回ってるな、これ。やってんな、これは。さてと、いやー、どうしよっかな。ファインフェスティバルか。何時？もう4時びっくりした。終わるか、さすがに。4時になるので、6時間ぐらいで。また明日もやります。先に言っとく。釣り、ドラゴンクエストやるときはちょっとできないかもな。さすがにログインぐらいはやっておきます。はい、18名様ありがとうございます。ちょっと今日はこちらで終わろうかなと思いますが、また明日もこの続きをやっていきたいと思います。もしよかったらですね、フォローがまだの方はフォローですとかしていただけると嬉しいです。
アメちゃん舐めて、おのどの、触ってあげてね。ありがとうございます。そう、声がさ、終わってるよね。よーし。まあ、ガバも仲間だったんで、次回は、あ、ゆうさんありがとう。次回はね、オルフィーの街、現代でどうなってるのかっていうところを見ていきたいなって思います。時空連動とかもこんなにアップして入ってパーティー加入してくるんだ。本当は私お金5000円ぐらいあったんだなさっき盗まれちまった。やられちまって取られちまったからな。ガボのこの可愛いな、このビジュアル。ちょっと待って、サムネちょっと私がサムネ見れないけど可愛いな。おもろい。めっちゃおもろいわ。これ可愛くね？見れないか。ガボの装備整えたいな。ちょっと待って。やり方わかんない。なんで、わかんない。こうか。石の牙最初から持ってる。熱っ。熱っ。ガボ結構装備できるアイテム増えてる。おつにょら、ちょっと待って。待って。ちょっとまた今度にするわ。明日喋るわ。ごめん。ということでですね、明日もやりますが、皆様遅くまでどうもありがとうございました。名前を呼びます。いや、だいぶ進むの早いけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ジローさん。アメクマさん、ありがとうございます。もしよかったらフォローですとかお願いします。アートさん、デルタさん、どんぐりさん、アイフェイさん、イモジュッチューさん、アイリスさん、ありがとう。クブジャスさん、ありがとう。ミノルさん、抹茶さん、パン牧場さん、アドルさん、ユウさん。やっぱちょっと足りないな。イモジュッチューさん、ありがとうございました。そして、お疲れ様です。おやすみなさい、ミノルさん、ありがとう。デルタさんもお疲れさん、おつにゅらです。ドラゴン、またドラゴンさん。なんでどんぐりさん、おつにゅらです。ありがとうございます。ということで、また明日もやりたいなと思うので、よかったら見に来てください。今ちょっと、また違うゲームやった時の締めに、たっぷりやろうかなと思いますので、お楽しみに。ということで、深夜系スイートマルグッバイくんなセンキュー。皆さんまた明日遅くまで本当にありがとうございました。楽しかったです。My name is マッチョドラゴンマッチョどんぐりさんや、マッチョどんぐりさん。くむにゃんさんありがとう。元気でおやすみなさい。おやすみ。また明日。皆さんさようなら。したっけね。バイバーイ。おもろかったわ。